はい、どうもおはようございます。やつふさです。どうもおはようございます。もうすぐ11時ですね。第68回ファイナルファンタジー14の、プロデューサーレターライブ同時配信ということでね、ミラーリングが今回認められてるっていうお話はかなり周知されてるようで、僕は作業雑談の一環なんですけど、一応ね、ミラーしている感じですね。ただ、おそらく配信と実際の PLL のページとはラグが結構あると思うんですよ。だからどの程度の方が見るかは、始まります。おはようございます。おはようございます。第68回ファイナルファンタジー14プロデューサーレターライブをお送りいたします。Thank you very much for tuning in to Final Fantasy 14 letter from the producer live number 68。皆さんに自己紹介お願いします。コメントしとこう。コメントしてきます。おはようございます。皆さんおはようございます。そしてこんばんはな人も多いですね。ファイナルファンタジー14プロデューサー兼ディレクターの吉田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして本日進行を務めますコミュニティチームモルボルこと室内です。よろしくお願いします。My name is Toshio Murochi, also known as the Foxclone. You are global community producer here. いやー、室内さんが久しぶりで嬉しいですよ、個人的にね。はい、そして、本日はですね、本日の、プロデュ PLL も、日本語と英語のバイリンガル放送でお送りいたしますので、我らがあゆみさんがスクエニアメリカオフィスから入ってくださって、あゆみさんが今回ワイプじゃないとかね、同じ位置づけで出てますね。あゆみさんです。おはようございます。おはようございます。スクエアニックスアメリカの徳武あゆみです。通訳を務めさせていただきます。よろしくお願いします。Hello everyone, this is Amy from the Square Enix Los Angeles office. I'm going to be supporting for the translations. エンドウォーカーフットフォールが流れてますね。本日の、PLL はですね、このセットアップをご覧になった方もいるかと思いますが、吉田さんが話したことは、あゆみさんが通訳してくださいます。で、私が喋ることは僕の方も翻訳しながら進めていきますので、で、対して私からは大して重要な話は出ませんので、私のことを翻訳し忘れてるなっていうのはスルーしておきたいと思いますので、よろしくお願いします。そこは一応吉田さん注釈するんですね。あゆみさん will do 吉田さん voice in English and I will translate myself。はい、そして今日の PLL はですね、前半戦は、ファイナルファンタジー14の新たなる挑戦、次の10年に向けてということで、吉田さんからいろいろご説明いただきます。そして後半はですね、休憩挟みまして後半は、フォーラムで事前に募集しました、パッチ 6.0 をプレイしてみての、Q&A セッションをお送りしたいと思います。So today's letter live has two major parts, and the first half is the kind of presentation by producer director Naoki Yoshida, which is where we are going for next 10 years. ピノさんもね、おかりもおはようございます。イマジナリーを同時放送すな。いや、せっかくですからね、一応ね。ね。はい、ということで、始めてまいりたいと思います。一応ね、放送に声かぶらないように。こうなってる時は皆さんのコメントを見てる時なので、らしいですね。こういうシチュエーションすごい多いと思うんで、集中してないとか言われる。So you might see me turning my head sometimes when I'm speaking, but I am actively looking at the comments that なんか people are 横見て集中してないみたいなコメが来たらしいですけどね。そんなわけないよ。ちょっとね、日本のコメントでね、この手の通訳放送はテンポ悪いんだよなって言ってる人いるんですけど、グローバル全体でね、お届けしているので、吉田の長い話をですね、あゆみさん一生懸命ね、通訳してくれてるんで、そこはね、それを言われると我々ちょっと悲しくなるんで、そういう、悲しくなるんで。ステージぐらいで思って見てるもらえると悲しくなるわな。And we do see some comments about how translations kind of drag on the pace. It doesn't feel as quick. But I mean, it's here to try to facilitate communicating. そんなことひどいこと言うのって思うな。ねえ、ちょっと考えたらわかるでしょ。大事なんだ。
とコメントで今日は 6.1 はがっつりじゃないんですかっていうのもあるんですが、So we see some comments. Do we have any further updates for ね、これ本放送の音小さいとか僕の声でかすぎるとかあったら教えていただければ。6.1 の内容と紹介に関しては3月4日はい4日ですに、パッチ 6.1 特集パート1の PLL をやる予定なので 6.1 のまあでも今日ちょっと出ますけどね、6.1 の詳しいところはそっちに譲ります。So yeah, today's broadcast is not literally going to be just about 6.1. We may touch upon it, but then the details are going to be explained on another episode of the live letter on March 4th. This is JST, but we will go into details at that timing. しかもタメあと語は、ね。まあなんかこう重大発表的なねニュアンスで取られてるけど楽しく気楽に行くので皆さんもですね緊張せず気楽に今日は見てもらえると嬉しいです。はい。 And Well, some people might be僕もね、 bracing for a very 作業 important 中なんで。 announcement when we talk about today's broadcast, but that's not the なん intent. かね、 We would 落 love 書 for き you to しよ relax う and と just 思 have fun っ with the て数 broadcast. 日後書いてたらなんか手を入れ始めちゃってにさ、よしやめんのみたいなの出るんだよな。ついに俺さでもあ、放送の声小さい。あ、ちょっと待ってくださいね。新情報発表会でさそっか言ったばっかで、ね結構ねだいぶ大きくしてるんですけどね。そういう話じゃないんですよ。ちょっと And 待 I って。 understand we were talking about like the future of Final Fantasy 14, but every time we mention something like that, people are like, "Oh no, is Yoshida going to quit?" And no, I think I told us when we were doing our announcement showcase in February. It's like 14 is my life of work. It's not like I'm going to just up and leave suddenly. もうそんなんで嘘つきってやるの嫌だからなんだろう、そんなね自分の去就をね重大発表しますみたいなねことは言わないですよ。ちょっと恥ずかしい。うん。I don't want people to be going ちょっと around saying, 僕 "Oh, のマイ you're ク such の a 方 liar," を少 because し I 下 mean, げて I'm not the い type く of 感じ person な who の make で、 these kinds of like my personal announcements on a live stream. So. まあ放送自体というか PC の音を大きくして対応していただくみたいな。前半だいたいね2時間ぐらい、後半も多分2時間ぐらい使うんじゃないかなと思います。なのでご飯食べたりですね、今日土曜日なんで飲める人はお酒飲みながらとかでも全然いいので楽しくいきましょう。So we're looking at least for the first part, we're looking at about 2 hours broadcast. And so just you're free to do like you have dinner or like eat lunch as you're watching the broadcast. It is a Saturday, so if you want to start drinking early, you're more than welcome to do so. さあ行きましょう。では、画面切り替えてもらっていいかな。はい。はい。じゃあ早速いきますが、改めて今日お話しする内容のトピックおさらいしておきましょう。トピック。 Okay, so jumping right in, let me go over the topics we will cover. で、まず一つ目はちょっとですね、まあ14これまで、正確にはね11年やってきているので、まあちょっと振り返りを最初にね、皆さんへの感謝も込めて、やりたいと思います。First topic, of course, it's been about 11 years, to be accurate, how long 14 has been going on. So we'd like to kind of do a little bit of a retrospect, just convey our thanks to our players and look back on everything. でまあそれを振り返った上でですね、まあちょっとこの先じゃあさらにもう10年は僕続けたいと思ってるんで、まあこの先10年さらに14を発展させていくために、まあ新しい挑戦やっていきますよといろいろそこについてまあどんなことやっていくのかというのをお知らせしたいと思います。10年やんなきゃ And then ね。 once we do look back on our past, then we look forward to the next 10 years. Because as I mentioned, I would love to continue having Final Fantasy XIV for yet another 10 years. So there are many different things that we want to do in order to continue expanding Final Fantasy XIV, many challenges that we want to take on. So I want to touch upon some of those items in today's broadcast. でここまでいったら1回休憩を挟んで、放送の後半として3つ目、パッチ 6.0 行月のフィナーレ、プレイしてみて
何かありますかというので Q&A 事前に質問募集していましたので、それに対していろいろお答えしていこうかなと思ってます。最高だったよ。 And then once we do that, we will have a break in between, and then it'll go into the latter half of the show where we kind of asked the players, what did you think after playing 6.0? And so we will do a bit of an Endwalker Q&A. あと10年間吉田リビングデッドを使う気だなみたいなコメントがあったりね。We're seeing comments like, oh, 10 more years, huh? Is Yoshida going to kick off his Living Dead? まああったよね、確かにね。でもリビレって吉使田の量ってないから産を開始しましたとか、クローンの吉田が誕生したので紹介しますとか、そういうのじゃねえかって書かれてましたね。But yeah, I think I've seen comments similar to that, and like people saying, "Oh, we have mass manufactured Yoshida clones." でなぜか私はもう完了してますよって書いてある。そう。Yeah, then I say I've done already. So. 確かにタイムラインではでは早聞いたわ。速いきましょうか。クローンまずはまあ正確にはね11年なんですけど、大きくくくってまあ10年ここまで皆さんとねやってきたのをちょっと振り返っていきたいと思います。Okay, so jumping into the timeline here. Of course, I accurately it's 11 years, but like we'll call this the 10 years of Final Fantasy 14. まあいろいろありましたね。まあ2010年サービスを開始して、その12月に運営体制ね全部開発も一新して、僕はここから参加ですね。So first, 2010 2010 was when it all started. Many things that happened caused us to sort of reconsider the development structures, and there was a lot of changes that were made in order to kind of reboot the title. So this is when I joined in. Yoshida joined into the project. 12年とかで2021年の2011年の10月14日に、まあ、14日が縁起がいいだろうっていうので申請をやりますよという発表してますね。And then 2011, 8月 October 27 14th, was 日 the に 14th must bring us good luck. 発売 And that's when we announced that we are going to have Final Fantasy 14 Reborn. 海外の皆さん詳しいよね。あゆみさんもインタビューにいてくれたと思うけど、9番を遊んでみたいので9番のサーバーを復活させる気ありませんかってクラシックファイナルファンタジー14やる気ありませんかってナイトメアって答えたやつみんな覚えてて、ナイトメアってすげえ言ってんねコメントで。I love how the comments from the West are. I love how they know all these details, and I'm sure Aimi had sent into the interviews as well. But people were asking about, oh, are you going to make an FF14 1.0 classic like WoW Classic did theirs? And Yoshida answered, "Nightmare," and so people are calling the time of 1.0 nightmare. It's awesome. でまあ本当に辛かったっていうことだな2012年の11月11日にですね、時代の終焉トレーラー公開とともにですね、一旦申請の準備のために Q14 のサービスを、終了させていただいて秋ます。丸さんとかがやってましたね。 And of course, in November 11th of 2012, we titled it The End of an Era, and we sort of closed the service for the original version of Final Fantasy 14. まあ、9番からねやってくださってる方も結構いるし、9番の捉え方って結構まちまちだとは思うんですけど、9番の、ラスト付近はそれはそれでまた独特の、ゲームデザインの MMO として結構ね好きだった、面白くなったんだよって言ってくれる人たちもたくさんいて、まあ、僕らシャットダウンするのを決めながらも作ってたところに対してそういうね評価をもらってたりするのはとてもありがたいことなので、僕らもすごいね実は励みになってました。And of course, people who have been playing since the original 1.0 may have their different opinions about how the games have played. But there were people who thankfully acknowledged how 14 was starting to shift, and they did take notice about how the game design was unique, despite we were looking to sunset the original version. And so it was wonderful that people acknowledged that, and that was very encouraging for us as a team. ちなみに9番から今日視聴してくださってる方でQ14 からやってるよって方、どうですか、手を挙げてもらってもいいですか。
残念ながら違う。 So if I could have people in the comments, いるいる。 by show of hands, I don't know how you raise わあ、 your hands, 本 but 当 like だ、結構いる。 anybody who's been playing since 1.0, the original Final Fantasy 14, ブワー we'd って love to see コメン who's ト been 流れて with くる us な。 since then. めっちゃいするな。ごい There's a lot. Wow, What? thank you very much. すごいありがたい。 That's amazing. Thank you guys. まあここからね、あと10年お互い健康に気をつけて楽しんでいきましょう。 But yeah, we're looking forward to the next 10 years. So yeah, let's all take care of our health and keep going. That's awesome. で、2013年ですね、ベータテストをやりながら、2013年8月27日についに新生オルゼア正式サービス開始。レガシー多いですね。こんなに多いんですな。 So moving on, 2013, we start our beta testing 皆 for さん Around 音 the 大丈 Horn, 夫で and すか？ then 放 August 送 27th の of the same 音 year, 聞こえてますか？ we were able to relaunch あと as 僕の Around 声 the と。 Horn. 振り返るとですね、2011年の3月ぐらいから一気に新生14の設計だけ5人ぐらいで設計をスタートして、2011年の6月から、6人のプログラマーがコードを書き始めたのを覚えてるので、実質そこから2年2ヶ月で新生リリースしてるので、すげえよな。もうちょっと驚異的今振り返ると。 And looking back, so that it was 2011 in March. We started at least doing the framework, just the design structure first. And it was a very small team that worked on it. It was 5 people who started on the base framework. And then starting June of that same year, 2011, we had 6 programmers starting to write code. And considering it took about 音のバランスは、あ、わかりました。 2このま years ま and ちょっと 2 いくよ。 months to relaunch, that's just incredible. で、念願だったですねファンフェスっていうのを2014年の10月からですね、スタートすることができました。約発売1今でも年で覚えてます。ファンフェスやったんだ。 And of course, by 2014 October, we were able to hold our very first fan festival. That was something that we really ラ wanted to スト do. サーガぐらいで。初めてやった北米のファンフェスの基調公演でステージに上がった時の大歓声でですね、もう足が震えてI still remember it today. The first time we did our fan festival, and we started out in the North America region. And when I took the stage to do my keynote presentation, and just the cheer that I received from the audience, man, my legs were shaking when I was up there. で初の拡張であるヘブンズワード、2015年の6月にリリースして、その後の8月に、全世界累計登録者数が500万人を突破したと。And then next, we were able to launch our first ever expansion pack, Heaven's Word, in 2015 June. And then soon after, we reached 5 million registered players. でこの辺りはですね、我々開発チームもですね、高難易度高難易度って言われてよしやっちゃうぞって言ってもうキリッキリなのをやったらですね、いや難しすぎんだろってなってですね我々もいろいろな失敗を繰り返しつつですね、今につながってる本当重要な時期だったと思います。ここはオカーニャンとかの方がオカーニャンとか詳しい。 But this is around the time when people were starting to clamor for higher difficult content. And the dev team got so excited about, oh yeah, you want difficult? And so we gave you a really tough content. And people started complaining now about, oh no, this is too difficult. Yoshida, this is too difficult. And so we were trying to find that balance. It was trial and error trying to get to that nice balance. But I think it was really important that we're making that conversation. あれでね、僕は人生の格言の一つをね学んだんですよ。プレイヤーの皆さんにはいやーちょっと簡単だったなって言われるぐらいがちょうどいいんだなと。And it was then that I learned this very valuable lesson, which is I think it's best to keep the difficulty where the players would walk out of it saying, that was pretty easy.
で、グレンのリベレーターを発売したのが2017年6月で、この辺りからようやくこうバトルコンテンツ以外の、そのもう14の世界に住むみたいなことをより具体化していけるようになったのがこのぐらいの時期で、それがね、功を奏してですね、登録者数が、この時点で1000万人突破と。すごいね。Then, of course, Stormblood released in 2017 June, and we started looking at various other types of content aside from battle and combat, content that would involve the feeling of living in the world of Final Fantasy XIV. And I think that really struck a chord with people. People were resonating with it, which thankfully got us to our registered player number up to 14 million players. 思い出されるグレンのリベレーター初日のね、ラウバーン透滅戦。すごかったですね。ログインセンス。 And I still remember when Stormblood first launched, Rauban Extreme in the Niners. ありましたね。I think we all remember that. あの失敗があってね、今の安定したキューイングシステムがあったりするからね。要す But る I に mean, ログインできなか even っ with たん that ですよね。 failure, we learned from it, and we were able to build a much better queuing system. そしてですね、2018年になると、全世界登録者数が1400万人を突破して、2019年には、1600万人を突破と。ありがとうございます。So I'm sorry, this is where we hit 14 million is 2018 August. And then moving on, we reached 16 million players by 2019 May. So thank you so much for all the players that are staying with us. そうして続けてですね、2019年に、漆黒のヴィランズを発売し、その年末にはですね、全世界累計登録者数が1800万人を、突破となりました。And moving on, we released Shadowbringers in 2019, and soon after, we surpassed 18 million registered players. 数字に関して言うと、単純に数字だけをこう見ていくと、そのなんていうの、増えるペースっていうのがばらついてるように見えるのかもしれないんですけど、実は体験したことのある人が増えれば増えるほど、新規が当然減るんですよね、パイが決まってるところから新しい人を呼ばなきゃいけないので、だからここまでの数字になってるのにさらに数百万増やしていくっていうこと自体はとてもすごいことで、これは本当ね、開発運営チームの努力もそうなんですけど、マーケティング PR チームが、コミュニティの皆さんと一緒になって達成してきてる数字なので、本当にこれはね、誇らしい数字だと思ってます。Looking at the numbers, it might seem like there's no real, like, nothing of note. Oh yeah, the numbers are just increasing. But if you consider this, if we have a certain number of people already playing the game, and if we have a single pie that we're taking numbers out of, like, you would expect the numbers to start going down. But it's interesting that we see more and more players join us even after all these years. We are seeing millions signing up. So, of course, I really want to acknowledge the development team, operations team, but also the marketing and PR teams working with the community to kind of promote the title and get the word out. So I'm very proud of their achievements. そして2021年、去年ですね、12月2日にはですね、全世界累計登録者数が2500万人を突破し、ちょっと昨日の数字とかは見てないですけど、まだ全然まだ上がってってると思うので、で12月7日ですね、すいません、2週間ほどちょっと遅延をさせていただくことにはなってしまいましたが、行月のフィナーレを発売して、ハイデリンゾディアーク編完結というところまでこぎつけてこられたなと。Of course, 2021, which is last year, we surpassed 25 million registered players. I did not see yesterday's numbers, or like as of yesterday's numbers, but I do understand that our numbers are still increasing. And then afterwards,
I know we had to delay the release by about 2 weeks. Again, apologies for the delay, but we were able to release Endwalker, and finally we were able to conclude the overarching story of Heidelin and Zodiac. 抜けちゃったから。まあ長かったようで、僕は結構あっという間の11年でした。でも本当にね、世界中のプレイヤーの皆さん、光の選手の皆さん、メディアの皆さんもね、関係各社の皆さんにも本当にものすごくこんなに支えてもらうタイトルは他にないだろうと思うぐらい支えていただいてここまで来れたので、改めて本当に感謝をお伝えしたいと思います。ありがとうございます。And it feels like a long time, but man, these 11 years went by very quickly for me. And all of our warriors of light, our players, 延期があったから平山諸行8年、そう、延期やっぱでかかったですよ、個人的に僕も。There were just so many people that supported us throughout this all. So I do want to take this opportunity to convey my gratitude from the bottom of my heart. So I sincerely thank everybody. 唐突に出てきちゃった。はい。あとは本当ね、開発チームにも、本当に厳しいスケジュールでやってきてて、実は拡張パッケージそのものの開発期間って1年とか、下手すると1年切ってたりするんで、本当に頑張ってきてもらいました。And I also want to acknowledge the development team as well. They were always working against a very harsh schedule. And even developing some of our expansion packs. Sometimes we have only about a year or even less than a year to get through all of the tasks that needed to get done. So I really want to show my appreciation to them as well. さて、ではこれを踏まえてですね、ここまで歩んできたその11年、9番の状態を考えれば、これ以上ないぐらいの成功をさせていただいたと思ってます。ここはあんまり言葉を隠さずに成功できてると思ってるので、それでいいと思ってるんですけど、ここまではある意味もう過去になったので、ここからさらに次の10年また挑戦を続けていきたいと思います。And looking at the trajectory here in the path we've walked down, I think I want to consider this a success from what we had taken and what state it was in when we had first taken on the project, and to bring it to where it is now. I'm not ashamed to declare it. It might be a little awkward in the Japanese, but I believe it is a success, and I think it's a good thing that we've gotten here. But now that we have gotten this far, all of this is now in the past, and so we want to look to the future. We want to see what kind of challenges we can take on. 行月発売初日にエウレカクリアした。というわけで2つ目のセクションである14の新しい挑戦と題してですね、今後どういうことをやっていくよというのをお伝えしていきたいと思います。So, for the second part of this presentation, as you see, it is entitled Newfound Futures. So, I would like to discuss what we are intending to do. まずですね、僕としてはですね、社長からやめろって言われるか、やめろって言われても抵抗するとは思うんですけど、開発チーム、運営チームからやめろって言われるか、死ぬかぐらいの以外では、14をやめる気がなく続けていきますんで、この先もぜひ皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。And me personally, as Yoshida, unless the CEO says, Yoshida, you need to leave, and even then, I think I'm going to fight him. Or if like the development team, the operations team want to kick me out, or if I God forbid die, those are the only extreme cases I would even consider leaving the 14 project. I want to continue working on that. So your continued support will definitely be appreciated. というわけでですね、まず今回その10年さらにこう14をせっかくねここまで日本初のそのサービスでこの規模まで来れるってなかなかあることじゃないので、この先の10年に向けてまずは 7.0 をめがけて、新しいことに挑戦していこうと思ってます。Of course, with this title, and considering that this game was launched from a Japanese development studio, and being able to expand to this global scope, it's a rarity, I think. And so my next goal, my future goal, is now looking at 7.0 and leading up to that, what can we do?
コメントが7.0 って言ったかで大丈夫大丈夫、もうシナリオ会議の1回目やったから、合宿やったから 7.0 はやるよ。次の10年果 People たして are MP の already 課題はどこまで speculating やった about 7.0 confirmed. Well, I mean, we are 驚くべ already き文 talking 明が about 起こっている scenario 世界があ for る。 7.0. I'm not afraid to say that we do intend on doing a 7.0. まずここに向けてちょっとコンセプトを話をさせてもらいます。まずその一つ目がこちらになります。一人で Now, もみんなで that も being 遊 said, I べ do る want to RPG。 establish what my thinking is and the concept behind what we're trying to do leading up to 7.0. And this is the first point. まあこれ具体的にどういうことっていうのはこの後ちゃんとお話ししようと思います。And of course, I will go into detail as to what this exactly means. そしてですね、7.0 に向けて、チャレンジとしてですね、こちら、第一次グラフィックスのアップデートの準備開発っていうのをやっていきます。And then next, again, leading up to 7.0, and one of the challenges that we want to take on is our first graphical update, at least the preparation and the development for it. まあ、なんで第一次ってついてるかっていうのも後でねこの項目の掘り下げでちょっとお話ししようと思います。And of course, when we dive into each of these different points, I will touch upon why we are calling this the first graphical update. まあ一応先に言っとくコメントが結構多いんで7.0 で PS4 が遊べなくなるってことはないです。それはないので。それ気にしてる人もいるのかやっぱ。I do want to clarify though, because I am seeing a lot of comments wondering about this. This does not necessarily mean that we are ceasing the support for PS4 as of 7.0. So I do want to clear that out first. そしてですね、今日3つ目、せっかくなのでパッチ 6.X シリーズでどんなことをやっていくかというのもお知らせします。無人島のAnd then the third point, I mean, since we are here, I would like to take the opportunity to cover what we are planning to do throughout the 6.X series as a sort of roadmap. はい、では各項目、詳しくよりお伝えしていこうと思います。Diving into the details. まずコンセプトの一つ目ですね。一人でもみんなでも遊べる RPG へ、さらなる進化をしていきますと。Our first concept, an even better RPG, alone or with friends. これ何かというとですね、読んで字のごとくなんですけど、そのファイナルファンタジー14一応ジャンルとしては MMORPG って呼ばれてます。So, I mean, it is what it says, of course, but yes, I understand that Final Fantasy XIV as a game genre would be categorized as an 実は初日は MMORPG. 賢者上げでずっと攻撃そこでですね、僕この11年ファイナルファンタジー14をやってきて、世界中のプレイヤーの皆さんとイベントだったりファンフェスも含めてですけど、本当たくさんのゲーマーの人たちと話をしてきました。And of course, throughout the 11 years of doing Final Fantasy 新生からフェイス使えるようにするってwe did various events, gaming events, including Fan Festival, and I had the opportunity to speak with different gamers. どうなんでしょうね。そこでですね、あとそのマーケティングチームに市場調査とかをしてもらって、これね定期的に拡張のたびにやってるんですけど、やっぱりそこで出てくる答えっていうのが、なかなかブレイクスルーできないなっていうのがあったりします。And of course, I would have my marketing teams perform market research as well. And this is something we regularly do 無理やりマルチやらされたからこそ、 when やらされた we システム start に to ね、 plan 誰かのとこ for じゃ upcoming なくてやらされ expansion たから packs. こ And そ初め with て the そのマルチ information の that we 楽しさを receive, and there's 体験でき always たっ like て a いうのがある question わ that け we です never よ。 seem to find で a やら way され to なかっ break たらやん through. なかったから、 2つあって、1つはそうファイナルフいうのがねァンタジーシリーズ大好きなんだよ。すごいファンなんだ。全部やってるよ。ただし11と14以外ねっていうのがめちゃくちゃ悔しい。俺そういうプレイヤー So there's actually two, でした and ね。 one of them is we see there's a lot Yeah, of players that やっぱ悔しいんだ。 love Final Fantasy, and many that claim they've played all of the Final Fantasies except for 11 and 14, which is very で frustrating. も
まあ、11もね、僕そうだ今かったかななりアップデートをかけて、かなり大部分ね、ソロで遊べるように快適にしてますが、14はさらにその先へ行きたいと思ってます。なるほどね。And of course, we are paying でも attention 確か to に Final Fantasy 11 players as well. 一 And 人 we've で made やれたら various もっ updates. と I think it has become very solo 大 friendly 勢やるんじゃないかなはある recently. けど But with Final Fantasy 14, we want to go beyond that. 本末転あとはこ倒と言えなくう、ももないう一つはですね、オンラインなんだよね、めんどくさい、人と遊ぶの嫌、なるほどねなんかこう人間関係作るの嫌っていやまあいそうねうのがですね、やっぱりナンバーワンなんですよね。やっぱりねそのプレイをしない理由っていうところで。いやーわかるわかる。 The second point we are trying to reach a breakthrough is So- people who comment about RPG ってやっ oh ぱ自 online 分の世 play 界に that's 浸れるみ I たい don't な want の to でか deal い with having け to ど play with other people. そこ I に don't want 他 to 人 develop がズカ relationships ッと来る online. からねやっ And ぱ that's actually a very large reason, if not the number one reason, many players kind of hesitate playing 14. だから10年かけて MMORPG っていうジャンルじゃなくて、一人でもみんなでも遊べる RPG っていうジャンルにしたいと、14を。なるほど。 So what I want to do here is Yeah. spend the next 10 years なかなか大きく and break out of that MMORPG category. I want this to be an RPG that can be enjoyed alone or with friends. まずなので、7.0 でまでの間、フェイスシステムの大規模アップデートっていうのをやっていきます。おー大きくきた。 So, as a lead up to マジで 7.0 or until that time, we will continue to make updates to the trust system. パッチ 6.1 から 6.5 までの5つのメジャーパッチで全メインクエストの必須 ID と4人用の透滅戦を全てフェイス対応します。お So お as it says here, trust そりゃ compatibility すごい。 for all main scenario dungeons and 4-player trials to be added in patch 6.1 through 6.5. まあ順次なのでね、パッチ例えば 6.2 とかを見るとそれ中途がで半端なとこきたらろまでしか対応されてないとかいうことがすごいかも。ある可能性は高いんですけど、それ最低にねラインが上がると怯えているといつ厳しいってそうまでたってもでやっぱり言いますからきないので、まあそう全部一気には不可能なので、実際他人からの評価が怖くて CF いけないみたいな人がいっぱいいるから住み分けできた方がありがたい。いやそう次ですねに飛び上。がるためにもうどんどん順次やっていくという期間に当てさせてください。 And so, of course, these are going to be incremental implementation. And so you might look at, say, patch 2 point something and 6.2, and you might notice that maybe not all of the dungeons have been supported with a trust system compatibility. But if we are afraid to make マルチは progress and 実 teach us 質 the アライ new アン of ス working レ a イド certain のみに major なるみ patch たいな update, ことだよ we ね。 won't マル be チ able 必須は to make progress. I think it's あと赤ちゃんが impossible い to て do 息抜きに everything やっ at てても once. 急に So 起きちゃ we って are できなくな trying るみたいな to 人たちもそう address ね this as we can, ね and やっ we're ぱほら looking ト at イ this レ行 as き a たいとか preparation ね for 7.0. 一度 And 始め so たら we 簡 would 単 like に to 抜けちゃ ask ダメっ for ていう your のがやっぱり understanding 結 as 構 we ねストレスだったり lay はす these るんですマル foundations. チ前提だとね、その第1弾となるパッチ 6.1 では新生オールゼア編のうち、2.0 範囲を全て対応します。おお So the first implementation, patch 6.1, will make a realm レベ reborn, リ and ン this グ is が just はかどるな patch これ。 2.0 ほら range. 先待ちがなくなるがでかい and the でしょあとやっぱり become trust compatible. 全メイン ID フェイスかそしてですね、それに伴って一部初期のですねメインクエスト ID とか、透滅戦もリニューアルします。うーん And then further improvements will be made to some low-level main scenario dungeons and trials. でちょっと注意なんですけど、蒼天のイシュガルドに入ってからの8人透滅戦ストーリー上に出てくる、あれらはちょっとやっぱりコストを全見積もりしたんですけど、どうしてもこう 6.1 から 6.5 までの期間では対応しきれないので、8人の透滅戦に関しては 7.0 以降順次対応していくつもりです。まあないのが当たり前だったわけですから You ね may see the disclaimers on the それは bottom, 別に but そうなんだ。 for the 8-player trials, 8 especially 人だって those ハイデリン大変だったって言い with ますからね the
Heaven's Word expansion. I'm afraid we are unable to update it at this time. We tried to calculate all the cost and the resources that it would take for us to address all of this within that sort of 6.1 through 6.5 timing, but I'm afraid we would be unable to allocate the resources for it, so we will get to it after 7.0. グラカンレベル These 上げ updates る will た be めに considered for 7.0 or later. やればいいんじゃない皆さんごっていう存知の通り、その通常のねマッチングがなくなるわけじゃないので、あくまでストーリーを一人で進めていきたいっていう人のための機能なので、レベリングルーレットだったりマッチングっていうところはそのまま継続していくので、そこはご承知おきください。僕は嬉しいかな。 And of course, we don't intend to do away with the regular matching systems. Your leveling dungeons and queue matching in duty finders will still be active and available. These trust compatibility is primarily for those who have a strong desire to play through these story dungeons on their own. それはでかいぞ。ですね、8人透滅戦は今回行月のフィナーレでハイデリン透滅戦でテストケースとしても含めて、やったんですけど、やれることはなんだろう確証を得られたんですけど、まあ、相当やっぱりコストがかかるっていうのと、ギミックから調整していかないといけないっていうこともあって、まずは数の多い ID から優先させていただいてます。あとはね8人なんで責任半のかかり方がちょっと減るんで、やっぱり。まあここはなるほどね。逆にマッチングの面白さみたいなところも味わってもらいたいので、一旦7.0 以降にさせてください。Of course, with these 8 people trials or 8-person battles, we did try it out with the Mother Crystal trial, and we were able to see success as like a test case, but it did require a lot of resources for us to build it, and then if we were to start applying that system to existing dungeons, we'd have to adjust the mechanics so that it would accommodate for the trust system. So at this time, we made the decision to move forward with just the instanced dungeons. And with an 8-person trial, I think that sort of reduces the responsibility per person going into the match, hopefully. So we're hoping that players would still jump into like a duty finder and hopefully get the enjoyment out of matching up with random people. So at this time, we are unable to address it within the 6.1 through 6.5 period, but we are looking to it for 7.0 or later. でちょっと注意なんですけど、はい、まあどうしてもフェイスっていう呼び方をすると、暁といけんのかなとかナノ RNPC といけんのかなってイメージがちょっと強いと思うんですけど、ストーリー上こうそのマッチングでしかいけないからこそ、じゃあ俺は他のことをやってくるみたいなのでこうみんなちょっといなくなったりとかしてたと思うんですよ。あれまで全部変えるはさすがに無理なので。なるほどね、特に序盤とかは冒険者ギルドのメンバーだったりとか、暁の光のなんだろうこう光の加護を持っているであろう他のメンバーみたいなイメージで組むケースが多いです。And I want to make another point of caution here. Whenever we say trust compatibility, I think the thought that, oh, can we go into this dungeon with members of the Scions, or any sort of named NPCs, and some of these story dungeons have key players kind of leaving the scene, like where the Warrior of Light goes into a dungeon and say somebody goes up and say, oh, I'm going to take care of matters over there. We can't have them come back just to join you in the dungeon. So in those cases, especially the earlier dungeons, you will see your trust members as like members from the Adventurers Guild, or maybe other people who have the Echo accompany you in these dungeons. ただ、求めちゃいないがキーになるストーリー上のキーになるポイントで、まあこいつはやっぱり本当はダンジョン一緒に行ってほしかったなってプレイヤーの皆さんが思ってるようなポイントは
シナリオ一部カットシーンも含めてちょっと変更してでもできるだけどんだけやんだよ、添えるように。そりゃすげえな。本当にゼックと対峙するときはエスニアも行って欲しかったなみたいなやつは、できる限りそういうシチュエーションはなんとか対応していこうと思ってるので、一部ねそれもちょっと変更する部分があるかなとは思います。全部は無理なんで、はい、そこはご了承ください。いやそこまでは。But that being said, there are certain key points in the story where 別に we で do すが understand players might have a very strong desire to have particular NPCs accompany you in a dungeon. そこ So までやるんだ。 in some extreme cases, and not extreme cases, but like some key points, the team will make some adjustments. We may have to change a part of the 適 script 当 so に that it や will った make だけ sense じゃん for っ the てやっぱ character り to 言われ join ない you. ようにしたいんだろうな。 An example I can come up with off the top of my head is probably the Nidhogg battle. ね、放置 I'm してる sure サ a ブ lot キャラ of もこ people れで would ちょ have っと、 thought ああ like, そう oh, そう、 it would have been nice to have the セカンドキャラを join 作りやすそうで as すよ part ね。 of the trust 忘れ去られ NPC. てあれ So ま we're considering having that 軍でさんもね、 available. こんに So ちは。 there may be こいつは some こいつポットで出たけど、 content that やけに accommodates for 主張してる certain から裏切り NPCs 者 to じゃない join か。 you. I'm afraid ずっと we 言いたい can't よ。 address all of them. We can't make it happen with all of the dungeons. So your こ understanding こは of ね、 that would 忘 be れてたんで appreciated. すよ、彼は。そしてですね、ごめんねちょっと長くて、6.1 特集パート1の時にまた詳しくお話ししようと思い無ますが、印タイタンにリオを新生オルゼアの後半ってそこまでやるのかな。結構今のレギュレーションと違ってしまってるこうダンジョンとかが多いので、かなり手が入ってます、いろいろ。 And of course, Well, with then the details of 6.1, we will have a dedicated live letter for that, and I will delve into 入っ details て of もらう that ため time. But に I do よ want く to 言われ mention てる that のがね、申請超えれば面 much of 白 the いからって content, みんな especially in the 言 later ってた half ん of ですよ。 ARR, いや、申請も面白 differ かった in よ how っ the て regulation 思 is います set けど、 up. で So も there are changes そ that have been のシステ made. ム的にとかって考えると申請結構きついっすよね。ドゥーンってなってヘビースローがかかるヘビーがかかる床とかなくなってます。For example, like when you go into the Thousand Walls of Totorak, and you step on those like poison floors, and all of a sudden you are hit with heavy or slow, we're actually getting rid of that. あとはちょっと Q14 から申請するのに急いで作ってちょっとライティング良くないなとかいうところのダンジョンもちょっと絵的な調整もそれなりにやってます。And there are also some aesthetical changes that we wanted to make. There were certain areas of the earlier part of FF14 when we were trying to quickly just relaunch as a realm reborn. So there were areas where lighting may not have been 100% what we would have been satisfied with. So we went back in and adjusted those. 面白いからって言ったって今新しく始める人には何にも慰めにならないからな。8人パーティーバトルの一番最初であるビットアッティン教習戦なんですけど、なくなります。And then the first eight-person party battles that you encounter, I believe, is Camp Westwind, and I want to mention that we are doing away with that. 皆さん大ショックを受けておられますよ。People are getting shocked. 帝国の盾としてね、武人として身を挺してやってきた、ね、帝国将軍の一人、まあ将軍ではないけど正しくは8人でフルボッコはいかがなものかということでですね、はい、ちゃんとコストをかけてですね、クエストインスタンスバトルとして、生まれ変わりますので。Considering あ、T8 のねフレーズ面白すぎるでしょ。 the Garland Empire. I mean, he's technically not a captain, but like, I mean, he's like a very prominent figure. I think it would be very humiliating for 8 people to come in and just beat him up. So we actually allocated the resources to rebuild that battle so that it's going to be a quest instance battle that you go in. それぐらい争点がすごかった。内角外角と呼ばれている8人ビジュアルも良かったし、あれらもですね、利便性も良かった。4人用 ID に作り直してあります。And of course, the Praetorium and the Castrum Meridian 8人でフルボッコはいかがなものかとつってね。
very 確かに long 苦戦した記憶ないもん phases な that リ you ッ need ト to アティ go. に加減で They も were なきゃ originally 8-person content, but we are going to be 軍好きだ changing トト it ラ so きつい that にし these で are すねあれは未 4-person だに辛いっ instanced すもん instanced dungeons. なのでアルテマウェポン戦も切り出してあ4人用としてシナリオモードを作ってであと怒って終わりラハって感ブレアじだもんなあいつが憑依したサンクレットさんを8人でただひたすら無言で殴るっていうのもストーリー用のクレストインスタンスバトルとして作り直してるので大好評ですね。はい And so your battle with Ultima or the Ultima weapon 言われてみれ will ば be changed そうか to もね a 4-person battle. We are adjusting the scenario mode for that. And then where you go in and silently beat up La Brea, aka being possessed by La Brea, is also going to be adjusted so that it's like an instance during a story quest. というわけで、まあそんな風にコストもですね、レギュレーションそういう今のとこでプレイフィールにできるだけ近づけられるように、いろんな回収をしつつですね、パッチ6.1から6.5にかけて、入り口も綺麗にしたい。 4.x までの ID ですね、全部対応していこうと思いますので、苦戦しましたよ私はお願いします最初は強くてほら僕らなんてほら後発なんて基本アイテムレベルめちゃくちゃ高くなっちゃうからもうボコボコにしちゃうでもほら4人でやったら確かにそこはねそこまでではないと思う結構強いぞぐらいにはなると思うんで Throughout patch 6.1 through 6.5, we will be 西 looking 田 at なら the 4 various 歳 ID ってこれねどうなるん content で up しょう to the ね本 4.x series. 当今じゃね吉田の the different PLL の配信の講師だもんねおはようございます to make そう adjustments. 今日はね同時配信僕は作業さあではこのセクション以上で次へ行きたいと思います。これは面 So 白かっ moving た on to the next section. リットアティンアティン2つ目の新しい挑戦ですね。この、6.1 から6.5 までの期間、まあ、7.0 リリースまでの期間を使ってですね、まず、グラフィックスアップデートまあ、長期運営やっていくまだ上でよくする第1次のグラフィックスアップデートを、裏でね作業させていただきます。 So our second concept, and again, this is going to be the preparation that we will be doing throughout patch 6.1 to 6.5, leading up to the launch of 7.0. It is a long-term, or like preparations for long-term operation of the game, and we want to be doing this in the background, but we'll be preparing for our first graphics update. ただ、まあ、なぜ第1次グラフィックスアップデートと言ってるかっていうと、まあ2次も3次もあるんだろう もしかしたらってことなんですけどなぜかというともうここまで11年運営してきてるともう尋常じゃないリソース、グラフィックスアセットが存在してます。はい、So the reason why we named this the first graphical update, and that's of course to imply that there will probably a second and or third after this, but our game has been in operation for about 11 years, and considering all the graphical assets we have produced, it's an insane amount. やっぱり一気に極限まで上げようとすると絶対コンバートミスがあったりとか、そもそもコンバートの物理時間が足りなくてもうデザインチームが無理です絶対できませんっていう答えになってしまうので、まあやれることを一回やって引き上げたらまたその状態で安定が見えたら次をやってっていう形でまあその第1回目が来るんだというふうに思ってください。And so if we 公式に見てました attempted けど to 驚きの update いや every すごいで single すね piece ま of さか全然予想もしてなかった asset or resource that we've put into the game all at the same time, お前 we それや might る run のか into よっていう issues アップ of デばっかり conversion errors, or it's just physically takes a lot of time to convert ガチで10 everything. 年やる気なんでしょうね Consulting with the これ聞くと graphics team, they already know that we can't address everything all at the same time. And so what we're trying to do is address these in phases so that we can test out certain elements, see how they work, and if it seems to be stable, we move into the next phase. And so I think with our first graphical update, this will be like the first time we start testing some of these elements. 4K グレープスでめっちゃ吹いたんだけど
I saw a comment that says 4K grapes. Thank you so much for that. That was hilarious. あそこに 4K とかね、なんか40割とかかけてると、それこそコメン9ト本ブドウめっちゃ流れてくるんキャラだけど、クター全然俺も気づいた表示できねえぞってよ、ことになっちゃうくさびみたいな。まあちょっとこれから詳しく説明はしますよ。That's hilarious, but like imagine spending so much resources just to get the grapes to be 4K いやだから僕はあれ resolution. ね、 And そうい imagine う spending 400,000なんか鋭角なブドウなんだろうと思ったんですよ。 We 数の子 won't みた have いな enough ね。 resources to だからそ render したら our 違ったん characters on ですよ screen. ね。 But let me go into the ブドウのようだ details. けど、ブドウじゃないなんかその四その角いスイカみたいなグラフィックスそういうものだと思った一気に7.0 での投入をそ予れぐらい四定してます。角かった。 So again, these graphical updates are intended to be implemented in 7.0. 四角いスイカ。まあその次期拡張パッケージまでの間っていうのを、まあ、僕らのそのグラフィックスのアップデートのシェーダー追加したりとか、いろんなものを追加していくテスト期間だったりプログラム期間だったり、それに合わせたグラフィックスアセットのコンバート期間というふうにさせてください。So until 7.0, this will be again our preparation period. So this is where our team will be testing out various additions to the graphical elements, including different shaders. We'll probably need to write more programs. This is where when we're going to be doing our asset conversions, etc. でここが重要なんですけど、あくまでやっぱりマルチプレイのゲームであるっていうのをぜひ覚えておいてほしくて、やっぱり画面全体の美しさ、9番から申請に感じていただいたように、やっぱり総合的な美しさ、世界の美しさっていうのを追求していきますよと、コンセプトとしてはね。And of course, one key point that we want players to understand is that this is still a multiplayer とに game. かくリアル And で so 綺 we 麗 want み to たい strive な話じゃな for い。 the aesthetic quality グラ of チ the ュラチュラと overall グラフィック picture スレートは and 嬉しいか looking ら、まあ at それはでも the 嬉し sort い of ですけどね。 beauty or the element, aesthetically pleasing ほら sort of ブレスオブ overall ザワイルド picture. ゼルダのね。だってこうまさにね発売されたホライゾンのさクオリティでさ動くと思われたら困るわけだよ。そうそうわかるわかる、あれで言ってることは俺たちわかる。 300人とか描画しなきゃいけないんで、いやできはするんだけど、みんなの PC 動かないよ。まあそう。 And I see games ね、 like だからあくまで Horizon Forbidden West, and I ス don't ーパー want to リア get ルな世 people 界 to を think that we'll 体験 raise す our るこ graphic とを quality 楽し to むた that. め It's のゲ amazing, ー yes, ムでは but ない。 imagine having to have to render 300 different characters on screen at the same time at 売れな that いなんかも quality. そうだよ And it's あれは not 簡略化 physically かなりされ impossible, て、 but まあ then 美しい I 世 don't 界 think で it's す。 gonna run on anybody's あそこ PC. に干渉でそきるのがこは覚えておいてね、みんなね。 So please keep that in mind. まあそうそう海外ゲームって特にね、勘違いされるのが一番怖い。 GTA とか That's ね。 that's the scariest thing for people to kind of misconstrue. で、当然なんですけど、外人アマジニメーですげえなションとか、まあその世界全体、外人画面全体の美しさっていうところにやっぱりアニメーションとかライティングシステムっていうのも大きく寄与していると思うので、このあたりもアップデートしていきます。 And of course, considering the sort of overall aesthetic, animation is going to be a key element. We're looking at あ lighting の会 is 社の another ゲーム element とか that we ね、 want 比 to 較しちゃう adjust もん as ね、やっぱ well. り。まあ、例えばアニメーションに使っている、よくねメモリがって言われますけど、メモリの割り当てをちょっと増やすことによって今までより長尺のこうエモートモーションが作れるとか、あと、まあ、そのライティングがなるほライトの数が増えることで実は潰れていたバックグラウンドディティールがより見えてきて、なるほどリソースに手を加えなくても綺麗に見えるみたいなところもあるんで。ど。So what we mean by different updates to animation and lighting systems is, for example, I know people would automatically start talking about, oh yeah, memory 環境 issues シミュレ with ーションゲーとか animation. で、 So 描 if 写がリアルじゃ we ないと引いちゃうとかっていうのが revisit ある some けど、 of そういう the ゲームじゃないよっていう allocation of the memory for animation,
it might allow us to create emotes with a longer animation loop, or with lighting. They're just having more lights than we had originally set up would allow for details that would have been sort of washed out or like not visible because of insufficient lighting to kind of show up. And so that will allow for an improvement in the graphical quality without us even having to adjust the elements that are already in the 被写 game. 界深度フィルターを新しくしてまあ重要なところです。はい。スタンドアローンのゲームクオリティにはなりません、これをですね皆さん頭にすり込むためにもですね寝る前に必ず一度復唱していただきたいぐらいやっぱり言われるんだろうな。 And again, very important point, I want to stress again, しょぼく the はない new んだけ graphics ど will not be comparable to 比較対 those 象 of が例えば standalone titles. This is again very important. I want そ you れ to こそ remember 海 it. 外 I のね want you to リ repeat ア it ル before you シ go ミュ to レーターゲー bed. みたいな That's もの how と比較 much さ I れる want と people to remember. まあきついですよ。まあとはいえやっぱりグラフィックスいろいろ手を入れてパフォーマンスというかね処理はより動作が重くなりはするので 7.0 では最低動作保証スペックの条件が変わるのは確定です、ただできるだけ多くのスペックにね対応できるっていうところはこれまでのポリシーでもあるので、捨てずにやっていきたいと思ってます。So that being said, we do want to update the graphics for sure, and so that means your processor might require more power in order to render these graphics properly or like efficiently. So we will probably have to update the system requirements for your machines and your PCs. We will try our best to accommodate for as many models of machines to accommodate with the changes, but we do want to make you aware that it is pretty much guaranteed that we will have to update the system requirements. でやっぱり気になるプレイステーション4なんですけど、この6.x 期間中に、先行投入すると思いますけど PS4 版の最適化をやっていきます。辛いだろうな4。 And I know people are wondering about 僕 PlayStation 最初 4 にやってた support のは as of プレステ3版だったんです I け think ど what's going to happen, Fate と and か this で will ね probably be done prior to the オブジェ launch クトが of 表示されなくなっ 7.0, ちゃ so って sometime within the 6.x だからや series. めたってあったん We で do すよ want 一回 to optimize the PS4 もう version. プレステ3じゃまとんで動かねえなってなってそのさらにですねPC 版にあるようにグラフィックスオプションのカスタムっていうの PS4 版少ないんですけど、あれを増やしてですね新しいその描画とか入れるとやっぱ重くなる部分があるので重くても綺麗でいいやっていう人はオンにしてもらえばいいんだけど、オフにしてそのフレームレートを優先するみたいなことができるようにしていくので、PS4 のサポートっていうのも少なくとも 7.0 のタイミングではしっかりやりますので。だってねプレステ5が手に入らない So, から and ね on top of that, there are various graphical configurations that you can set up on the PC version. まだまだプレステ4 Like は you 現 can 役だから customize some of ね the like display options, and we understand that it's a bit lacking in the PS4 version. So we do want to implement options in the configuration so that you can select like prioritize frame rate, or if you want to, if you're okay with performance kind of dropping slightly, but still have the graphics performance, then you can select that option, whatnot. So I do want to assure you that we will continue supporting for PS4 at least until 7.0. おヒロシみんなどう思うんだろう。誰アルバート What みたいな people's 顔してる reactions are. リアルじゃね俺かと思ったって言ってる。Some people think, oh, is that me? そうそうそう。なんかさ、多分ね、これじゃないよね、多分みんな求めてるの。I don't think this is what これじゃない we are 発言が出 looking ちゃった for. This is not what we're 動作保証も上がるいやそりゃそうですよ疲れた吉田って書かれてる。Some people are saying this looks like a very tired Yoshida. 確かにそうなんか違うでしょ。Yeah, but it kind of does feel awkward. 否めない
5.0 以降は装備のテクスチャ解像度が上がってくる、まあここまでリアルなラウバンが映るたびマントの解像度低くってそっちでも分かりますそれそういうのあるよね。working to make it look this real. まあいわゆるフォトリアルを追求していくとグラフィックスアップデートってこっちに行きがちなんですけど、おそらくファイナルファンタジー14の世界やキャラクターが気に入ってくださってる方って多分こっちを求めてはいないと思ってます。どっちかっていうとコードベインとかの方向性。Some games, of course, their intent is to lean towards that photorealistic depiction, and people tend to lean in this direction. But I think for those who enjoy the aesthetic of Final Fantasy XIV, this is not necessarily what we want to begin with. では、今そのグラフィックスアップデートって実はテスト開発もスタートさせてるんですけど、テストスタートしてからまだ1ヶ月と1週間ぐらいなんですね。So with these graphical updates, we are already starting testing actually, and it's been about a month and a week. なのでその1ヶ月と1週間ぐらいテストをして、まあこれだったらもう今出してもまあいけるだろうここまではと。まあこれ以上を目指すんだけど、まあ少なくとも一旦お見せしてもここまでは間違いなく大丈夫だよあると 7.0 でっていうのを用意してきたんでちょっと見ていきましょうか。And so we are still very early in our testing stages, again about a month or so testing, but we do アップにな have ると古い装備のテクスチャ results 気に that な we're る。そうね seeing 長 that 須さんがかなり is, 言ってて of course we're going to aim やっぱ higher り than what そ we're の going ピ to オ be さんとか showing you, ね but it's I だか think it's ら coming out そ pretty の nicely, and we なん are ていうか relatively 昔の confident. 装 So 備を let us 結 show you 局 some お of しゃ these れ images. 選択に入れることがまずない。こちらがですねテスト期間僕は入れてますけど1ヶ月目のサンプルです。キャラクターですねまず。So from first month of testing, so this is も one っ of the たいない samples. みたいなね。これ左が今で右がテクスチャーをハイレゾリューション化してます。髪の毛も含めてであとシェーダーを、1枚入れてます。 And so what you're seeing is the current image on the left, and then on the right, we've made the 僕はでもね textures すげえ high resolution, これ and we've で動い added たら a 最高だなと layer 思っ of たのが shaders. あと、上月オープニングのセルフシャドウって言っヤシトラですねて自分の髪の毛の影が顔に落ちた時、まあその自分のオブジェクトが自分に影を落とすのをセルフシャドウって言うんですけど、そこも調整してるので、結構ねセルフシャドウ実はすごい気になっててカットシーンとかでも。へ And one thing that we まあでも did 確 pay かに気にな attention る to と was こあ the るかも self な。 shadow, or whenever there's like an object that drops the それ shadow なんか on わかる気が yourself. する。 Especially if you look at the bangs and the shadow it casts underneath it. That was something that I was kind of I wanted to address looking at the cutscenes in the past. でまあこれ1ヶ月目のサンプルなのでもっと上目指せるとは思ってるんですけど、動作保証あまりにも重くならないっていう意味では今一旦お見せできるのはここまで、まあ、この上さらにいろんなことをやった上で最適化していって、まあ、やれるより高いところは目指していこうかなと思ってます。 So of course we do want to strive for even better, but at this time I think from 1 month of testing and making sure that the game itself runs properly, I think this is what we can show at this time, and then we'll continue to test and we'll continue 新 to シロ sort 疲れ of た improve 日 and です then ね。 apply 疲れたヨスピーとか optimization. 言われてるまあいわゆるヒロシと呼ばれてる彼でやるとこんな感じです。 Of course, our Derplander. でちょっとミコってのサンプルです。 There's a sample of the Mikote. まあ戦月賞のボケ具合が、まあなくなったりですね、髪の毛の柔らかいそのカールの印象とかってちゃんと出てるのと、まあセルフシャドウがボケてないんでね綺麗にかかるようになります。なるほどね。 Of course, you may notice the face paint. The war paint is a lot crisper now. And then, as mentioned earlier, まあで self も変 shadow に実 is 際に寄 nicer. せ I ん think のも it's なっていうのを気にしてんの brings はあ out る the でしょう softness か of ね。 her ヨスピー face. まあこれがだいたい1ヶ月目だっていうのをぜひ認識しておいてください。 Again, just to remind you, this is after testing for about a month. で
こういうまあこの方向性で良さそうよね、やっぱりね、みんなのコメント見てると。Looking at everybody's comments, it seems like we are on the right track in terms of like the direction we want to take it to. そうですね。Yeah, it looked like でララフェルがね一番難しいんですよ。おー、そうなんだ。いや And the 確かにそう、 long こ fill れ was actually quite あ challenging. ー難しいだろうなんかな。リアルにするところがなくて There, no ideas really そう to そう、 make ララ it フェルリアルにすりゃいいもんじゃないもん realistic, ね。いや、そりゃまあそうでも髪かもしれない。の毛綺麗になって、目の周りはものすごく鮮明になって、まあキャラメイクしておけばね、もちろんいろんなパターン作れるとは思うんですけど。But I think 確かにそう。 the hair has definitely gotten more defined, and then the eyes has become very わあ、リアルだ、ララフェ crisp, ルって。 and it 別 looks a にだ lot よ more ね、だって。 alive, so to speak. And with being able to character create, I think it'll have like it will allow for players for a broad range. そうね、肌の感じをどこまでなんだろう、本当にツルツルにするのか、ララフェルは。こう少しそうは言ってもちゃんと肌っていう感じを出すのかは結構ね、調整が漫画難しいところだと思う。的な嘘があるからララフェルが可愛いっていうのが皆さんが求めてるだろう方向性は理解してるつもりなので、しっかり種族ごとにですね調整しながらいきたいなとまあまあ思ってます。そこは心配ないでしょうが。 And it's still a challenge to figure out how do we depict the surface of their skin. Like, do we make it completely like flawless, spotless, or do we actually give it some texture to make it look like skin? We want to believe that we understand what the players are looking for, but it is something that we still need to kind of explore. まあなんて言ったってね、11年も皆さんと一緒にこのゲーム作ってきてるんで、そうですね。皆さんが求める方向は理解してるつもりではありまあます。そうっすよね。 But again, we've been with you guys for about 11 years at this time, so we want to believe that we understand what the players are looking for. ですいません、ちょっとテスト1ヶ月目ということでですね、キャラクターサンプルとしては以上になります。またなんだろう、途中でね、ファンフェスのタイミングとかあればまた途中経過とかね、お知らせしていけたらなと思ってます。So yeah, because we are still in the early stages of testing, as for character samples, that is all that we have at this time. We're hoping that we can continue to update everybody on the status. Perhaps maybe next time we can do it at like a fan festival or something like that. じゃあ改めてですね、そのキャラクター、まずそのグラフィックス第一次グラフィックスアップデートでキャラクターに関する表現のアップデート項目をお知らせしておきます。Okay, so just wanted to recap all of the different elements that we look to update for our first set of graphical updates in terms of characters. まずですね、全体的にテクスチャーを高解像度にしていきます。髪とか肌とか、それから今日ちょっとねご紹介できてないですけど、装備品のテクスチャーの解像度も上げていきます。まさにズバリ出ましたね。 So first one would be higher resolution textures, which includes hair, skin, and we weren't able to show any examples today, but we do want to improve the textures of the 僕なんかそこ gear ま as で気に well. するプレイヤーでもないけど。でさらにですね、これはシェーダーと呼ばれる、処理になってくるんですけど、質感の表現というのを向上させていきます。例えば肌、それから装備品の金属部分、あと布って、布用のシェーダーっていうのが実はあって、Q14 では入れてたんですけど、重すぎて外してるんですね。なるほどね。そろそろいけるだろうということで、布がもう少し滑らかに布っぽく見えるっていうシェーダーなどを今、研究トライしているところです。And then the next item, and this is relating to various shader processing, which is improved material qualities, of course, skin, metal, and fabric. It's interesting because in the 1.0 or like the old version of Final Fantasy 14, there was a shader or like a process that was just applied to fabric so that it would look the texture quality would look like fabric, but it was
too heavy of a load on processing, so we had to remove it in the relaunch. But we're testing various ways to see if we can apply something like that to make fabric a bit more, well, smoother and more fabric-like. And we're still kind of researching and trying out various methods. そしてですね、キャラクターに対してのライティングとシャドウの強化というのもやっていきます。特にね、見栄えに直結しやすいこうセルフシャドウに関してはすごくずっと気になってたんで。And then again, lighting and shadow, better lighting and shadow effects, especially for the player's shadows. まあ皆さんもね、適時お食事入れたりとかね、まあさっきもお話しましたけど、できるだけプレイヤーの皆さんの今のキャラクターに持ってるイメージっていうのが変わらないように、綺麗になったな俺のキャラって思ってもらえるようにしていきたいと思ってます。Of course, again, our goal is to make it so that the overall appearance of player characters will be altered as little as possible. We want you guys to see the graphical updates and think, oh wow, my character's become pretty. で注意点が2つあって、はいまず1つ装備品、信じられない数のアセットがあるのであれを 7.0 までに全部コンバートするのは不可能です。まあそらそうだ。求めてない。 So 2 points of caution. それは求めてないよ。 The gear, we mentioned about updating the material quality of gear, but you know, there's an incredible, unbelievable amount of gear available for all of our player それなら characters. 別のことに And 力使ってもら considering った方がいい。 we'd have to convert them all, we will not be able to get through converting all of the gear by the 7.0 timing. なので 7.0 で新しく実装されている装備っていうのは全て今回のグラフィックスアップデートを経た内容で作っていきます。なのでクオリティがより高いもので全部用意するつもりです。So any gear that is implemented from 7.0 will have gone through the process of the updated graphics. So of course those will be of the higher quality. ただし、できる限りこうプレイヤーの皆さんがミラプリとかをしておしゃれによく使っているものに関してはちょっと優先的にできる限り対応をして、またパッチ 7.x シリーズで徐々にその古い装備っていうのも新しい仕様に少しずつこう対応していけるようにっていうふうに思ってますので、ちょっと数年がかりで全体が上がっていくことにはなるかと思いますが、よろしくお願いします。もうね、新コンテンツとかじゃないですからね。 We understand that there are certain glamours that people use often, so we want to look at those and try to get those done with a higher priority in terms of like which to get to. And throughout the 7.x series is when we will address the rest of the previous equipment or gear. So I'm afraid it will take at least a few years to address all of the different textures. あと NPC です。今回ね、プレイヤーのキャラクターみんなクオリティアップするじゃん。バーンって。NPC 全員も無理だと思っていて、70までには。それはね、無理。 The other thing are the NPCs. ね、別のことに I know 力 we've 使っ talked てもらっ about た方が updating the player characters 絶対 and いい the です。 graphics on those, but I'm afraid we're not going to be able to address all of the NPCs by 7.0. 申し訳ないんだが、クオリティの高くなった NPC とまだなんて順番が回ってこない NPC っていうのが出てしまうと思うんですけど、ちょっとそれも許していただけると助かる。仕方がないだろうね。 So I'm terribly sorry to say this, but you may start seeing NPCs that have gone through the graphical updates and those that have not gone through the updates. But please, your understanding would be appreciated. これをね全部やれって言うと、いやもうじゃあグラフィックスアップデートやめましょう、無理です無理ですってなっちゃうんで、ちょっとちぐはぐっていうのが出ちゃうタイミングがあるとは思うんですけど、それをやっぱり承認していかないといつまでたってもできないと思ってるので、ちょっと許していただけると。なのでちょっとイルベルドはまだ後でいいかみたいな。And if
I were to tell my team that okay, we need to do everything, よりによって彼 then people are just gonna throw in the towel and be like, no, this is 逆に impossible. 彼 So を先にしない I'm と afraid there 的 will be な times at which not all of the NPCs will have gone through their graphical updates, 逆に and ね it might look a little disoriented or 彼も disjointed. 見せ場があるキャラだ But もんね if I don't allow for that to happen, we won't be able to get to it. So again, if you could forgive us for going through that, that would be appreciated. Like ねイルベルドやんだったら他にいいんだろう not get his graphical update as quickly as maybe like the Sultana, but テレジアデレジはっていうお声が結構あるんですよただですね、残念なんとテレジアデレジってプレイヤーのなんだろうキャラメイクで作られてるんで、僕らが手を下さずともあいつ勝手にクオリティ上がってしまう可能性が高い。へえ some people are asking, oh, but what about Telegy 確 Adelegy? かにそうかもな And I realize his expression is part of the ね parts それ that で you ロス can ガールとビエ select ラの when you're 帽子あー creating も your う帽子 character. か So because we're updating the player 公開上で character ヒルディ facial のコメに言われて parts, ヒルディ Telegy イベル Adelegy ダーまた食べいい going to か have his graphical updates いや already. ま So あね he may be an exception to those NPCs. 申し訳ねえけどまあというわけでプレイヤーベースで組まれてるものはね必然的なるほにそうなるんですけど、申し訳ないけどって面白いナナモさんとかはねやった方がいいかなとまあは思ってるんですけど、ちょっそうですねとまだ精査まではしきれてないのでちょっとそういう状態が出るとは思うんですけどよろしくお願いします。そこはまあ仕方ないね So yeah, any characters that are built based on facial parts or body parts that are available for players to utilize will probably be updated simultaneously with like the player character graphics. But there are certain key NPCs that we're also looking at. Maybe the Sultana, but we have yet to sort of assess, and we will continue to sort of explore the options. でまあちょっと今日お見せしたのは繰り返しになりますがテストをスタートしてまだ1ヶ月ちょっとのデータなので、さらなるですねクオリティの向上に向けて他の種族も含めてですねテスト続行していきます。いずれ装備とかもねこんな感じになるよというのもお見せできればと思います。までやるんだね。まあでも But yeah, again, what we showed you was only about a month or so of testing. So we're hoping to provide you with more updates as they come in. Perhaps the other races, perhaps we can provide you an update with gear, etc. in the not so far future. ガンでしょうからね。で、そうだな。あとは結構コメントであったんですけど装備の干渉なんとかしてほしいってあれは正直どうにもならないです。物理エンジンを入れて計算でかわすしかないんですけどそれをやるとやっぱ動かなくなっちゃうと思うのであとやっぱり装備の干渉を許可してる僕がもういいとこれは割り切ってくれって言ってるから今のペースでそのアセットギアが報酬が装備がリリースできてるっていうところもあるので努力はしますが根本的にオフラインのゲームのようにはならないので、そこはすいませんご了承ください。組み合わせのね And I'm also seeing comments about can you do something about like gear or equipment or like player characters like body parts interfering with the graphics of gear equipped gear, and I'm afraid that is something that we cannot address fully. We would have to put in a physics engine in there, and that would cause for some of the characters to not move properly anymore. And plus, I, as the director, have allowed for those imperfections to my team. I'm afraid we're just moving on with it, or else we won't be able to keep the peace in releasing these different gear and the different designs that is available. So I'm afraid we are unable to address it fully to match something that of a like a standalone game. さあでは次がですね、ちょっと BG マップに関わるところもテスト1ヶ月ちょっとのサンプル持ってきました。プレイヤーと同じモデル We have more samples though. This time it's for various backgrounds and like map elements. まずこれは単純に、テクスチャーとかに何も手を入れずに、配置できるライトの数を増やすっていうテストのサンプルです。
This first image is a test of just simply the number of lights we can place in a certain scene without it touching any of the textures or surfaces. 配置ライト数をですね複数増やすとこんな感じになります。So we just added a few more lights in a particular scene, and what you see is in the right side of the image. ライトがですね遠くに左側ね1灯しか焚けないので、ちょっと見てほしいのは手前側にあるデスクに影がほぼ落ちてないのが、右側複数ライトによってちゃんと影が出るようになってるでしょ。So if you look at the one on the left, we なる were ほどね。 only able to place one light source in 本当 the だ、すごい scene, な。 but in the picture on the right, we were able to place multiple いや、 lights 比べると to give it 確 a かに more 違うんだ。 realistic look. And as you can see, the desk is now casting a shadow. これ、まあ、言われないと当然分かりやすく気づかないけど、結構不自然なんさらにですね。1灯追加されてるので、まああそこまで作り込んでたのにライトが当たらないことによって全部黒で潰れちゃってたのが、なるほど。しっかり見えてくるようになるので、これね多分プ違レうもんだな、じっくりなかなか。見ていないとというか受ける雰囲気が変わるのでこれによって。これは気 And づ of かなかっ course, I think one of the key changes that you can see is because we were able to place a light directly on top, you're able to see some of the details that would have been kind of hidden behind a shadow. And so I think with allowing for more lights to be placed, it will kind of give you a better impression of some of the atmosphere in some of these locations. でさらにですね、こちら今の現在の状態のティターニアですね。Next, you see Titania in their current state. でこれはシャドウです。シャドウのテストをお見せします。So this is where we tested out how shadows appear. まあ影に使ってるテクスチャーの解像度と計算を上げていくので、これぐらいくっきり見えていくようになります。反射光がすごい入ることでぐっと映えますね。as well as the calculation formula behind how we're displaying the そう shadow か、影の underneath 解像度が Titania. 高くないと And we believe that we 反 were 射光 able も to 影の一種 improve なん the だよ、やっぱり。 quality and the resolution up to what you see on the right image. イラストの手法だな。複数ライトも置いて見てるので、もう今の14だと左の環境しか作れないんですけど、複数ライトをさらにカラー変えたりしていくことで右のようにね、この比較かなり画像あれですね複雑なライティングの絵作りっていうのができていくようになります。斉藤直樹ちゃんの講座みたいですね。 And as you can see, ね、 we have 左が multiple lights again 投 in 稿者さんの this 作品。これを updated 輪郭を picture, ぐっと and 引 then き plus 立 we たせ put るた some めに colored 反射光を入れてい lighting. きます。 So ではやってみ the ます。 background is exactly the same, and it was actually だから quite intricately さあどうでしょう built, つって but by 右になったみ having たいな these different 違いがあり lighting ますね。 available to shine on it, you can 右 see から the 暖色光が complex 入ることで details that ぐっ was と part of the シルエッ structure. トが生きているのがわかります。ちなみにこれ左のティタニアのストーリー的には左の雰囲気がいいなって言ってるコメントがあるんですけど、実はこの状態をさらにグレードアップさせたバージョンを BG チーム作ってきたんです、サンプルとして。ただ開発者目線で見ないと分かんないからライトの色を赤とかにして複数ライトが混ざってるっていう環境を作ってくれって言って、僕がわざわざデザイナーがセンスよく統一してきたものをバラしたんで、デザイナーのセンスじゃないので、これね僕のプレゼン用だと思ってください。デザイナーの名誉のために言っておきます。はい。One thing I do want to clarify because somebody pointed out they liked the look of the original Titania, where it has that sort of nude with all the muted colors. Yoshida wanted to, or I want to point out that this is the developers actually brought to me an example of what improved graphics would look like with that stayed within the color palette of the original picture, but that's very much in the developer's perspective, and I wouldn't be able to tell the difference of what has improved. That's why I had requested my designer to intentionally place 色相を若干ずらしたライティングにすれば多分 more 左の印象のまま右 just to ぐ show ら an いの example. So don't worry, this is not what we're ライティン trying グ to でき do. るで We're しょう not trying to like destroy the atmosphere. こういうフォロー The を忘れ designer ない was と very 多分 mindful この about 画像 keeping
だけ the 出た tone ら of the ライティング技 story, 術じゃ but なくて雰囲気が I 変わっちゃって wanted るじゃん the 絶 a 対言われま more すもん like overt example. So 左 just の方 wanted to が clarify なん that. かでここでちょっと、鎮鬱な感じがあっていい特に注目してほしいのが画面右の奥、上の方に見えてるステンドグラスのあたりをちょっと見ていただきたいん見えですけど、てる見えてる And すごいやっ one ぱりでも part 反 that I 色 do が入 want る to ことで point out, ス if テン you ドグラ look スの at 上の隆 the 起とかが upper はっ part きり of 見え the るようになりますもん image, ねあれね where the stained これは glass ねイラスト is. レーターこれ左と意識しなき右マゃいけないップのポリゴンは何も変わらないんですね。テクスチャー解像度も変わってないです。So just reiterating that we have not changed これ any 線画は同じなん of で the すよって言っ polygons て that る are よう in な the 話 map ですよね layout. We did not improve any of the 線画は同じ textures で here. なのでライトを変える複数置けるようになるだけで実は BG アーティストたちがこだわって作っていた箇所っていうのがより明確にちゃんと見えるようになるんですよ。左は全部影で潰れてるんですけど、なるほどなるほどちゃんと凹凸あるんですね。なるほど And so this is what I'm trying to show with this image is 言ってる that ことはめちゃくちゃわかるわ。 by being able to place multiple lights in a scene, we are able to showcase the details that our background artists have put into the structure. So above these stained glass, you might see these sort of like tiered sort of molding on top, and the picture on the left, it makes it unnoticeable because it's kind of drowned in the shadows. So by being able to place multiple lights, we're able to accentuate those details that our background team has put into the structure. ちなみにバックグラウンドアーティストたちはライトの追加をやっていこうって言ったらめっちゃ喜んでました。お So when we were talking about adding multiple lights, the background team definitely had a very strong reaction to that. もっと綺麗に映えさせることができるのにって思ってるんだけどこちらは金属表現を、その質感を上げますというサンプルになります。 So next sample we want to show you is もっとやれるのに how we depict like the texture of the 職人の metal. 宿命だよなこちらもですねデザイナーの趣味というよりはですね悪趣味なぐらい変えてくれって言ってるのでそれをご承知おきください。 And of course, this again is supposed to be an example, and so I asked my designer to make it very gaudy at this point. So please understand, it is not necessarily the designer's choice. まあもともとやりたかったけどシェーダーがなくてできなかったのでまあこれぐらいゴールドをちゃんとなるほやっていきますよ。どああなるほどね So up until Laza now, we didn't have the proper関係 shaders to なんて apply, but そうでしょうね。そう we っていう would のは love to improve the look of metallic 頑張んなき surfaces. ゃ For ラ example, ガハン gold の雰囲気に here. ならないっていうの多いでしょうすごいですよねコメントで吉田の家じゃんって書いてあるんだけど俺こんなんだったらもう仕事してないわ。 People are saying, "Oh, is this Yoshida's house?" So I was like, "No, if I were that rich, I wouldn't be working." でもこれ怖いもん吉田の家でじゃん今まで我々は左を金だと信じてまいりましたけど、なんかもうブラスにしか見えないですよね。Yeah, actually, we trusted left side screen is gold up until now, but then now you only see brass. プラスにしか見えない No more. 悲しいまあこういう形で金属の、質感強化っていうのもやっていきます。まあこれはねとても分かりやすい例じゃないかなと思います。Thank you for that. But yeah, again, we're trying to make improvements to the material quality, so the look of metallic surfaces as well. さらにですね続いてはマップに使えるメモリっていうのも、上限を上げてあげようと思っているので、それによってですねより多くのオブジェクトが配置できるようになっていきます。おお And next was to look at the memory resources allocated to rendering a particular area on a map. And I'm looking to raise that sort of cap so that we can place more objects in a particular field. まあこれ左側が現在よくちょっとマトシャと出会ったりするところですけど、こんな感じになってます。これ現在ですね。バレてないです So the left side, you may remember your first encounter with Matsuya. でそれがですね今回このぐらいまではいけるだろうと
うわー、す And げえ with な。 testing, ダクソみたいになって we きた。 are seeing that we could possibly place more objects. すごいな。 like 瓦 these. 礫が多いですね。左と比べてですね、やっぱりまず注目点としてはその1枚のループで作られてたその階段状になってる部分っていうのがそれぞれ素材違いをしかもこう組み合わせでここまでやんなきゃダメかずらして配置したりすることによってこう使い込まれた感とかファイナルファンタジー14でここまでやんなきゃ納得できないかな。 And so in the left, you may notice that it's just a ちょっと repeat. ここまでできない layer な。 of- like a repeat 俺がやる layer わけじゃない on け top ど of ね。 each other. But in the updated graphics, you can see that ちの we 俺 are がなん able か to するわけじゃ place ない。 objects, いきなり大変。 not exactly like on top of each other, but like you can shift it by a little bit. It'll allow for a more realistic depiction of the area has been in use. So this is 作業 actually 工程を quite 考えるだけで it, 具合 it が良く helps な with る like the immersion. であとはその床ですね実は、床の上にもう一枚テクスチャーを重ねてブレンドさせることでですね床のこうひび割れだったり、細かい、あれね、今だとねメモリがないので巨大な床を1枚張ってどうにかってところなんですけどそこをさらにこうそこまでやんなきゃダメか。上げていけるようになる。 And then the floor or the ground, with the graphical update, would be able to add another layer on top to give it more texture and kind of blend it in. So like cracks in the ゴールディーな存在。いや、そうさっきのすごいですね。 Previously, we wouldn't have enough memory, またね、 so 室 we 内さん would just have の to 米がいい face で one すよね。 giant floor グ and ラ deal スに with し it. か見えなくなった。 But with the graphical updates, I think we'll be able to improve on the texture quality as well. そしてですね続いてからちょっと BG でお知らせする最後になるんですが Next is, I believe, the last set of samples that I've seen for the background elements. こちらです我々開発チーム最大の敵自動草って呼んでるやつああ。 So this is one of our レガシー時代にだいぶ arch 叩かれた自動 nemesis, 草 I じゃ should ない say. です These are か。 like these automatically generated 同じ grass. これがですねカットシーンのチェックをやってるとですね割り込んでくるんですよ自動で生やされるんで多分カットシーン作ったスタッフの時には生えてなかったんでしょうけど僕がチェックする時は生えててですねこのジャギジャギがすごい入ってくるんですよカメラに And this is コメント this し is とこ so う。自動 it 草は takes 草 away とか言っ from て。 cutscenes when it barges in. I'm sure when the cutscene team is creating the composition, they don't see the grass because this is just automatically generated after the. 考えることは同 Sometimes じ it's like か。 so close up and it's so pixelated, 草。 and that pixelation is it bothered me very much. 今回もね実はちょっと裏話ですけど、はいまあエルピスでうん。エルピスで。ヘルメスにね、メーティオにせがまれてエルピスの花をこう見せるはいはいはいシーン、夜空ってありましたねあるじゃない。でヘルメスがこう仮面を外す、あそこがですね何度チェックしてても自動草が入ってくるんですよで頭にきたんでもう BG 班に頼んでこの辺もう草生やさない設定にしてくれってあなるほど除草剤を草生やさないで。 So 味がエリアとかも one 後々この behind 水 the 準になるので、いや、 scenes そうですね。 comment I wanted to make when I was looking at the cutscene in Elpis. Sorry, spoilers, but Hermes when he's talking to Meteon about, oh, I want to show you わ the かる。ジャギクサ flowers 本当にまあ in でもあるか Elpis, ら and he ちょ removes っと his その mask. リアリティが担保されてるところもやっぱあるでしょうから、恩 Automatically 恵はあるんでしょうけ generates, ど。 and it gets in the way. So I got so mad. I told the background team, like, can you make it so that you don't have grass being generated in this part of the ground? でそれがですね、今まだテスト中ですがこんな感じになります。はい。 But that will be updated hopefully. Again, we're still testing, but this is a sample image of what it could look like. でまあ種類もね複数持てるようになるので、これね草原から上は何も手入れてないんですよ。向こうに見える木とか全く今のままなんですけど、まあこんなに変わるですよね。おお、本当だ。 So, and plus, we are able to generate a variation of different grass
or plants. And so while we haven't added or modified anything in the background, like the trees and the field in the background have not been modified, the look of it is different because of how we can process these automated grass. これはですね、自動草そのものを入れ替えるので、申請から行月まで全てのマップで故障がやばいよね。綺麗になります。And for this update, we will be replacing the system that generates these grass or plant life. And so this should be applied throughout all of the areas from A Realm Reborn throughout Endwalker. さあではバックグラウンド実はねまだあるんですけど、ちょっとどんな表現バックグラウンドを上げていくかというのをお知らせしておきます。We've done various other testings in terms of background elements, but allow me to summarize again. まず先ほど、サンプルでも見ていただきましたライト配置数の追加、質感凹凸表現ね雰囲気の強化っていうのがこれによって、行われます。So again, we are going to be doing additional lighting points, so improved visual quality, depth, and immersion. クリスタのね、そしてですね影の高解像度化、影の描写を高解像度にすることでですねちらつかなくなったりですね影がよりメリハリが効くようになります。And then higher resolution shadows. 自動保 And so 存が we'd さっ be きから improving め the ちゃくちゃうざくて texture of the shadow and how ま it's あ便利な depicted ん so ですけど that ね it will 時間 allow をね for 伸ばしました。 like flickering, decreased flickering. 作業中にいちいちちょ止まんじゃねえよっと嘆きの海のマップを思い出していただきたいんですけど、あそこ実は雰囲気を宇宙空間にするために、ライトの距離をすごい遠くして、全体の暗さをこう締めるようなことをやってるんですけど、すっげえくっきりしてますね。そうすると影がものすごく長く表示されるんだけど、テクスチャー解像度が低いがゆえにすごいちらついたりボケたりする箇所が結構多いんですよ。わかるかも。雰囲気を優先したんで我慢してたんですけど、そういうとこあれなんかろです逆に良かったよりですけどね綺麗にちらつかずに影が出てくるようになると思います。逆に So if あ you んな would 影の出 recall 方 Mare 月ぐらいなんで Lamentorium and 俺 how 好きだな。 we were trying to depict or make it seem like you're out お in 綺麗 outer な草がね space 綺麗な and 草が make 生え sure てました that ね。 the lighting had been placed in a very distant location so that we 違うゲームですけ emphasize ど、ゴー that スト・オブ・ sort ツシマの of 自動草綺麗すぎ darkness てびっ that くりしたんで、 surrounds あれに追 you. いつけてあげないとで意識してくれるのはとても、Because of なる that, ほど。 whenever you're on the moon, your Yeah, shadow 覚えてない僕。 gets to be very てかまあ long. あんま But やってないからな because まだ the クリアま shadow でしてないし textures were not そっか optimal, あれ you もやっ would ぱり自 see 動草 frequent か areas that would cause the shadows to flicker or it could get blurry. So with the graphical update, we're hoping to improve so that those shadows would come out a lot なんかこの間 crisper. 対馬ハクスラゲーでそして紹介されてたけど、質感ハクスラって言うかな。これもシェーダーでですね金属とか布とかまあそういうちょっとシェーダーも今検討してます。 まあ And で then, も of course, improve ね textures, ハック&スラッ which シュじゃ includes ハック&ス metals, ラッシュなんだ。 fabrics, and we're also trying to consider what other elements can we improve. そして最後にご覧いただいた自動配置植物の強化高解像度にしたりですねあと植生をね種類を増やしたりしていきます。 Lastly, more and better auto-generated greenery, which is increased resolution, variety, and etc. で画面全体にフィルター効果として非常に重要なアンビエントオクルージョンっていう機能だったりフォグいわゆる霧をこう重ねるみたいなそれをフォグって呼ぶんですけどこれらに関しては今テストをしてるんですけどまだちょっとサンプルをお見せできない状態です。 And we're also considering other effects or filters that would apply to the overall PLL screen, 見るたびに思うけど including ambient ほら occlusion や and ってますや fog ってますって言っ effects. ても Now, 結局 those 物 are 見せない still と being tested, but we わかんない couldn't からね produce ち results ゃん that と we 物見せるって can 言ってるん present だろ at う this から time. 大変だろうと思う。めちゃくちゃ雰囲気出るしめちゃくちゃクオリティ上がるんですけどやっぱ画面全体にパフォーマンスの影響を与えるものなので慎重にテストをしてしっかりこれだったら大丈夫だろうその皆さんが極端に PC を買い替えたりとかしなくても
あとオプションでねちょっと切ることで軽くできるとかっていうのをちゃんと用意した上でここまでやれますよっていうのをちゃんとお見せできる。まだちょっと1ヶ月じゃそこまではいけないので、ただこれらも強化はしていきますので、また続報をねお待ちいただければと思います。And we totally understand that it will give it a different sense of atmosphere, or it would really improve the mood if we had those kinds of textures applied or those filters applied. But it does affect the overall performance of the game. So we will need to test it very carefully for sure. So we want to explore our options, but we also want to make sure that we are at a state where we're comfortable and not requiring for so much resources that players would have to like update their PC to an extreme, or be able to provide an option to shut it off if you want to optimize your performance. So I'm afraid we're not able to show you anything as of like a month or so of testing, but we're hoping to bring you updates further down the line. So yeah, if you could please stay tuned for that. さてでは、グラフィックス第1次グラフィックスアップデートの、今日お伝えできる範囲としては、ここまでとさせていただきます。So in terms of the graphical updates and the preparations that we're making for it, I think is all that I have for today's お前それやんの presentation. かよっていう。さあでは続いて、3つ目なんですが、引き続き多くのアップデートこれまでと変わらずですね適切なスケジュールでお届けしていきますよというお話です。So yeah, we will continue to provide regular updates on an appropriate schedule. せっかくの機会ということでですね、ちょっと 6.1 から 6.5 まで現状決まっているものでお知らせできそうなものをお知らせしておこうと思います。So I would like to share information that we are. ログイン人数を意識して行月の影のテクスチャ解像度を低くすぎて気になってたので影のクオリティが上がるのもそうですか、僕全然わからなかった。まずパッチロード1なんですけど、でも、こちら特にリリ月はースタイミングが読み切れないと思うんですけど、皆さん4月ドには出します。ットガタガタになるっていうのはなんかわかるんですけど。So 6.1 series. I understand that it's still kind of hard to see when it's coming, but we are looking at April at this time. 当然ですがメインクエストのアップデートっていうのは 6.1 から 6.5 まで新しい冒険をお届けしていこうと思ってます。楽しみです。Of course, part of those updates will include the updates to the main scenario. We will have a new story with each patch installment. そしてですね全世界から帰ってこいと言われていた、事件や紳士ね、ついに帰還でございます。ヒルディブランドの行月編が、始まります。全然やってないから。Of course, we've heard many people ask for him to come back. This gentleman extraordinaire, Mr. Hildebrand, will be making his return. 新しいサブクエストシリーズとしてですねタタルの、大繁盛商店というのが、連続として始まります。And then, of course, a new series of side quests named Tataru's Grand Endeavor. ちなみにヒルディブランドが最後に目撃されたのはパッチ 5.3 で実装された漆黒決戦ノルブランドでエリディブスによって召喚された中に確率でたまに出てくるんでね、あいつはそうなんだ。あそこですね、最後に目撃されてるのが。I believe the last Hildebrand, last time Hildebrand was seen was in patch 5.3, the Hero's Gauntlet, and this is a random occurrence, so you may or may not have seen him. But when you are doing your Warrior Light battle, he is one of the people that is summoned. さあ、どんな冒険とかね、珍道中になるのか、ぜひ楽しみにお待ちください。But yeah, we hope you enjoy whatever odd adventures that he gets into.
まあどんどんいきます。86.1 まだまだあってですね、アライアンスレイドミソロジー・オブ・エオルゼア12時にまつわる物語ですね。スタートします。おー、アライアンスレイド、そっか、オリジナルだ。Continuing す with げえ patch 楽しみなんだが。 6.1 updates, we will have Alliance Raid, Myths of the Realm, アライアンスレイド part 楽しみですね。 implemented. 本当 This is going to delve into or touch upon the mythos of the 12 gods. そして新 PVP のクリスタルコンフリクトというのが、スタートして蛮族クエストアルカソーダラ続編があって、ゼツは本当お待たせしました、レイドアルカ大好きで、ソーダラなんだ。本当お待たせしたんですが最新ゼツリリースします。蛮族クエは And so next is a new PvP, the Crystal and Conflict. We will have a new Beast Tribe quest, or like a new tribal quest. Arkasodara tribe quests in their dailies, and then a new ultimate content. Thank you so much for your patience. Our new ultimate duty will be implemented as of 6.1. ゲームはねアルテマになりますがもうバランスチェックも終わっていて結構むずいですよ。And of course, we will finally be reopening the Unreal battles. Ultima's Bane will be what's coming for the next battle. We are currently testing this out, but it's quite challenging. アルテマウェポンってもともと結構初期に時間のない中で作られていて、IL が結構みんな上がってるんで、いろいろギミック無視できたりとか、被弾してもそんなになんですけどレベル90でバランス取り直してきっちりアイテムレベル確定させたらねやっぱ面白いしやりごたえあるなこれって感じでした。Of course, when we first designed the Ultima weapon fight, it was in a rush, and then by now, I think people have raised their item level, so even if you take damage, it's not as bad. But with the Unreal battles, we have adjusted the boss fight so that it matches that of a level 90 player. So, and we've kind of finalized the item level. So testing it out, I enjoyed it. It was a very interesting battle, and it's very challenging for sure. でも今ちょっとコメントであったんだけど、蛮族クエストっていう蛮族っていう呼び方やめたいなっていうコメントがあって、確かにそうだね。ちょっと考え直そう。メモっといてもらっていいかしら。はい。表現変えていきましょう。ね、もうだって和解したわけだからね。the Beast Tribe quest, and it seems to 確かに not be very favorable to call it that. I know we're trying to shift it to say tribe quest, or like we're just calling it by the tribal name in the English, but we are going to try to figure out a better way to phrase it. そして絶なんですけど、まあめっちゃ調整続いてるんですけど、多分一番難しいと思うんで、やる方は覚悟をしておいてください。キマルさんが多分やる。 And I want to backtrack a little bit to the ultimate duty, the new ultimate duty, and we're balancing right now and making adjustments, but it's quite difficult. So if you're up for a challenge, that's fantastic. But yeah, it's going to take some. It's going to again be 14の映 challenging. 像クオリティにはいろいろ不満を感じていたので、公式でもそのあたり意識してくれていたというとても嬉しいです。やっぱりでもそうなんですね。僕は全然あんまり気にしてなかったので、僕はメインシナリオをやったり、ハウジングの抽選に応募したりとかすると思うので、2週間空けて出す。でもやっぱりそういう声もきっと多いんでしょうね。We are hoping that players would enjoy the main scenario first, and then 6.1 is also when we open up the Ishgard housing. So I'm sure people will want to sign up for like housing plots. いや、俺最近なんですけど、we're going 結局 to Steam や wait れるよう 2  になった weeks から、 after the launch of the major 海外ゲ patch ーと and か then 見 release てみ the るとね、 ultimate. やっぱりすごいなっていう時多いですからね。まだまだグラあってですね、フィックがね。6.1、さっきお伝えしたメインクエスト ID のフェイス対応 2.0 範囲やって、それ以外のID もちょっとグラフィックスの調整とかいろいろやってます。So continuing on with the 6.1 series updates, so the main quest, the trust system for A Realm Reborn patch 2.0 main scenario dungeons.
そして新しいリワードシステムとしてですね、キャラクターカードっていうのの、システム実装が、ドーンと始まります。And then a new calling card style UI. So this is going to be a new reward type system that we plan to start implementing. まあこの辺の詳しい内容はね、3月4日からのまたパッチ 6.1 特集パート1パート2の方でお伝えしていきます。そしてお待たせしたロスガールの、新髪型対応がスタートとなります。So for this グラフィックがね、 calling card style UI, 一世代前 this is something that we'll の言う cover て in グ our ラが next あれだよねと next か言われる two のもやっぱり悔しいでしょう live からね。 letters. There's one definitely planned on March the 4th, and we'll do like a 6.1 feature, part 1 and part 2. So we'll delve into details at that time. So next item would be new hairstyles for Frothgar. Thank you so much for your patience on this. ゲハとかでそしてバカにされるハウジング石かもしれない屋ガールドハウジングが開き、お得意様取引はなんとアルフィノ・アリゼのお母様であるアメリアンス編とおおマジか。 The next two items is the opening of Imperium or Sponsor Ishtar とお得意様 housing, and then 取引。 custom deliveries. You get to meet 暁の with スポンサー Alphino and アメリアンスの Alizé's mom, Amelians. これは嬉しいですね。新 PVP はいつですか、またちょっと PLL で詳しく言いますけど、6.15 を予定してます。はい。無人島は We had a question about when is the new PvP going to go live. Again, we'll cover this in the upcoming other PLLs, but we are looking at 6.15 timing for that. それ以外にもですね、透滅戦など多数のものが、透滅戦名前言えないですけどありますのでぜひご期待ください。ここまでが6.1 のざっくり概要です。はい。And of course, new trials, we can't say what, but other 無人とか assorted 人クエス updates ト are planned for the 6.1 series. アジンもね場合によそっはしてて続いて差別用6.2語じゃないですがこんな感じになってて、一番の注目はやっぱりお知らせしていた、無人島開拓が 6.2 からスタートになります。ちょっとでもね。So next up is the それはちょっと 6.2 ポリコレ series. 的な This 発 is 想って one いうよ of りは the large, その like エオルゼア the の人たち anticipated が content, I もう believe, 満足 is と the 半 island ば分かり sanctuary. してる That's when ところ we're が多 going いか to ら start opening this up. その上で満足って呼ん昨日全でたら体を一通りチェックしましたけど、おかしいめちゃくちゃでかいんで規模。だいぶね組み上がってるんでもロールクエとかそうですけど I had the opportunity to check the overall sort of content yesterday, and メインクエのコボルト族とか quite large scale, but I think it's coming along nicely. またちょっと今日は時間がないのであれですけど、詳しく説明する機会は取ろうと思いますが、基本的には外の世界と全く異なるそこだけで完結できる遊びになってますし、ゆっくり本当にゆるくやれるので楽しみに待っていただけると嬉しいです。So I'm afraid we don't have the time to cover it today, but we will take the time at another opportunity so that we can explain the details of this. But it is going to be a different sort of area that you can enjoy, and it's a very self-contained sort of content that you can enjoy. で2.x 残り新生オルゼアの 2.x シリーズのメインクエスト ID を全部対応し、想定編にも突入します。あとは強化コンテンツの新しいシリーズをスタートしますとかですね。So going back to the earlier bullet points, we will be applying the trust system for the 2.x main scenario dungeons, maybe partially into Heavensward. It says here. そうだ、もうね多すぎて入れてないんですけど、ミラプリの拡張もね 6.1 から第1弾始まるんで言っときます。Oh, we also want to mention we will be expanding on Glamours. Glamour ミラプリのミラプリはグラマープリズムの方で。メインはまだ触れてます。やっぱりそうですよね。漫画を富様やらないね。プレート増やす 6.2 でしたっけ？So glamour related updates. I'm sorry, I wasn't sure how to phrase it, so I squeezed it out of Yoshida-san. We will be addressing and expanding upon glamour plates as part of the first glamour related updates in 6.1 series. エアが抜けちょってときて全部書ききれないけど、いつもの討伐透滅戦のノーマルと極があるとかいうのは、いつも通りやっていくので、その辺は書かれてなくてもあると思ってもらえると助かります。はい。
And of course, 時 we 間 will をしてる have 中 whatever 質問 content に that 反応しようと you して can expect in a 大変 patch なことに update, な so って like new trials, etc. It's not written here because we couldn't fit it all in the そこはい slides. ちいち聞い But, てくんだよ yes. ところあるのか数増やすトライもしてるからごっそりどっかのタイミングで増やす急いでんだよこっちはって And we're also looking at like how to expand upon like the number 満 of 足っていうのをやめようって sets 話してるけど stored. はいはい So, ポリコレみたいなチャットのこそ人が we're ちらほら hoping 言 to って find び an っくりします opportunity ね to ま do あ that update, 無理もない like ですけど like not an 今そういう overhaul, 話 but 題 like っ an update て on that as well. ポリコレの話にしがちさりげですけどなく書かれてる新しいこの 6.2 からこれに関しては新しいバトルコンテンツそのタイプがストーリー上の問題だったりするし違うコンテンツを今開発中です、そこは冷静になってほしいです And よ then ね the fourth bullet point, it's just kind of snuck in there as part of like the updates, but it's a new thing that we're trying to do. 何もその社会的に It's と a かの dungeon 話し with てるわけじゃない variable difficulty. わけじゃないですかこれ難易度可変ダンジョンって今開発コードネームなんですけど、1人から4人でチャレンジできて、1人で行く2人で行く3人で行く4人で行くっていうので自動的にそれに合わせて難易度がコントロールされるっていうチャレンジ型のコンテンツになります。へえ And so the Deep code name Dungeon. that we're using here is like Criterion Dungeons, but まあ so それに you 多 can 分 attempt this with そのヨシピ 1的に to は 4 people. 同時 And に what makes it ポリコ variable レ is 対 that 策 if you として go の in, depending on the number 効 of 果 people も you go in 少し with, 考 so え one たんじゃない person, かと two 僕は people, 思い three ますけ people, ど four people, あの the 満足の故障に関 difficulty して sort ね of varies. It will automatically そういう scale. 態度 So を出 it's しと a, くっ like て a いうのは content あの where players なんていう can か sort of 2こそあれ challenge 悪いことではない themselves. のでそんまあ、なんていうかこちらも組み上がって二になりこそすれは来てるんですけどまだ調整いろいろチェックやってたりするんで、まあ、6点に近づいてきたらしっかり特集していきたいと思います。責められる言われのない It is coming along nicely, but and we're still running checks on the content. So please stay tuned for new information as as they become available when we can talk about 6.2. どっからね炎上させるかそして分かんないからなので6.3今になるとですね、メインクエストの ID フェイス対応が争点編をここで完了させる予定です。And then moving into 6.3, so we continued to add more trust NPCs. We should be able to address the remaining main scenario instanced dungeons in 人 Heaven's 権の話とかねでかいのはですね、まあ世界中からですねディープダンジョンシリーズの新しいのがやりたいというお声をたくさん頂戴していたので、今企画をやっている最中です。6.3 で、ディープダンジョンシリーズの第3弾実装予定です。And then players from around the world had asked about when do we get a new deep dungeon. And so we are in the planning phases at this time. We're hoping to launch the third in the series of deep dungeons at 6.3 series アイ timing. テム悪かったしそしてですね、すでに、開発スタートして進んでるんですが、Z シリーズの第5弾を、6.3でリリース予定です。And then we are already starting to make plans for this, but we do intend on adding one more ultimate duty. So this will be the fifth one in the series. そしてですね、6.2 でリリースされた、無人島開拓のアップデートももちろん行っていきます。And then, of course, because we will be opening up the island sanctuary as of 6.2, at 6.3 series timing, we will continue to update it. でまあ、4と5はちょっとパチ 6.4 と5はまとめてのご紹介になっちゃいますが、この4と5でグレン編のメインクエストアイテムのクエスト対応を全部終わらせて、まあ、これで、ストーリー上に登場する ID は、全部対応が終わる予定です。おー And then next page covers both 6.4 and 6.5 series, but by this time we aim to complete the trust system implementation into all of the Stormblood main scenario dungeon series, and so that should get through all of Stormblood. で難易度可変ダンジョンと呼んでる新しいバトルコンテンツシリーズの第2弾とか第3弾も入れていきますし、無人島開拓の開拓エリアを追加したりっていう予定ももう当然ね、我々長期計画で進んでいるので予定されてます。
And then, of course, our Criterion dungeons will see an update. We should have numbers 2 and 3 implemented. And then for Island Sanctuary, at this time we want to expand upon the area. So we'll have an additional area. でですね、例えば青魔同士のレベルキャップをどのタイミングにする、解放をどのタイミングにするのとか、そういう状況を見ながら調整しているものに関してはどうしてもまだ言えないので、それらもちゃんとどっかのタイミングでやっていきますんで、またそれぞれでですね、パッチのこう特集をお待ちいただければありがたいなと。やらないとかいうわけじゃないんで、ここに書かれてないものは、まだ詰め切れてないものはちょっと言えないので、さすがに、まあ、この辺りはもう全部確定しているのでお知らせしております。こうやって言わないと言われるんだ I'm ろうな。 sure some of you might be wondering 何言っ about てねえ okay, けど when ね is the んだよ。 next time the Blue Mage is going to have their level cap うる increased. さいよな。 And some of these 言わなかっ items たけど we やんねえん need す to か。 monitor the situation. And so I'm afraid we aren't able to determine exactly when this is going to 待ちなさい happen. よ。 But we do intend on doing it. We will share more information when we are going to do like a patch specific like updates, live 俺 stream. やってきたから Please note that even if it's not written in 大事 the っていうか document, it doesn't やって mean きたから that 素晴らしい we're んだ not けど going to do it. So yeah, there might be information that we're still in the planning phases and we weren't able to solidify どう at でも this いいんだよ time. みたいな So 気持ちになることあるよ俺も。 we will continue to look at the various existing content and provide updates when we can. まあなんかパッチ情報を出すとみんな細かいところあれはどうまあこれはどうそうなりますねってやっぱりなっちゃうね。まあ皆さんが思ってることは基本的にやっていくんで大丈夫ですよ。カイジ最近読んでた I らさ see that people in the 利根 comments 川 are がさ talking about various granular areas. その年になっても of いつまで経っても patch お前ら updates. は And I think 質問すれば it's safe to say 答えが that, 返ってくると思ってる。 things that people, いいか we know 大 people 人 are は質問に答えた expecting り in し a ないみ regular たいなある update セリフがあ will っ more て than likely be included. So I 聞け want ば to お make 前 sure は that 自分たちは答えてもらえ yeah, ると don't 勘違い be してる。 worried. まあアルカスソーダラの次がいや確かにのはどうなるの種族ってどうなるのとかもう全部決まってますちゃんとマイパッチやってくるまああれかなこれかなって思いながらぶち殺すぞゴミメラみたいなね。 And the tribal quest beyond そもそもだ。 Arcasagara is I'm sure a 今 mystery, お前の but 質問 we に have 答 a えたと plan. して We そ do have の like which 答えの真偽は group to お前はどう判断 focus す in るつ on, もりな and の。 we do want to have available per 私の each 答え of が the 合ってる patch. 保 So 証は it'd be ど great こで if you 確信す could るんだ。 wait or not wait, but like speculate, kind of imagine which tribe will we be focusing in. 嘘なんて簡単にあとつけるんだゴールドソーサーみたいな予定してるんですけ話ねど。4になるか5になるかまだ決まってないんでちょっと待ってください And we do intend on making but gold Tone saucerが- Toneがやっ updates, ぱり but 言 we うことが still 違うな haven't と思いま determined し if たね。 it's going to be 6.4 or 6.5, so that's why we're not mentioning it at this time. ぶち殺すぞさあというわけでまあ変わらずですねモリモリでやっていきますよというお知らせでしたね。ヨシピは But そんな yeah, こと言わないで just しょう wanted けどね。 to go through all of these roadmaps 持ってるかも just しれないよ。 so that we know that we continue or we plan to continue providing very hefty updates. ただですね1個皆さんにこれを踏まえてですねちょっとお知らせをさせてください But with that being said, allow me to make one announcement. メジャーパッチの家をサイクルに建てられるとしたらついてです私もとうとう家持ちまあそうです And ね。 this is regarding いや、建てられる the と思うけど。 major patch cycle. これまでですね申請スタートからですねまあずっとできるだけこの 3.5 ヶ月に1メジャーパッチ配信っていうのをまあ目標に掲げてやってきましたあんまりこだわんなくてい So いん of じゃない course, since the relaunch as A Realm Reborn, we've tried to keep this pace of one major patch update per every 3.5 months. でこれをですね本当申し訳ないんですが2週間プラスしてですね4ヶ月にさせてくださいいい全然。
And I'm terribly sorry to ask you of this, but we need to extend it by 2 weeks, and so we want to change it so that it's one major patch every 4 months. でこの2週間って何かっていうとですね、まあ我々開発内では実装期間っていうのと調整期間っていうので大きく2つあるんですけど、この実装期間にプラスあと1週間、それから調整期間にプラスあと1週間の時間をいただいて、まあ、マイメジャーパッチを 3.5 ヶ月でなんとかやってきたのをちょっと4ヶ月、まあ、プラス2週させていただけると助かります。いいんじゃない？ So of course we have periods of our development cycle where it's development and then implementation, and various adjustments, fine-tuning that we 例えば do. 客がね、 So 何 those でも 2かんでもいいん weeks じゃな that い、いいん we じゃない、 ask はいはいって言ってたら、 of you for your 開 patience 発の方も is ちょっとだれ 1ちゃう week から for ね。 additional ブブブ implementation, ブ言う人は and ちゃんといた then 方がいい。 1 week one week additional for ちゃん fine-tuning. とや So って that んだよ makes って it ね。that 3.5 months now turns into 4それやっ months. てきたからでです14ね、もね。夏季休暇期間とか、まあ、我々やっぱりサマーバケーションスタッフに渡したりですね、年末年始やっぱり家族とねゆっくり過ごしてほしいっていうのがあるので、まあ、夏季休暇期間とか年末年始の場合には、まあ、これにプラス1週間ねさせていただくことがあるかなと思いま休ます。してあげて。 And in addition to that, we do have breaks, like summer vacation or summer holidays, New Year's holidays. I'm sure people have family they would visit over the holidays. And so, for those holiday seasons, we might see an additional like 1 week's, not delay, but like 1 week's いやでもこうやってやっ added ぱり as ちゃんと言 well. っといた方が、まあ、やっぱりここまでそいいの前半の10年間っていうところでもハお伝えードルもしましたけ下がるど、相当みんなの開発チームずるいこと言えばのモチベーションっていうところに頼ってやってきたところがあるなと思っていて、なるほどね。まあそれは僕自身のこう稼働の高さも含めてなんですけど、まあ、休みたいというよりはやっぱり適切にみんな健康で健やかに開発に取り組むことでよりクオリティも上がっていくだろう。ほんまそうっすわ。まあ事実足りてない無理をしてきたっていうところもあるので、ちょっとそれが理由になってます。本当健康診断で引っかかったりとかするからね。 As I explained in the first half, when we were looking back at our first 10 years, we really depended on the motivation of each of the 知られたら developers 何 that でも are な on ん the だ team. なマジで。 And me included, I was moving around and very 死ぬっ hands-on ていう with こ my とはそんな team. に珍 But しいことじゃないから looking な。 at 特 our にこんな業 schedule 界 and だ how と we ね。 work, I do want my マジで team 気をつけてもらわない to と be 本 healthy 当に困るよ and な。 be able to sort of maintain a good level of quality because they are taking the necessary breaks. And to be honest, there were areas where we might not have performed as well as we should have because some of 現 us 状大 may 変 have そうだ been し、半 pushing 年 too ごとペー hard. スでもいい。いや、本当ね、パッ That's チなんてそん the なに reasoning ね。 behind why we want additional time. いや、でも、非常にね皆さんやってたらまだってなるかもしれないしな。とても嬉しい。特にスタッフの健康とかね気遣っていただけてるんでとても嬉しいんですけど、まあ、これまで 2.0 からねなんとか 3.5 ヶ月でこうやってきたそのこのまあそっか実装10何週調整何週みたいなのでまあやってきたんですけど、ちょっとね比較を持ってきました。 And thank you so much for the kind comments regarding our staff and making sure that you're showing your concern to our staff members. It really warms my heart, and I'll make sure to relay that. But considering what we've been doing in terms of providing an update every 3.5 months since 2.0, and we work with a schedule like such and such weeks for implementation and whatnot. So we put together this comparison chart for you to take a look. まあこれまで、比較、開発、調整、デバッグっていうのを、まあ、3.5 ヶ月でやってきてたんですけど、Of course, our development largely is broken down to planning, development, adjustments, and debug. And this is some of the numbers that we've pulled up. まあ、パッチ 3.3 の時が左の列、5.3 の時が右の列です。
So the column on the left is patch 3.3 series timing, and then the column on the right is patch 5.3 series. まあ、コンテンツ数がねそこまで極端にってわけじゃないんですけど、やっぱジョブ数がまずね11だったのが18になってたり、ボス数が作ってるボス数がもう17から23って増えてるんですね。これ当然調整コストめちゃくちゃ増えてるんで、ジョブ数の増え方がやばいな。So, I mean, the number of content, like types of content, may not have varied over the years. But if you look at, say, like the number of jobs, from patch 3.3, 11 jobs, we've now jumped up to 18 as of 5.3, which means a lot of different balance adjustments for those. Number of bosses have gone from 17 to 23. もちろんね開発スタッフっていうのも皆さんからいただいた月額課金で、まあ、どんどん採用してどんどん増やしていてチーム規模も当然上がってるんですけど、じゃあ人が増えればそんなに簡単に僕ら工場製品作ってるわけじゃないので量産が上がるかっていうとやっぱりそうではない。トレーニングも必要、経験も必要、やっぱりそんなスーパーエースたちが中川とか須藤とかがバンバン育っていくわけじゃないのでOf course, with 最終的にそれをしかも統率しないと意味ないですよね。好きに作ってっていうならともかく全体の調整取るところで strengthen our team. We were able to hire additional staff, and so our team has definitely grown. But I mean, we're not in a factory manufacturing, like. We're not an assembly line. So we require training. We require for our staff to gain experience. Not everybody is a super ace player like Nakagawa or Sudo. 例えばこの開発チーム運営チーム三角形だとした場合に、この三角のスケールはめっちゃ大きくできるんですよ。はいはいはい。だけど結局上の方に行くと、どこまで行っても最後は頂点はディレクターとかプロデューサーってなってくると、ここがやっぱそんな簡単には増えないんで、まあ、何でもかんでもたくさん調整もチェックもせずに出すってわけにもいかないから、まあ、吉田を別に分身させろとかその培養して増やせばって考えもなきにしもあらずだけど、ちょっとまだテクノロジーがそこまで追いついてない。マジレスじゃん。So if you would imagine our sort of team, I guess, our staff, or how we're organized as like a giant triangle. And of course we can always scale the triangle to be larger, but I mean it's still a triangle, so the tip is very small. And when you get to like the director and producer level, I mean we train fantastic people, but like it doesn't grow in numbers as much as like when you scale the lower part of it. And there still requires a lot of adjustments that need to be applied on the things that we do create. And of course it would be awesome if we can create like multiples of Yoshida. Maybe if we can clone him or like I don't know. But still it is quite a challenge. 吉田にハイデリンキックして分割しようって言われてるけど、それ薄くなってんじゃん一吉田。24個に。そうだね。Somebody's saying, perform the Heidelin kick on Yoshida and sunder him. Then we'll have 14 of him. But then wait, no, but he's sundered, so he's like thinner. Like you have a diluted version of him. いやいや、まあでもね、例えばそのカットシーンのテクノロジーがやられたね。そうでテクマジレスしちゃったよ。自動送りしていくと、そういう話じゃねえんだ。4時間30分になってるんですけど、まあ、当然ですけどそのいただいた利益で人も増やし、いろんな会社さんにお願いして腕のいい人たちにたくさんカットシーンやっぱ作ってもらってるんですけど、どうしてもねディレクションする側っていうのの人数は限られてくるので、それでも倍増近い感じですし、極端に言えば最終的にはヨシピーが全部チェックしなきゃみたいな話になってくるわけですよね。We went from 2 hours 25 minutes to 4 hours and 30 minutes, and this is like if you let the dialogue autoplay. But I mean we have brought on many talented people onto our teams, but we still require somebody to look at the product that they create, and there needs to be a director that makes sure that we're aligned. もうなんか面白い、もうなんか
能力の薄い吉田ただのやからやんけってComments still going on about Sunder and Yoshida, like, well, but what if he's like that's not like a low quality Yoshida. It's just a man. ジャラジャラさせてというわけでね。ですね、これからもちょっと今日お伝えした内容 7.0 に向かっていろいろやっていきます。パッチの物量というのも頑張って作っていきますし、クオリティとか調整というところも妥協なくねまた進めていきたいとは思うんですが、まあその分ですね、ちょっとこれまでのパッチサイクル3.5 ヶ月にプラス2週させていただいて4ヶ月っていうサイクルでですね、ここから先人がゆっくりまだまだそういうことですよ。楽しみにお届けしていゆっこうとくりになっ思ってますちゃって。But yeah, we are making 頑張るん various だ G plans leading up to 7.0, and we still want to continue bringing you the different patch も updates. う And so 仕事効率も with クオリティも14分の1になってるっていう。 elements that イ we ベントするかそういう implement, ことが as 言いたい well わけで as すから the ね。 balancing that we do, the fine tuning, we don't want to やめるんだ G compromise any of that. That's why we do want to continue producing 俺た the ちも頑張ってるんだ patches G to the quality that we hold ourselves up to. So we do want to ask for that initial 2 weeks so that we will have 誘 a 逆が the 始まってしまう。 4-month patch cycle. But we will continue to bring you regular updates. まあ本当にあと10年やっていけばとてつもなく長い旅になると思ってます。皆さんとね一緒に今度は20年歩んでいこうってことになるかと思います。And we strive for another 10 years. This is our goal. And I'm hoping that we will get to a point where we will be celebrating, or like we will be looking back at our journey in our 20th like anniversary. まだまだやりたいことね、チャレンジしてみたいことあります。驚いてもらえることやっていこうと思いますので、ぜひこの先もですね一緒にまたボッティン作っていただけると嬉しいです。はやな。 We do want to do more, take on more and more challenges, bring you more surprises. So I want to continue building this together with you all. So yeah, it would be great if you could continue to keep with us. はい、では前半。はい、ありがとうございました。Thank you very much. So this is all about the first half of today's Letter Live. 今日の前半、プロデューサーレターライブの前半戦はここまでとな1個忘れた。ります。どうぞ。 DC トラベルはいつが結構今のところ予定 6.18 かなで予定してますんで。 Sorry, one more thing. We did see a lot of comments about, so when is data center travel going to be implemented? We are currently looking at 6.18 timing for that. はい、ありがとうございます。Thank you very much. ではこの後休憩に入るんですが、ですね、今日は後半戦は、通訳は別の方にお願いすることになっておりますので、あゆみさんがここまでとなります。So before going to break, because we have another person for translation for the Q&A part. So that's for あゆみさん today. So あゆみさん皆さんに一言多分まだ作業をしてるんで。はい、長い間お付き合いいただきありがとうございました。Thank you guys so much for your patience as we navigate through all of this. But yeah, I will see you guys some other at another opportunity. ありがとうございます。Thank you very much あゆみさん。まあ僕がね安心してこうゲームシステムの話っていうのを全世界の皆さんにこういつもの調子でお届けできるのは、本当にあゆみさんの高い翻訳スキル、特にね僕の性格を把握した上でのやっぱりトランスレーションがねもう長くなりますのでね、僕らこの内容を通訳できるんだっていうのは毎回思うよ。いつもありがとうございます。ありがとうございます。ここをどうやって訳しましょう。僕が言えばいい。吉田さんは Yeah, Thank because you. Ami-san really knows Yoshida-san's characteristics very well, so it's we are very relying on Ami-san's translation for 自分のこと褒めてる内容だからちょっと訳しづらい Thank ん you very だ。 much, Ami-san again. Thank you. はい。では今から休憩に入るんですが、40分再開。So we want to restart the latter part of the letter live at the 1:40 p.m. Japan time, which is in 20 minutes.
でですね、今日の休憩のお供をご紹介したいと思います。So, during the break, we have two videos today for you to enjoy. 20分あるから1本ならいいやと思ったら2本あんのかよ。Yeah, we have a 3-second digest preview of all the songs from the upcoming Endwalker soundtrack and a time-lapse video of mosaic art we created live using screenshots that we were submitted by our players during another broadcast。2本ありまして、1本目は、先日つい最近公開しましたエンドウォーカーのサントラが出ます。それの3秒ダイジェストの全曲紹介の、トレーラーがありますので、そちらをご覧いただき、その後ですね、これも先日ご紹介しましたが、別の生放送企画でモザイクアート、皆さんからお送りいただいたスクリーンショットでモザイクアートを作るという企画がありまして、神木隆之介さんのラジオでそれのタイムラプスビデオがありますので、そちら2本続けてご覧いただいて、また1時40分から再開したいと思います。それでは休憩です。ビデオをご覧ください。どうぞ。じゃあいやーもう最近ずっとこれ聞いてる。もうこれしか聞いてないんですよ最近 BGM。全く飽きないんですよ。そしてよし食事してこよう。よっしゃ、僕もちょっと、食事をしてきます。ヨシピが10分の1ヨシピになったり、非課線の半分が自分を捧げてヨシピを再生させる晩春。いや、まあそうですね。でも、ハイデにも来るかもしれないしね。ダメですっつって。もう必然なんですって言って、こんな無茶な仕事させたらこうなるに決まってるんですっつって。何の話なんだよ。失ったものをね、もうちょっと取り戻そうっていう発想はダメなんだ。進化じゃないんだ。ね、ボロボロさんね、さすがかっこいいですよね、ああいうとこね。よし、じゃあ僕もちょっととりあえず一旦切るか。45分からっつったっけ。20分ぐらいならいいか。今何時間 ?2 時間半ぐらい。まあこれつけっぱなしで食事だけしてきますよ。じゃあマイクは切りますけど、まあ休憩ということで、まあまあのんびりしていきます。まあ適当に再開してると思うんですけど、差し当たりちょっと食事行ってきますので、米をちょっと残していきます。
はい、戻ってまいりまはい、たした。だいまです。第68回ファイナルファンタジー14プロデュースされたライブをお送りしております。So, welcome back to the Final Fantasy 14 letter from the producer live number 68。で、後半戦は、ここからのお時間は、Q&A セッションということで、行月のフィナーレをプレイした経験から皆さんに質問をお送りくださいということで、事前にフォーラムでお送りいただいた質問をもとに吉田さんに答えていってもらおうということになっております。So for latter part of the today's letter live, we gathered lots of questions of all of you from the global players on official forums based on your gameplay through the Endwalker. So we have 吉田さん to answer your question.ということで吉田さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で後半戦ですが通訳にはローカライズチームのケイトさんにお越しいただきました。So for latter part, 吉田さん 's voice will be covered、by ケイトさん from our localization team。皆さんにご挨拶お願いします。はい、ローカライズのケイトです。よろしくお願いいたします。Hi, I'm Kate from the English localization team. イエまあ緊張してると思うんでね。はいで、まあちょっと注意点を3つね、言っときます。まずですね、今回、行月のフィナーレをプレイしてということでですね、設定に関わる質問とかすごい多いです。なので、ネタバレ炸裂しまくりなので、クリアしてねえぜっていう人はですね、ちょっと、後日クリアしてからご覧いただきたいです。Okay. So first of all, Kate's probably pretty nervous. Yes, I am. So we'll distract from that by talking about something to watch out for. If you're about to watch this session, please know that we have a lot of questions about the plot and lore of Endwalker. So if you have not finished Endwalker, you're going to get spoiled. So maybe come back to this later when you're done. でもう一個はですね、設定間違いがないようにですね、今回いただいた質問はですね、私、ちゃんと石川夏子と、小田万里とですね、話し合っておりますので、ちょっとたびたびちゃんとメモを読む可能性がありますので、下を見る可能性があります。And also, I'd like you to know that in order to not make any mistakes,when talking about this complicated lore, I did talk to Bonnie Oda and Natsuko Ishikawa before coming here, and I made a lot of notes. So if you see me obviously reading off a paper, I'm checking to make sure I don't mess up. でですね、3つ目なんですけど、ケイトさんをね、意外とご存じない方が多くて、ちょっと、まあ、今回ね、まず、まあ、ここちょっとあなたが翻訳してほしいんですけど、まずね、ローカライズチーム、ものすごい稼働をしてですね、めちゃくちゃギリギリのギリギリまでハイクオリティにね、努めようとしてくれたので、まずまあ、どうしても日本語チームがこう言われやすいんですけど、本当にローカライズチーム主力を振り絞ってクオリティ叩き出してくれたので、まずそれのお礼を言いたいです。ありがとうございます、本当に。はい、じゃあ、I take a translation for this part, and then for the localization team, they did their super hard work until very, very last minutes. I mean, until the launch of the Endwalker. So, I mean, we tend to receive lots of the appraisal voices to the Japanese team, but Yoshida-san would like to take this time to thank you to all the localization team members. Thank you very much.でですね、特にね、ケイトさんの場合、まあ、北米の皆さんがね、よくね、こう、レディットとかで、講師ってなってるんだけど、漆黒のヴィランズも、行月のフィナーレも、ケイトさんがメイントランスレーターなんで、英語は。So also, Yusa-san would like to address one thing that, since Shadowbringers, especially on Reddit, people are excited about, hey, Koji, yeah, he's great, Koji. But the truth is, since Shadowbringers, that Keito-san is the person who is taking the lead of the English translation. いや、もちろんね、コージだって、作詞協力だったりとか、まあ、ケイさんが悩んだ時にコージが相談に乗ってたりとかっていうのはしてるから、別にチーム離れてるわけじゃないんだけど、今メインほら、第三開発事業本部もう一個 FF 作ってんじゃん。まあ、工事はちょっとそっち側もね、なんで、はい。So, Koji is still in the team, and then he is actually doing the supervising, and then Keito-san take lead, and then Koji is still doing the writing of lyrics of some songs, and then sometimes Keito-san is asking Koji for his advice. But as a whole of the business, development. BU3, Creative Unit 3. They are working on the other Final Fantasy title, and then Koji is kind of busy for that one. So, he is still
working with us, but I mean, the main portion for him is something else. いやほらね、こういうことを言うと、ほら主力は16かとか言う人いるけど、漆黒行月とクオリティ下がってないでしょ、全然。なんでまあ先に言っちゃうとね、まあワーワー言うからあんま言わないようにはしてるんだけど、まあ一丸となって第3全体で14も16も作ってますって思っておいてもらえると嬉しいかな。はい。So yeah, why we didn't say this, I mean, beforehand. I mean, when we say this beforehand, I mean, we know you are, some of you are saying, hey, the BU3, I mean, the dev team are working more on 16, and then, I mean, 14 is left over, but that's not the fact. And then entire team are working both on 14 and 16, and then that's the thing. So, and then, you know, the both Shadowbringers and the Walker has a super high, I mean, comments and then appraisal. So, I mean, she's actually doing very well. はい。というわけでじゃあ質問パートに入っていきましょう。はい。それでは質問 Q&A の方に行きたいと思います。はい。So, let's move to the Q&A. So, the first part is scenario and lore stuff. 最初はシナリオ設定に行きますので、ネタバレの方向でございますのでよろしくお願いいたします。お願いします。So, the first question is, システムを説明します。私が英語で質問を言って日本語で質問を言います。はい、その後吉田さんが日本語で回答したものをケイトさんが翻訳してくださいます。はい、So let me quickly explain how it works. I read the question in English and Japanese, and then 吉田さん answers in Japanese, and Keitoさん translate it into English. Yep. Okay, the first question is, I'm wondering what Azim was up to during the final days. Did they hear about what was going on from Bina?And how did they end up parting ways with M. Silk and Hitodeas? Will we learn more about Azem in the future? 古代世界を襲った週末の際、アゼムがどのように過ごしたのか気になります。ベーネスから週末のことを聞いていたのか、エメトセルクやヒトロダイオスとどう別れたのか、今後アゼムについて語られることはあるのでしょうか。まあベーネスからアゼムの座を託された、人がね。まあ古代を襲った週末の際に何をしてたかっていうのは、まず秘密です。So what the Azem who took over the seat from Vinod did during the final days is a secret. で、いずれ語るかもしれないし、語らないかもしれないです。ここは決めてないです。ただ何をしてたかはある程度は決めてます。はい。So we do.sort of have an idea what they were up to, but we're not sure if we'll have a chance to talk about that in the future. で、ただ皆さんさ非化戦だし、もしかしたらねアゼムの分割された魂なのかな、みたいな予想も立ってると思うんですけど、その皆さんだったら仮に告げられたとしたらどう行動するかっていうのを想像してみれば大体近いんじゃないかなみたいな。気はしますけどね。はい。However, I also think because you are all the warriors of light yourselves, probably what you imagine when you think, okay, if I was Azem, what would I have done if Vinod had told me this? That's probably pretty close to the truth. ほらね、ハウジングしてたかとかさ、マージャンかなとかさ、そのお使いに走り回ってただろうなとか、いろんなコメントがあるじゃない？だからきっとその中に近しいものがもしかしたらあるのかもね。For instance, we have people saying, I don't know, play around with housing, like do some mahjong. If you think so, then yeah, that's probably what happened. はい、ありがとうございます。以上です。では次いきます。Moving to the next questions. Why did Xenos dream of Armor's final days? Also, how did he come to be a Reaper and learn to manipulate his avatar in time before 6.0? ゼノスが以前に週末のアーモロードの夢を見ていたのはなぜでしょうか、また彼が 6.0 までの間にリーパーになりアバターを刺激できるようになっていた経緯も知りたいです。なるほど。まずちょっと思い出していただきたいんですけど、ゼノスの父親はバリスでしょ、でバリスの祖父にあたるのはソル帝ですね、ソルですね。So the first thing you need to remember is that Zenos' father is Varys and his grandfather is Solus. でソルはそもそもエメトセルクなので、ゼノスはエメトセルクの血縁者、ひ孫に当たるのかな。
So if you think about it, Solus is Emmett Selk, which makes Xenos a direct descendant of Emmett Selk, like his grandson or so. でこういうなんて言うんだろう DNA の特殊性って、必ずまっすぐ受け継がれるわけじゃなくてこう突然こうなんだろう思い出したかのように発言したりすると思うので、その辺をイメージするとちょっとなんとなく見えてくるんじゃないかなとは思います。If you think about, how sometimes when things are passed down through DNA, they don't appear in every generation, but eventually it suddenly remembers. If you think about it like that, maybe you can sort of understand what happened here. で漆黒秘話の中にも、本当サイドオブサイドのストーリーですけど、ヒントがあるのでちょっとクリアした今ね改めて漆黒秘話とかを見直してみるのもいいかもしれないですね。Obviously, this is a side story, but if you look at our Tales from the Shadows, you may find another hint in there, so perhaps right now is a good time to go reread those stories. でリーパーになってアバターっていうのはねまさかこの質問が来るとは思ってなかったとても良い質問なんですけどなんか話せないです。As for how Xenos became a Reaper and got to use his avatar, I didn't actually imagine anyone would ask this right now. It's a very good question. Unfortunately, I am bound to silence on this matter. 考えてなかったわけじゃないですけど話せないです。話せないものは話せない。It's not that I've not thought about this, but I absolutely can't tell you right now. ありがとうございます。Thank you very much. Okay, so next one. I'd be はい、 interested お待たせしました。戻りました。今聞いてました。聞いてたんですけどまだねちょっと食事をしてたんで今終わりましたから。ね、興味深い質問が来ましたね。ラハブレア、エリディブス、エメトセルクだけがハイデリンキックを逃れ14分割されなかった理由が知りたいです。テキストをちょっと思い出していただきたいんですけど、物語行月の最終盤でエメトセルクが、この時代まで私を残したのはっていうセリフをまず言ってるんですね。言った。So if you think back to the text, towards the end, Emmett Selk did imply that Vinal let him live on purpose. なのでそのハイデリンがかつて放ったその光の一撃っていうものには、エメトセルクならギリギリかわせるだろうなっていう加減が入ってます。So in fact, she did intentionally leave a tiny flaw in her sundering attack. A crack that Emmett Selk, being Emmett Selk, could find a way to wiggle through. これね、なんて言ったらいいんだろうな。加減って力を加減してるのとはちょっと違って、意図的にこれを使えばっていうニュアンスだと思ってもらえればいいです。It's sort of like, yes, it was a very powerful attack, but intentionally, she chose to do it in this fashion. ただシナリオ中でも語られている通り、その光の一撃ってハイデリンにとっても本当にギリギリ視力を振り絞っての一撃だったので、加減までしてる余裕はなかったので。なんとか彼ならやってくれるだろうっていう賭けみたいなもんですね。なるほどね。So we said this in the actual game as well, though, which is that when Heidelin did this attack, it was a very strong attack. It was the limit of her power, so she couldn't really fine tune it. So as intentional as this was, when she did her big, massive light attack and sundered the world, she couldn't guarantee that Emmett Selk would live. She was kind of making a gamble. でその光の一撃が放たれる時にエメトセルクは、その場に居合わせたラハブレアとゾディアークの核から抜け落ちてきていたエリディブスらしきものと協力して一時的に次元の狭間に逃げることで、それをかわしたっていうことになってます。But in fact, what happened was at the time that Heidelin performed the sundering, Emmett Selk was with Lahabrea and Elidibus-ish. It was the Elidibus that had come out from Zodiac, so a little bit different from the original version. But nevertheless, he had those two, and he joined forces with them, and then that's how they escaped into the rift without being sundered. エリディブスはね、ゾディアークの核から抜け落ちてきた時に記憶もいくつも失ってるし、この辺りちょっと漆黒秘話でもフォローされてますけど、5.3 のラストでね、エリディブスも失ってるものが多いっていうこともあって、ただ居合わせたオリジナル3人が協力してたっていう感じですね。Yeah, I mean, you may recall if you've read Tales from the Shadows that Elidibus
when he came out of Zodiac, he had sort of lost some of his memories, some parts of himself, and that's sort of the point in 5.3. By the time he dies, we sort of know that he's lost a lot as well, just like him himself. But yeah, that's how the Unsundered got out, was by working together. その3人だけ世界に放たれた頭回り攻撃から頭回りに入らなかったって言われてるシェアダメージ。How is it just the 3 of them that managed to do this from this thing that busted the entire world into 14 pieces? Well, you know, good question. ありがとうございます。では次です。Okay, next question. Are there sundered Asians other than Fandaniel or Black Master Asians of lower rank still around? I'd also like to know which Asians those 2 red masks that Gaius carries around belong to. ガイウスが持ってるマスクファダニエル以外の転生組アシエンや黒い仮面のカイアシエンたちはまだ残っているのでしょうか。あとできればガイウスに駆られた赤仮面のアシエン2人が誰なのかも教えてほしいです。細かいなところをしっかり見てくださってますね。転生組のアシエンはまだ確かにまだ何人か残ってるかもしれないですね。That is a really good question, and wow, you guys are paying close attention to this game. But yes, I do think that there are probably still some of the sundered blast mask wearing 頭回りハイデンキックに参加しなかったね、面白いです。転生組のアシエンが、何人か残ってたとして彼らが原初世界にいるのか、共存世界のどっかに身を潜めてるのかっていうのに関しては、ちょっとまだ分かんないですね。But those sundered Asians, however many of them there are, we can't really say whether they'd be in the source or in one of the reflections. 言うていっぱいいるもんな。ちなみにガイウスが持ってたその仮面は、ウルテマとユダルフォン。うわー、ウルテマなんだ。As for the other part, the masks that Gaius carries around, YouTube の動画で見た。they once belonged to Ultima そうな and んだ。 Delphon. ただ仮面を持っているだけで、果たして本当に倒されてるのかどうかっていうところはまだ何とも白成績があるわけじゃないからね。そこら辺はまだ推測しておいてもらえるといいかなと思います。へえ。However, just because he has the masks, that doesn't necessarily mean that he vanquished them. So you'll have to come up with your own theories as to what has 結局 gone 何やってるか on. よくわかんない2人。なんか先制空間がアシエンを倒すっていう方法って、これまで何回かね描いてはきてると思うんですけど、その辺ともこう重ね合わせて可能性とかを考えてもらうのもちょっと面白いのかもなとは思います。We've had a lot in the story so far about what it takes to truly defeat an ASEAN. So maybe think back upon those 残 things 存 when アシエ you're ン、まだ theorizing. わからないということですね。はい、ありがとうございます。では次いきます。Next question. In your mind, in Yoshida-san's mind, how much time has passed during the story spanning from 1.0 through Endwalker? I want to know how many years older the Warriors of Light is now. 吉田さんの中では Q14 から、行月のラストまでで劇中ではどのぐらい年月が経過した想定でしょうか。非化線が14の世界でいくつ年を取ったのか気になります。難しいところですよね。言われてみればこれね、何ヶ月とかにするわけないし、実は特にはイメージしてないんですよ。でトレーラーをその字根底文字の根底を書いて、このぐらいのその風貌にしてほしいっていう時ってなんとなく現実の経過時間、確証だと2年か2年半に1回とかっていう間で、皆さんと同じようにその披露して言われてる10年とかじゃん。ウォリアー・オブ・ライト代表もいろんな冒険をしてこうなってるだろうっていう予想で作ってます。So to be honest, that's really hard, and I don't have アルフィのアリゼが10年年取ってないからな。When we're making the trailers, when we're coming up with the storyboards and things like that, we actually think about like, okay, you know, the Warrior of Light has done these different adventures. How would they look now? Imagining it with a time frame of 2 or 2.5 years each time, just like in reality. シュバルツイエーガーね。なのでトレーラーとはあんまり作中ねゲームの中を紐付けないで時間経過のイメージをね結びつけないでいただけると嬉しい。じゃないです。But the trailers are really not 出そうかなと思ってるけど、具体的にはまだみたいな感じじゃないですか。If you guys could think of them as separate things. で作中での時間、その 2.0 から 6.0 まで、もうなんか数年としか言いようがない。あんまりイメージしてないです。As far as the actual story is concerned, I don't really have an exact figure in mind or an exact imagination ヤシトラ of how long it's 30 been とか since 全然あり 1.0. だな。もう突っ込み出すとキリがないでしょ。じゃあヤシトラの実年齢は何歳なんだとかさ、
ね、Yeah, I mean, 32 because と if I か go で down that rabbit 何 hole, の like I 問 will 題も never ないで stop. す。 But how old is Yustola? I don't know. I don't want to think about it. まあ、なんであんま深く考えない。フィーリングで感じる。 It's better not to think about it and to just 聞いて feel 聞いて vibe. 感じて考えてっていうね。ありがとうございます。感じて考えて。 Hear, feel, think, perhaps. Thank you very much. では続いていきます。Next question. As I understand it, Emmett Silk and Histolodeus return to the Ethereal Sea, so they can now be reborn. If their souls are reincarnated, will the people they become to be able to use creation magics like the ancients? なるほど。エメトセルクとヒトロダイウスは正界に帰り転生できるようになったように見えますが、彼らの魂がもし転生したら古代人のような想像力を持つのでしょうか。いやまあ正界に帰って魂が浄化され再び肉体に宿るとしても、まあそれは原初世界の人としておそらく宿るのみ。まあそうだよね。Well, their souls have been cleansed in the ethereal sea, so even if we say they're reincarnated, ア that's ゼ just ム their が最初 souls から being その reborn 非化 into 線 new が bodies in the source, 最 like 初 everybody から else. ね創造魔法を使ったわけ分じゃない割されてないっていう、まあアゼムとハイデリンの術で一時的とはいえ復活してるのを改めて正解に帰っていきましたけど、まあほぼ前例がないんで、まあ、どうなるのかっていうのは分かんないですね。まあおそらくは普通の人プラスアルファちょっとぐらいなんじゃないかなっていうのがイメージですけど、まあ分かんないですね。As for what would happen if they were reincarnated in that fashion, we've never had an example of someone who was unsundered being reincarnated like this, so we can't really say for sure. I think maybe it would be just like a normal person, but maybe a little bit cooler, a little bit better, but there's really no way to say. まあこっからは僕個人の妄想ですけど、まああれだけやれることをやり託して世界に戻ったのであれば記憶も焼き付かず綺麗に現れるんじゃないかなって思ってるので、まあそうだよね。そんなもれを引きずって転生するイメージは僕の中にはあんまないかな。僕らもそうでしょうね。 they really at the end そこま they で had して帰 accomplished って everything き that て they ほ had し set い out とは to 思わ do. ないし。 So their souls would be completely purified, and I don't know if they'd even really want to come back. They have nothing remaining. They have no lingering memories to address. はい、ありがとうございます。素晴らしいキャラだったからこそけじめはつけた方がいい。 Please tell us whether the star will be named Iseris going forward, or if we are sticking with Heidelin. Also, does everyone know the name Iseris, or just the warrior of light and their allies? 今後この星をアーテリスと呼ぶのか、今まで通りハイデリンと呼ぶのか教えてください。また、アーテリスという名前は非化線と周辺の人だけが知っているのか、全世界の人に周知されているのかも知りたいです。まず今のところですね、光の戦士、まあ、主人公プレイヤー皆さんですね、その周辺で、まあ、終末の仕組みとか終末の結末っていうのを詳しく知ってる人はおそらくアーテリスって呼ぶことになるかなと思います。I think people who are close to the Warrior of Light or otherwise very familiar with what happened actually in the final days might start to call it Atheris. で逆に世界中のそれらの真相を知らない大多数のエオロゼア人はこれまでと変わらず別に惑星ハイデリンって呼ぶと思います。On the other hand, most of the people on the star, most of your average Eorzeans, would probably just keep on calling it Heidelin because they don't know any of that stuff. マジレスするとヤシトラは確か34の、そもそんなに言ってるんだ。東方の人たちとか、それから身体全然ありですね人たちっていうのは、もともと惑星ハイデリンと呼んでない地域もあるので、統一されてないですよ世界で。全然なので、ありっす呼び方はまたそこに行くと星の呼び方変わる可能性はあるかなと思います。However, there are peoples in the East, for instance, or the New World who never called it Heidelin to begin with because they have different cultures. So if we visit those areas, we might find another name entirely. まあ一番実は困ってるのは宣伝チームじゃないかっていう気がします。I think the people who are going to be struggling with this the most is PR team. だってこう新規向けにさ、すでに惑星ハイデリンを巡る冒険があって言ってさ、光の戦士たちがさ
いや分かってねえなアーテリスだろみたいなツッコミを受ける可能性もあるしさ。Like now, if you make catch copy that says like, "Oh, a grand adventure on Heidelin," then the Warriors of Light are just going to be like, "Did no one tell them?" すでにね、エンドウォーカー前の時点で、エオルゼアなのかハイデリンか問題っていうのがすでに PR チームにありましたよね。We already, I mean, the PR team already had a problem if we call it Elzer or Heidelin. So, yeah, the bigger question. はい。Alright, thank you very much. 次の質問、シンプルなやつ来ました。The very simple question. Will Xenos come back to life again? ゼノスはもう復活しませんか？まあ彼の肉体は、まあ、世界の果てでもなければなんだろう今みんなが活動してる場所でもない世界の割と断りとは切り離された空間にまあ放置されてるっていう状態です。そういうことだよね。So, as we saw, Xenos' body right now remains in a dimension that is separate from our universe and all of its laws. まあ死んだわけじゃないよね、あれ多分。正直カットシーンで結構丁寧に演出したので、それを見た直感がそのまま答えです。はい。I mean, we depicted his ultimate fate at length in a cutscene, so I think your answer is to watch that and see 燃 how や you し feel. 尽くしたとも言えるちゃんとし。呼吸っていうか心臓止まる演出されてるでしょ。I mean, we did show him stop breathing and his heart stop beating, right? はい。はい、ありがとうございます。Thank you very much. では次の質問でです。も Next ね、 question. 心臓止まったぐらいでキャラが死ぬかっつったらわかんないから And ね。 its reflections today, they are inhabited by various races such as Mikote, Aura, Salafels, and the like. However, all the ancients seem to be of a hero-like race. Is there a lore regarding how mankind came to have such varied appearances? なるほど。現在の現象世界、共造世界にはミコッテ、アウラ、ララフェルなどさまざまな外見の人がいますが、古代世界にはヒューラン風の人しか存在していないように見えます。今のようにいろんな外見の人が現れた理由について設定があれば教えてください。全然質問が頭に入ってこなかった。コメントでさ、ごめんね。本当にいやまあゼノスがさ、友よ無人島で待っていたじゃんっていうのを見ちゃってさ。It's really distracting because I'm looking at the cover and it's writing like Xeno stuff like my enemy, my friend. Welcome to the island. 無人島だっつってんだろ。まあせやな。 Look, just leave us alone. Okay. で質問はですね、種族がはい。古代人は全部ヒューランっぽいんだけども、いろんな種族、外見の人がいるけども、なんか設定あるんですかっていう。But races, yes. 世界が分かたれた時に、まあ、人っていうのが全ての生物が不完全なまず存在になりました。Okay, so when the world was sundered, all livings became so-called incomplete. でも不完全だからこそ長所と短所っていうのがより強くこう現れていくことになりました。But it's that very incompleteness that allowed them to develop strengths and weaknesses, and that over time sort of compounded into racial traits. その長所と短所っていうのが、まあ、長い世代をこう経ていくうちに種族との外見だったり特性っていう風にそれにこう現れてきたっていう風に僕らは解釈しています。It's sort of things like, so if you have something that's a little bit less or a little bit more, over time it will increase, be stronger, and in certain tribes. ヨシピのこの言い方裏があるやつすぎでしょね。心臓が止まった描写はされたでしょ。世界設定側からのコメントだったりするから、ちゃんと設定なし。なんで耳が難しいですね、ゼノスは。多分もともとすごい聞こえてたのに聞こえなくなって一生懸命聞こうとしたんだろうね、多分その人は。Look, I don't know the official lore for this, but people are asking things like, okay, but why are are these ears so big? And I think, maybe they couldn't hear that well, and they tried super hard to hear. And 僕はね、 that 想像したんですよ。 is ゼノ what ス led 帰 to っ them てきたら eventually どうしよ developing those big う。ears. どうなるかなって。じゃあなぜ縮んだって。でも同じことするだけならねって思うんですよ。 So why are the Lalafels so tiny? じゃあ Like, I don't know, maybe they were under a lot 何 of の意味 pressure, がある maybe だ they ろう were って思っ really ちゃう intense. からね。はい、ありがとうございます。はい。Thank you very much. では次の質問です。結 Next 局また question. 戦うかっていう The 話。 ruins beneath the bounty, ですね。 treasure islands, and fabled golden cities mentioned by Emmett Silk haunt by my daydreams. Can we expect
to be able to loot them someday? エメット・セルクが言っていた壮大な伏線、王城海に、潜む海底遺跡、秘宝の島、まばゆき黄金鏡などが気になって仕方なく夜しか寝られません。これらの回収は期待してもいいのでしょうか。サムデイ夜しか寝られませんっつってね。クイックアンサー。まあこれまでファイナルファンタジー14って、まあ、僕が引き継ぐ前 Q14 っていうのがあって、まあ、いろんな地名っていうのが出てました。Someday, you say? Yes. Well, I mean, as you know, we've had a lot of different place names crop up in 14 in the past. まあイシュガルドの門も開いたし、アラミゴにも行ったし、あなたは東方にも行き、オールドシャーレアの上、まあ到達してね、サベネアにも今回行ったので、そうですね。And you know, we've been able to go to a lot of places. The gates of Ishgard opened. We went to Alamigo. We went to the Far East. We went to Old Charlian, and even Thavnair. まあこれまで出てきた地名はなんとか行けるようにこう頑張ってきたんで、今後も頑張るんじゃないかなと思います。We've tried really hard to make sure that you could visit the places we've mentioned so far, and I want to keep doing that. はい、ありがとうございます。Thank you very much. 実現するかは分からんが、 In Elvis, やれたらいいなみたいな。 Emmett Silk adjusted our warriors of light to be closer to the ancient height. Given how tall Medion was compared to us then versus in the present day, I feel like she shrunk. Did something happen to her in the intervening time, or is there another reason for this? エルピスで非化線はエメドセルクの術で、古代人サイズに大きくしてもらいます。その状態の非化線とメーティオンの身長差を考えると、現代で非化線と対峙したメーティオンはかなり縮んだように思います。長い時の中で何かあったのか、理由があれば教えてください。これは細かいね、なかなか。わかりました。もうその前にさっきのね、まあ、いけるところはまあできるが頑張りますみたいな言ってたらね、もう楽しみすぎて夜しか眠れないみたいなコメントが多くてね。Just before that, I want to address everybody seems really excited by my response to the previous question, and is saying things like, "Oh wow, I will only be able to sleep at night because of this." 正常ってやつよね。普通です。まあまあでまずちょっと思い出してほしいんですけど、ウルティマトゥーレっていうのは思いの力のみが作用する空間だっていうことをちょっと思い出してください。Okay, but back to size issues. So I want you to remember that Ultima Thule is a space where emotions are the only reality. その冒険の中で皆さんに、ね、経験していただいたように、その見えている通りにものが存在するんじゃなくて、認識、あなたがどう認識しているかっていうのが光景に反映される中域なんですね、あそこ。なるほど、まあそうですね。So what you see when you're in Ultima Thule is in accordance with the Warrior of Light's internal experience, not some kind of physical reality that's out there. だから時光の戦士、冒険者が思っていたメーティオンに会いに行くっていうその思いが投影されてます。なのでそのメーティオンの姿っていうのは当然非化線がエルピスで見た時の光景を再現しようとするので、なのでそのエルピスの時、まあ、本人がとのだからスケール比をそのままイメージされているので、姿でビジョンになってると思ってください。So as the Warrior of Light, you are traveling to Ultima Thule to find Meteon. So the space 逆に言うと非化線の中では reflects your 変わ internal らずメーティオン perceptions. はああいう The Warrior of Light has 姿 memories of Meteon 存 from 在として Elvis, 認識して in る a certain proportion relative to themselves. So the Warrior of Light is thinking, she's 怪物 about と this か tall. そういう問題 And that's why she appears that way in Ultima Thule. だからこれはそのウルティマトゥーレに現れたエメットセルクやヒトロダイエスも同じで、なるほど。そのあくまで中域はディナミス、思いの力がビジョンを取るので、まあ、やっぱり相対的に光の戦士である自分から見た時のスケールで、まあ、再現されてるって思ってもらえれば良いかと思います。So, and the same kind of goes for Emmett Selk and Hythlodaeus when we call upon them. Ultima Thule is a place controlled by dynamis and emotions. So really it is your internal conception of these people that determines how they appear.
もう確かに光の戦士大概記憶ガバガバだって言ってきたけどよっぽどあれだったんだね大事な局面だって思ってたんだろうねタイタンとかね This might make you judge the Warrior of Light just a little bit, but ガバガバだからね this is how it's really delivered, to them. 何も覚えてないのっていうぐらいガバガバだからねあいつ So the next question is, I wanted to 俺たちだ harvest some Subnarian onions while I was in Subnair. Where are they keeping them? サベネア島でサベネアの野菜を採集したかったです。どのあたりに生息しているのでしょうか。なるほど。こちらはですね世界設定に確認してまいりました。I asked the lore team about this and came here. チョコボの餌としてね、格別な効果を秘めているものなのでサベネアの野菜っていうのは、おそらく高原キャベツのようにサベネア島の中でも特別な場所でしか栽培できないものと思われます。なるほど。 So these Thavnarian onions have these surpassing effects as chocobo feeds, so they must be a really unique cultivar. And I think similar to in real life, the cabbages that can only be grown in a certain village in Gunma, they're probably only available in a very small area of Thavnair. すべてはライブ班ノンコンバットコンテンツチームという名の神様の、さじ加減次第ですというふうに回答が来ております。Such things, they are dictated by the whims of the gods that we call the non-combat content designers. つまりこれはあれです。華麗に世界設定からライブ班へヘイトをスイッチしたということですね。In other words, it's their fault that this is how they've 簡 interpreted 単 this. にねサベネア島で見つけられても困るわけですよ。仲良くやってください。はいありがとうございます。Thank you very much. では次の質問です。仲良くやってください Were じゃないよ。 Zodiac and Hydrogen completely destroyed? Or there are still standard parts of them on the other reflections? なるほど。ゾディアクとハイデリンは今回で完全に消滅したのでしょうか、それとも共造世界には分かたれた体があったりするのでしょうか。どうでしょう。これはもう明確に答えてしまいますが、ハイデリンは完全消滅です。まだよね。 I'm just going to give a straight answer here, Heidelin and what that is did you say? Heidelin was completely destroyed. そしてですね、ゾディアークに関しても、ファダニエルに乗っ取られて核を完全に破壊されたので、ゾディアークも完全消滅です。まあそうだよね。 Similarly, Fandaniel 残念だな。 crushed Zodiark's heart, which is 名 his 言 core, 出ましたね。 and that completely destroyed Zodiark. 各共造世界にこう分割されて封印されてたんですけど、ゾディアークって、だからまあ見てもらえれば分かるんですけど、ゾディアークっていくつかのパーツまだなんかこうワープしたかのようなこう次元の別次元にこの先あるみたいな感じになってるんですけど、各共造世界に当然封印されてたんですけど、本体が完全消滅したのでそれらのパーツも全部消滅してます。There were, of course, parts of Zodiark in the other reflections. When he was sealed, he was split across all of them. But at the same time that his main body was destroyed, they all would have also faded into oblivion. そうでないとね。はい。なるほど。ありがとうございます。Thank you very much. では次です。Next question. I don't really understand why the Warrior of Light messing around in Elpis didn't create any alternate timelines. Can you explain what happened? 非化線がエルピスで過去に干渉した後、未来が枝分かれせずに繋がった理由がよくわかりませんでした。それの仕組みを教えてほしいです。それ言ってる人いるよな結構。まあ正直なところ自由に解釈していただいても構わないっていうのがまず前提です。Well, I think the most important thing is to say I think you all can come up with your own theories for this one. わからなかない。僕個人の解釈としては、まあそもそもつながっていたんだっていうふうに解釈してます。My personal interpretation is that the timelines were always the same. でまあつながらない可能性っていうのも当然あったと思うんですけど、ベーネスが光の戦士に対してまあその全力で対応してきた結果、なんとかつながったんだろうっていう解釈もまあできるかなと思います。
Another interpretation you could have is that maybe Vinal worked really hard behind the scenes to make sure that the timeline didn't go awry. まあだからそのベネスが描いた計画っていうのに光の戦士はまあ知らないうちにこうね全力を持って皆さんがこう対応してきたことによってまあつながっていくという奇跡が起きたんじゃないかなと。And therefore the Warrior of Light was sort of always acting in accordance with this plan of Vinal's, so the timeline that we're aware of didn't change when we went back to affect it. 嘆きの海で初めて光の戦士が降り立った時にアルゴスが懐いていたという時点でつながることが確定したかなという認識ではいます。I personally think that when we went to Mare Lamentorum ATM and だ we けじゃなく first 安全 met に召喚した古代人2人のサイズの and 問題 Argos そうなるほどそうだ you ね know, そう really ですよ took to ね us and we 結 were able 局 to でかい ride はず him, ですから that ね is ね basically 河川の proof 記憶釜が that, 発動しなくて okay, 本 at 当 that に point, the timelines were going to work out. まあ6.1 で強くてニューゲームに行月のフィナーレ対応するのでもし気になる方はもう一度ね全部見た上でもう一回おさらいしてもらえるとまた見えてくるものあるんじゃないかなと思います。We are adding all of this やっぱ stuff 分 to 割 New のに Game も Plus 消 in 滅するのか 6.1. りんちゃんが So 言って if た you're 大きなつ interested なが in り this, が I 消えたって suggest そう you そうかも replay しれま it せんね and think about this question while you're 分 playing. 割して封印してたっていうのは一つのつながりなのは間違いないでしょうしね。So going to next question 次の質問いきます。はい。 In the trailers, only the Warrior of Light seems to age, where the other characters always look the same. Will we ever get to see a grown-up Alfino and Alice? トレーラーでは主人公であるヒカセンの年齢だけが上がっていて他のキャラクターは年齢が変わってないように見えます。アルフィノ・アリゼが成長した姿を見られる日は来ますか？悩ましいんですよねこれ。難しい質問ですねこれは。 That's really hard to say. いや僕もね正直ディレクターとしての遊び心っていうのまあゲームの開発者としてその拡張でそして数年後ってやってこう物語の中でね成長した、もう実年齢としてその身長も伸びねよりこうかっこよくそのよりこう可愛くっていうのはちょっと違うな成長したアリゼとか描いてみたいって思いはあります。On one hand, so as a director and the developer myself, it sounds fun to me when I think about depicting, years later, a taller Alfino and Alice who are cooler and maybe cute in a different way. ただね、やったらやったでね、前のアルフィノとアリゼが良かったってすげえ言われる気がしてて。On the other hand, I also feel like if we did that, we'd get a lot of comments being like, "Oh my god, I really liked them better before. I hate this." でもさ、一回やったらさ、時を遡る以外にもう方法がなくなるじゃん。And if we do it once, we can't go back, so that's a problem. そんなね、だからゴロゴロありますからね。ちょっとやりづらいんですよね。So it's kind of hard to pull the trigger on that one, I think. 本当にあるゼロサーガね。ワンピースっていう漫画とかでよく原作者の小田先生がコミックスのコラムというかねコーナーで読者の皆さんに何歳になった頃のゾロを見たいですとか言って、書かれてることがあるんですけど、あんな感じでもし年を取ったとしたらみたいなのをアートとしてちょっと作ってみるとかはありかもしれないけど。Sometimes you'll see with manga like One Piece, the author Oda Sensei, he will have a corner where he answers readers' questions, and they might say like, "Oh, I want to know what Zoro would look like at such and such age," and he'll draw that for them. So if it's sort of like a what if scenario, we might be able to give you something in that vein. あれだね、意外とコメントではシナリオ上はそれはやらなくていい、なんか何年か飛ばして成長した2人が出てくるとか、別にいいよ、やらんでいいよっていう声が結構多いの。I'm getting a lot of comments that are like, it's really fine, like no matter how many years pass, it's fine if you just leave them as 現にサンクレットがかなり変わってるわけですしね。アートをやってほしいはすごい do it っていうコメントがすごい見ますね。Yeah, we see lots of comment to draw special artwork. I see lots of do it. 言ったらもうめっちゃまた do it になってる。Everyone's just yelling do it over and over. いやでも相当慎重にチェックして
フィニッシュしないと本当ですね怖いな。大変なことになる。 We really have to be careful about the heights then. I'm kind of freaked out. マジそうだろうな。はい、ありがとうございます。次の質問いきます。Moving to next question. Bernard said that not even her soul would remain. But what does that mean? I'm really fond of her character and would like to see her again. ベーネスは魂も残らないだろうと言っていましたが、魂が残る残らないの違いは何でしょうか、好きなキャラなのでどこかでまた見たい気もしております。なかなかいい質問ですね。魂というものもエーテルではあるので、まさしく本当に全ての魂のを構成するエーテルすら全て使い切ったっていうのが答えです。The answer is that souls are also made of ether, and she used up so much ether that also all of her soul was gone. それほどの覚悟だったわけだし、ゾディアークはその召喚のニエになった人たちを吸収しつつも、その魂だけは内部でこう保持してた。で消滅させずに残しておけたんですけど、ハイデリンってベーネス含めて召喚者のその魂を保管しておくほどの余裕がない。なぜなら14人委員会の決断としてはゾディアークを作り出すなので、猛烈な少人数なわけですよ。By contrast, okay, so Zodiark was summoned using sacrifices of a lot of people, right? But he was able to only use their aether aside from their souls up, because he was very strong and he was summoned by the convocation of 14 and all of that. But Heidelin had a much weaker summoning, and because of that, she didn't have the option to sort of leave the souls untouched. And including Vinaz, she ended up using all of their ether. パッチ 5.2 かな、ベネス派っていう単語が出てきてたりしてたところを、今一度ちょっと見返してもらったりするとまたちょっと面白いかなと思うんですけど、全世界の大多数の古代人たちが協力しているそのゾディアークっていうものに対してっていうことなので、その辺の力関係っていうのはちょっと思い出してもらえるといいかなと思います。So in 5.2, there was some discussion of Vinaz's group that assisted her in doing this, and also of how much of the ancient people were sacrificed to create Zodiarc. So back at that time, 私もそう感じましたね。そう時間軸の話ね。最後の最後にその自分の魂という力だけをベーネスは残していて、それを光の戦士というか暁と戦うために使ったっていうのが書いてます。なるほどなるほど。At the very end, Heidelin, she still had her own soul, Vinaz's soul, but that was the very power that she used in fighting the Warrior of Light. 全存在をかけた作戦だったんだ。ベーネス、あなたもう力があって問いかけられたのに対して、大丈夫、この一戦をやり遂げるだけの力は残していましたって言ってるのは、自分の魂をそこに当ててるっていうふうに思ってもらえれば。本気でしたよってね。When she tells you before the final battle with her that she saved enough ether for this fight with you, that is Vinaz's soul that she's referring to. はい、ありがとうございます。Thank you very much. So the next question. 大変重要な質問な気がします。The very important question, next one. Now that Heidelin is gone, will the Warrior of Light no longer have the blessing of light? Or will he stick to around like the illusory armor? 今回のストーリーでハイデリンは消滅してしまいましたが、光の戦士にかけられた光の加護の術も消えたのでしょうか。それともアーモロートの幻影のようにまだ残っているのでしょうか。ベーネスが施した光の加護は、消えないと思ってますし、消えないであってほしいなっていうふうに思ってます。I really don't think that the blessing of light will disappear, and I wouldn't want it to. 最後にハイデリンというかベーネスが私の思いがいつまでも愛しき子らを守りますようにっていう願いがちゃんと加護として残り続けていくっていうのが、ある意味最後にかけ直してくれたかもしれない加護だというふうに思っていたい。僕個人的にも。はい。Perhaps she re-granted the blessing at the very end, but either way, I want to think that
it will always protect the warrior of light, just like she said. My love will be with you forever, my dearest children. まあそれこそが改めてね光の加護かなという気がしてます。まあそうだね。はい。改めて光の Those words, I 本 think, 当の will be 意味での光の加護 the なの blessing か to もし carry れないね。Thank you very much. では次の質問に行きましょう。So going to the next question. In the cutscene after the level 87 dungeon, we see a red sigil appear before Emmett Silk's face. Does that mean such sigils aren't an Ascian thing, but rather identify one as belonging to the convocation number 14? Please explain the lore. レベル 87ID の後のカットシーンで、エメットセルクが顔に浮き出る赤い印をね、こう発動させていました。ということは、あの印はアシエンの特性ではなく、14人委員会の身分証のようなものなのでしょうか。改めて設定を教えてほしいです。ああ、なるほどね。身分証というのはちょっと違うかなと思うんですけど、まあ14人委員会のそれぞれの座に選ばれるような人っていうのは、まあ、膨大な魔力とかそれぞれとてつもない能力をまず持っているので、それらの力を解放した時にその浮かび上がるっていうふうに思って、もうリミッターというかねを解除したみたいな、なんとなくイメージだと思ってくれればいいですね。So it's not really just there for identification purposes, but yeah, if you think about it, every person who takes a seat in the convocation of 14 has really intense そろそろ双子身長伸びてくるって。So basically, it's like it appears whenever they use grand magic, almost as sort of a ハイデルの過去はベネスの思いとして残ってくれたら幸せですね。本当なんていうか。あれはもうあのマークは14人委員会のそれぞれの座を示すマークなので、14人委員会以外の人が俺も力を解放するぜってやっても出たりはしないです。However, those things each じゃあ sigil ハーデ does スとか indicate まあハー the デスは member's 座の名前 seat か on the じゃあ convocation. 座の名 So 前じゃない even if someone あれは MP の who's 本 not 名 on the convocation was like, "Oh yeah, magic time! Wow!" It's not going to show up on anyone else's そっ face. かじゃあそう勝手にね俺は第15の座を名乗るぜって言ったところで出ないです。You can't just name yourself the 15th seat and blast it and hope it'll appear. まあなのでまあわかんない由来いろいろ想像もできるかなと思っていて、まあそれだけ強大なパワーを持っていて世界から認められる14個の座についてるってことは、まあそんなに無尽蔵にバンバン力を振るうなよっていう意味もあって、まあ出すと14人委員会の人間であるっていうのがバンって出る可能性はあります。だから座を引き継げば多分、出るんだね。ベーネスには出ないですね。多分座を渡してるんです。はい。ああまあそうね。I think it's also probably connected to sort of the convocation's responsibility. ってこ These と are は people アゼ who've ムも been acknowleded by 出 society る as having this grand power and taking だろう up ね。 these seats. So you know, you don't want people just randomly wandering around blasting magic without knowing who it is and for what purpose. So it sort of indicates that they've been chosen for this role and keeps them in line. And for that reason, I also think that when you leave the seat, for instance, when Vana gave up her seat, she would have also given up the sigil, so it would no longer appear on her. 吉田の座はって聞かれてる。吉田の座はね、継ぎたい者が誰もいなくてちょっと寂しいんですよ。So people are talking about the seat of Yoshida, but it just kind of makes me sad because I think there's nobody who could take up the seat if I gave it up. しかも紋章も出ないからね。Also, I don't have a cool symbol on my face. 全然笑える話じゃなかった。はい、ありがとうございます。Thank you very much. では続いて次の質問に行きます。So moving to the next question. In concluding this story, were there any threats you found difficult to wrap up, or bits of lore that you secretly changed or disregarded? 物語を一旦完結させるにあたり回収が難しかった伏線、こっそりなかったことにされた設定やなかったことにしたい設定はありましたか？こちらもですね世界設定チーム小田さんからいただいてきましたけどね。This is also one that I had to ask the lore team, specifically Oda-san, about. 初期設定とか裏設定と呼ばれるものはその時点での想定でしかなく物語を書き進めるうちにより詳細化されるものもあれば消えてゆくものもあります。
The initial setting and background lore are only plans that we draw from. So it's not unusual for the details to change or disappear as we write the story further. まあそれはね、行月のフィナーレに限らず Q14 から新生へのまあ移行過程でも同じで、まあ、Q14 やってた方はご存知かもしれないですけど、まあ、回収しきれなかったという意味では相棒という存在は回収しきれなかったです。That's not only true of Endwalker. Like you'll probably remember if you played 1.0, there was a lot of changes between 1.0 and A Realm Reborn, and some of them we couldn't really retcon properly. For instance, in 1.0, the Warrior of Light had a partner character. Q14 知らない人に説明するとね、相棒っていうキャラクターがね、いたんですよ。何者かよく分かんないんですよね。Well, we had this very temporary partner though, and like so we didn't really know who exactly it would be or anything, and so we kind of just ignored it when we went on. だからあれは共存世界の自分が来てたんだとかね、いろいろいやなんかこじつけようかなと思ったんですけど、なんかそういうのがいたんだね。だってアゼムも出るんでしょ。いや本当アゼムに関してはだってさっきヨシピーもそれは言えないみたいな話ちょっとありましたからね。まだアゼムのルーツはあるんだろうな。時々ありますよ。付箋として使おうかなと思ってたけど、まあ使えないからもうそのままにしておこうっていうのもあるけど、大部分は綺麗にいけたと思う。黒曜石サビクなんかはまだいけるかなとは思ってたりするからあれですけど、はい。And so yeah, there are some things where you'll just be like, we'll just ignore that going forward. But in most cases, we do try to wrap up. ズヌル側の話でしょだって。どうせ僕がズヌられるんだよ、そしてね。それでは続いてですが、next question. Will we have a chance to learn the identities of the full convocation of 14? 今後14人委員会の構成員について全員の、真の名前を知る機会はありますか？黒成績、黒曜石ってさめっちゃ突っ込まれてる。黒成績ですね。はい。で14人委員会のその座とともにあるその真のマナーに関してはすでに決まってはいます。アルテマウェポンに装備されています。So yes, we have decided the true names and identities of every convocation member. まあそれらを皆さんが知る機会があるかどうかは今後の展開次第ですねって悪い顔をして終わっておきます。Whether we tell you that in the future sort of depends on how the plot develops. Sorry to tease you. スマイル。ありがとうございます。では続いていきましょう。次の質問です。Going to the next question. Benar had good intentions and her plan worked out in the end. But as a result, the world was sundered and most of the ancients suffered for it. Was sundering the star really the only way to save it? ベーネスは善意の上で行動して結果的に良い方向にはなりましたが、その経過では世界を分断し多くの古代人を不幸にはしました。今回の結果を導くために世界を分断するのは必須だったのでしょうか？まあシナリオ系とかはなっちゃんとも話をしてこうテキストをまとめているんですけど、その回答をね、まあ少なくともベーネスってヤシトラがまあ推測したようにエーテルが強すぎる古代人ではデュナミスにそもそも干渉することができない。結果その終末を根本的に止められないっていうふうに考えてます。So I also consulted with Natsuko Ishikawa and the scenario team to come up with an answer that hopefully will make sense when we explain it. But at the very least, as Yashola theorized, Vina believed that the ancients, being so dense in aether, could not control Dynamis, and so she thought that they could not have stopped the final days at its source. じゃあ別にそのゾディアークで、まあ、根本的に解決できなかったとしても天の断り、まあ、つまり天脈を強化して、まあ、絶望ビームを弾き返してるんだから、そのままなんとかやってきゃいいじゃん、としたとしてもいずれ今の古代人たちの考え方では、まあ、大敗的な末路をたどってしまうだろうっていうのもその
まあ、ヘルメスの言動とかを見てても自分自身か気づかされるところがあったんだろうなというふうに思ってます。So, there were the other ancients who thought that, okay, we can summon Zodiark and that'll be our solution, but she saw them summon Zodiark and sort of use that to deflect Meteon's despair beam and thought, even if we do this, if we keep going along as we are, the rest of the ancients will probably be unable to change. When she's looking at Hermes and everything, she thinks, okay, we can't change as a people and we will always be our own undoing. まあ、確実とは言いはしないですけど、最終ダンジョンのラストレムナントのフェーズ3ラーラーが暴れ回ってるところは、なんとなく古代人たちがあのまま続いていったらこうなってただろうなっていうそれは俺も思ったわ。イメージで作ってはいます。If you look at the dungeon, the dead ends, わかる気はす at the る。 very end, there's a boss called Lala, and that is sort of our vision for what probably would have happened to the ancients if they had just continued as they were. だからそのために世界を分割して人が持つエーテルをとにかく薄くしていずれデュナミスっていうものを使いこなし、人が終末そのものと戦えるようにしたっていうのがベネスの考えです。So for that reason, she chose to sunder the star to dilute mankind's ether, so that someday they might be able to use Dynamis and to fight back against despair and the final days at the source. それレムナントって言っちゃう。まあそのレムナン善悪でト、語られて良いわついけではな言っちゃっく、たんでしょうね。その行いが果たして正しかったのかどうかっていう苦悩はベーネスが全部自分で背負っているっていう感じですね。As she herself says, this is not really a simple matter of good and evil, and she agonized over whether her decision was correct, and took all of that upon herself for all of this time. でもね、僕特に思ったんですけど、皆さんこうベーネスすごくいろいろな思いをね、プレイヤーの皆さん感じ取ってくれて、すごくこうベーネス疑ってごめんよと、ハイデリン悪いやつじゃなかったよってなってるんですけど。I think everybody has a lot of different feelings about Vina, and we wanted to communicate that Hyland's not a bad guy, but こんなね、世界を分割して人を14に分けて、そのデュナミストを使ってね、その終焉を歌うものにぶつけようなんていうことを決断し考えれる時点で、やっぱり彼女も古代人なんだなって思うんですよ。確かにね。 But it's this ちょっと very ぶっ decision 壊れ that て she はいるん made だよ to ね、やっぱ say, り。 okay, I'm gonna split everybody into 14僕も parts, 配信で言っ so て they たん can です use けど、 Dynamis, so they can やっぱりちょっと狂 kill 気 the がある Endsinger. んですよね。 That decision really makes me think, yeah, she was definitely, Vina herself was definitely an ancient, huh? だから 5.0 の、ラストでね、エメット・ステルクがこれが最後の最低だって、反じるっていうことをやるでしょ。何度も反じてきたんだと、その度になり損ないどものなんかダメなとこ見てきたんだ俺って、もういいよ、じゃあ最後もう一回だけ見てやるよって言うじゃない。At the end of 5.0, so we find out that Emmett Silk this whole time has been making these decisions about all of humanity, ここまでして望むな about ら how 最 they 後 were の最低だ。 imperfect creatures these days. But at the very end, he gives you one more chance and reevaluates his judgment. で今回ヘルメスもやるでしょ、改めて正しく判あー断しよう、そうだね、人の行く先をものすごいなんか不必要なぐらい公平性にこだわるじゃない、そう自分の記憶も全部消しておいて、自分は人間側につくから何してんの君っていうまあね。Hermes is also concerned with this to the degree that he erases his own memories so he can once again reevaluate humanity and everything. He's really concerned with fairness and humanity's worth. でもベーネスこそ反じるっていう言葉は一度も使ってはいないんだけど、ベーネスの歩みっていうカットシーンの中で剣を構えてね、今から私は世界を分かつって、あれってまさにもう反じるだと思ったんですけど、全世界丸ごと反じるんかいこの人っていうのがまあやっぱりね、そうですね、僕が思う古代人の怖さというか完全性というか、なんかそう分かるけど、言ってることは分かるけど、人間にはできないぞって思っ
っていて、その先の苦労も含めて計算した上でというか計画した上でだから、やっぱり彼女も古代人だなっていうふうに思ったりしました。やっぱちょっと Vana ど herself っかやっぱ never talks about 打 herself ち切れ in てん this だよね。 lofty way that she's making a judgment on all そ of れはすげえ mankind. 思う。 But when we see her in that cutscene holding the sword and saying, you know, henceforth he shall walk and sundering the world, that really is a very ancient moment. Like で that, も that shows そうい you う風に how 描こうとしたのはめちゃくちゃ分かりました the よね。ただ wholeness た of だ the 優しい ancients were, because normally あの we wouldn't be able 自己 to 犠 make 牲の人じ such ゃ a ないっていう decision 書き方 for した all い of んだなって mankind. すげえ思っ So た。 when I see that, I really think, yeah, Vana was one of them. まあだからエメット・セル君ね人気は高いけど、そもそも私が判じてやろうって、まあアルフィノに言わせればなぜお前にそんなもん判じられなきゃいけないんだっていう話だし、まあそうね。まあベーレスに至ってもそうよね。だから、その辺を意識してまた物語全体見るとちょっと違ったというか、もう一段その古代人っていうのがどういうこう人たちなのか、それがいろんなテキストにこうまぶされているので、今回サブクエストも含めてだけど、その辺見てもらえるとまたちょっと面白くなるかなと。一番分かりやすかったのはやっぱりヘルメスじゃないです You か know, in ね。 itself is very popular, but I その sort of agree with Alfina when 傲 Emma's 慢 talking さ about みたいなものが judging 分か people, りやすかっ what たのって。 what right does he あ have と to ヒトロ do ダイオ that? ですね。 And that may actually be the case with Vana as well. Like, what right ヒトロ does ダ she イオ have さん to はほ do ら割 that? と We've って。 shown various things about そ the の古代 ancients 人の and how different モデ they ルケー were スみたい from な us as 反応 people を and how わ they ざ were とし sort て of the させ same. てたから。 So I think if you 優 go back しい and 人だ look け at all ど of the 古代人の常 different 識は parts, そのまま including 持っ the てる side って quests 感じの with the 人 ancients ですよ in ね。 them, you might find it interesting. そういうお前だって吸盤を判じてベッド落としたやろって言われた。 People are criticizing me as a hypocrite, being the great そ decider. れは人間にはできない。どうしようもなかったんだよ。まあそうどうしようもな I mean, I had to though to make this. どうしようもなかったんだよね。古代人だったんだ。いやいや人いや。間はできない。なかなか痛いとこついてくるコメントですね。 He insists he's not. そういうお前だって。では設定関連もう一問いきたいと思います。The Solstice Moon was made to imprison Zodiac after the sundering, but what about the first moon? Was Iseris the only thing divided among parallel dimensions, or did the sundering affect the surrounding part of outer space too? 現象世界から見えている月は世界が分かたれた後にゾディアークを封印するために生まれたと思うのですが、第一世界から見えている月は一体何なのでしょうか、アーテリスだけが多次元に割れていて惑星外宇宙におもろ。まず共造世界にある月にも意味はあります。First of all, I want to tell you that the Reflections moons have their own significance. ありますなんですが、今はお話できません。なんで They do, ちょっと煽るみ but た I いな言い can't tell you 方 what す it る。 is. なんでスタップ細胞みたいに言ったの相手に今。光の一撃で、ゾディアークごと世界が分割されて、その後共造世界においても原初世界でそうしたのと同じように分断されたゾディアークの一部を封じるために月が作られてます。月が生じてるって言った方がいいかな。So after the sundering, after the star was sundered and Zodiac was imprisoned in the moon that we know, moons were created or they appeared in all other reflections with pieces of Zodiac in them as well. なのでこの辺りは破綻のないようにきちんと作られているので、それが何なのかはまだ話せないんですけど、意味はちゃんとあります。はい。We're going to show this properly later, so I can't give you spoilers now, but yes, there is some meaning to these. はい、ありがとうございます。Thank you very much. それではですね、ここからはですね、シナリオとか設定以外の、動画関連の質問に行きたいと思います。So from this point, the questions are not related to scenario or the lore stuff. So the question is, during the development process, what part of Endwalker were you a perfectionist about? は行列のフィナーレの制作の中で吉田さんが最もこだわった部分をお聞かせください。すごい海外インタビューみたい。
いやもうね、ありとあらゆるところなんですけど、特にっていう意味だと、今回より特にですけど、各カットシーンにおける、キャラクターのこう目線、それから会話と会話の間の間、あと喋ってる最中の仕草はかなりその1カットシーンずつ細かくその演出やってるそれぞれの担当者と話をしてこだわらせてもらいました。So if we're just saying the things, okay, that I am the very most particular about, this time I would say in every single cutscene I was concerned with the direction the characters were looking, and also the time between dialogues and conversations, and also the motions, especially at the 結局根本的に古代人って神話のそう神様なんですよね。結局視点としては、目線と間って僕特に大事だと思っていて、やっぱり演出する上でその目線って顎を向けることが目線なのではなくて、やっぱり目から先に動く、で首を振らなくても目って感情が出るので、そこをねやっぱりこうとがきにその視線を送るってあったとしても、首が動いて顎ごと動くのか、目線目だけが眼球だけが動くのか全然違うんで、そこはかなりやりました。Personally, I think the direction of the gaze, and how your gaze works is really important. Your eyes convey a lot of emotion. It's not just, okay, your whole chin moves, and that's your gaze, right? So in the stage directions and such, I was really concerned with, okay, are your eyes going to move first? Is their whole head going to turn? What's the most natural way to convey this expression? あとは基本的に14の場合、プレイヤーの皆さんにテキストの進行度合いとかはちゃんと自分のペースで決めてほしいと思ってるから、ボタン送りがあるんですけど、それを許さない、ここはもう演出マックスでいくから自動送りのみっていうシーンに関してはやっぱり喋った後に言葉を飲み込んで次の言葉を発するとか、受けた相手がそれを飲み込んで自分なりに咀嚼してから答えを返すっていう、その無言なんだけど、その間ってとても大事、みんなにいろんなことを考えてもらうために大事なので、そこもかなりそうそう、それないと本当漫画もう全然面白くないからね。Also, usually we like to have 14 as a game that you can play at whatever そして pace だ you い want ぶや to, り but がち this です time か we ら had ね。リアクショ a ンじゃ lot な of くても scenes 話 where だ they け would go on バーって言 autoplay って through the text, and when a character talked in 何 these にもそ scenes, の I 飲み really 込む wanted the other characters to take a little 間 bit が of ないみ time たいな漫 to 画本当に process ダメだ those から words ね。 before responding, because that's important processing time for all of you as well. So I was kind of probably annoying about how particular I was about this. 結構やりがちなんあとですよ。はやっぱこう伏線を回収していくときに解釈の誤解がとにかく生じないように、解釈の自由度があっていいっていうところはちゃんとそのつもりでディレクションしてるんだけど、ここは誤解されてはまずいっていうところを誤解されないように調整するっていうところはかなり徹底したところですね。I also was very particular about things not being misunderstood. And obviously, like when you have something foreshadowed or hinted at, that's fine to leave it up to people's interpretation. But there are certain interpretations we don't really want to guide people towards. So I was particular about how we were portraying those. でこの辺りはやっぱり今回なっちゃんがやっぱりライティングを本当ギリギリのギリギリまでやってて、なかなかその演出までチェックしきれないっていうところもあったんで、もうここは完全に分担して、もうこっちで全部引き取るから。俺が一番石川夏子の中二に近いと思ってるから。Part of this was also because Natsuko, Ishikawa-san, was very busy writing the script up till the very last minute for this expansion, so she couldn't perform her checks as closely as possible. And in the respect of who could stand in for her, I'm probably the closest person. 急に So お I ぼ ended か up たにな doing る a lot and being 意 very 味はありますっつってね。あとやっぱ天野先生のデザインの再現っていうのは今回はもう僕今回行月のフィナーレが1回目のそのハイデリンゾディアーク編という1回目の14のフィナーレだから、そうそう是が非でも天野先生にしたいっていうところがあって、自分で絵の発注も言ってるし、だからこそ天野先生の絵を知る自分大ファンなんで、やっぱ僕がディレクションしたタイトルで天野先生の絵を今のその14の技術にはなるけど、で
極限まで再現したいって思いがあったので、そこはもうほんとしつこいぐらいリテイクして調整してっていうのをやらせてもらったんで、そこはめちゃくちゃ一発で分かったもんねあれ、はい、天野義高じゃんって Also, モデル出 because てきた Endwalker お was 話できませんよご褒美制 really いや in a 本当 sense ね like それは the 思いま first す finale, 期待していいのねってな not る ending but ending that we had 共 in 同世界の 14月に with ゾ the ディ end の of 分 the 割パーツやっ Heidelin ぱあるん Zodiac で arc. でもサイバー違ってそうな受け答 I え really まあ wanted ね to have Yoshitaka でも意味 Amino's はあ art. り I'm ま a す big って言 fan っ of てた his, おば and か obviously さん he's の今ね associated with the arts in 14 and all of that. So I asked him to do the art, and then when we were reproducing そんな言い those 方じゃ designs ねえ in し game, I was super particular about getting it right. 天野先生の発注は必ず僕が行くんですけど、全部申請以そうなんだ降全部自分で言ってるんですけど、今回久しぶりに天野先生にはラスボスを書いていただきたくてきましたって言って、その設定で、いろんなそのラスボス書いてきていただいたと思いますが、今回先生に書いていただきたいのは絶望ですってすごい発注。Of course, ever since A Realm Reborn, I'm the one who's ね giving 思いは Amino ファイナル his ファンタジー orders 1 for のカ what オス we ガ want ー him ラ to ン draw. ドも And this time I 天 was 野 like, 義 okay, I 高さ want ん you to draw the の last とか boss. ちゃんとあるし皇 I want 帝 you to とか draw ねクライムの雲 despair. とかみんなそうだよねそう絶望かでも2000年演技本当細かくて最高ね先本当非河川の演技もそうだし生いつもねのキーワードを2人でこう会話していく、その例えばこういう事象が起きてそれが絶望した時頭に浮かぶもの、ただメテオンは決まってたら鳥をイメージには入れてくださいって話をした上で、だねこうやってやり取りしていくとね浮かんできた大丈夫いけるってね15分20分ぐらいみっちり話せばEvery time, 妙利に尽き you る know, だ this time he was like, despair. 吉田 But さん every time ほ he's ら very good about 古い talking ファイナル to ファン me. タジーのファン We sort of だ have っ a て back いう and 話 forth なん about で what to envision here. We'll talk about, in this case, despair. 夢 And の you よ know, うな if 時 we, 間だろう you ね know, そ in れ this certain situation, okay, you feel despair. What comes to mind then? And in this case, we also 俺 add が天野 the 義高に extra, 発注してんだよみたいな話だか sort ら of ねあれ difficulty of making the bird imagery as well. But you know, after like 15 minutes, it's like, yeah, I got it. I have something in mind. Don't worry about it. 今度ね実はなんか見せたかったんだけどね主演を歌うものの天野先生の原画をどっかのタイミングでお見せできる機会は作りたいなと思う。I really want to show you the original design we got from him for the end singer at some point, so I'll look for a chance to do that. すごいです。他にはもういっぱいあるんですけど、はいクエストインスタンスバトルの調整やってたりとか、あとサブクエストの開放タイミングが今回ね申し訳なかったそのなんか後ろ髪を引かれるようなそのサブクエストの出され方が多いなってちょっとコメントも見たんですけど、ああなるほどね The other things, for instance, the Cool. instance battles you do in quests, I was quite 僕は focused on, サブクエ as や well ったけ as ど the sub-quest timing やってた無理やりや for って how て they unlock and all of that stuff. I mean, we've got some comments about that. 今回ってやっぱり地域攻略型シナリオなので、しかも時系列時間軸が前に進む物語だからなんかやっぱ週末に襲われている状態か襲われる前かなるほどね襲われた後かって全然話の展開が変わるので、当然住民が週末来てる最中にさいやちょっとチョコボ連れてきてほしいとか無理でしょわかるわかるそういうのはありました Yeah, so this time, obviously, because we had the final days going on, it's very important to sort of have the よし quests 自分では unlock 自 at 分 the に作家性 appropriate なんてないっ time. て言い Like, ま is すけ this ど、全 happening くとんでもな before い the こっ apocalypse ちはどれ comes だ or け作家 during 性 the を感じるかそう apocalypse? こ You れ don't really 神 want 木隆之介さん during の the ラジオで言って apocalypse ましたけ someone ど to just be like, can you 一 feed my 回だ people け or 本当 whatever? に It wouldn't 言ったん fit ですよ very ねそ well. のヨシピーがなのでやったのでかといってよし一旦落ち着いたから全部出せってやるとエクスクラメーションマーク出すぎると嫌になるのもう見なかったことにしようみたいなね Also, if you just have them all unlock at the same 言ったっていう time の and は suddenly your い screen や is filled with 我々もやっぱり exclamation 物語を marks, 作 that's ってる terrible. ん I hate that. でってなのでもう何回も投資プレイをしてやっぱりねこのあるんクエストのでしょうねこのシーケンスまで来たら3クエスト出してで3クエストだったら消化する気になるだろうとか So that's why this time I played through so many times, and I'd be like, okay, when you get to this sequence of this quest, then these 3 other quests unlock, and 3 is probably a decent number that people can get through, and that sort of thing. 少なく出たなみたいなのは僕はありましたね
まあ、このクエストまで来たら残りを出してみたいな感じで潰していってる人にとってはもう別に潰していきゃいいじゃんって感じだと思う。俺なんかそう数の威圧感とかをね、あと話の潰していけ内容とばいいじゃん僕は思ってた。そのフラグをお願いして1個ずつ調整してもらうのって本当にもう投資プレイするしかないのですごい大変だった。So yeah, I have it so like, okay, you go to this quest and then this quest unlocks, and you know, when you're progressing through it, I mean, it's nice. It's nice to have it correct, but at the same time, in order to create a good experience for those who wanted to go through all of the quests, I had to do them a whole bunch of times, which was really hard. まあだから正直もうちょっと減らしてもよかったかなって思わなくもない。Also, sometimes I thought, couldn't we have less of these? まあそれ以外にもハイデリン透滅戦もめちゃくちゃこだわったし、フェイスの方ね、あと今回久しぶりにテキストたくさん書かせてもらったんで、ID のフェイスのダイアログ、セリフとかはかなりの数書かせてもらったんで、楽しかったです。はい。Also, I was quite concerned with your showdown with Heidelin, as well as the trust system dialogue. In this case, I actually got to write some dialogue for the first time in a while. So writing all of that, all those trust lines was really fun. はい、ありがとうございます。アリゼのズルイもヨシピーなんかそうです。ハイデリン透滅戦はほぼフルスクラッチで、はい、やりましたね。I was keeping a close eye on Heidelin from the very start, so. それでは次の質問です。Going to next question. Healers are currently putting out too much healing compared to damage taken, and have few damage dealing options and limited flexibility in battle. People are even clearing pandemonium with tank-only parties. Are there plans to make healers more vital to parties? なるほど。ヒーラーについて、非ダメージに対して回復量が多すぎるほか、攻撃の手段も乏しく、バトルでの工夫の余地が少ないと感じています。実際、パンデモニウムではタンクだけのパーティーでもクリア報告があることです。ヒーラーの必要度を高める予定はありますか？まずこれ毎拡張ごとにそうなんですけど、やっぱりこう毎拡張スタートして最初のレイドって正直難易度的にはかなり優しめに作ってます。それは受ける非全体ダメージ量もそうだし、必要とされる火力パーティー DPS っていうのも普段のレイドに比べれば下げてつけてます。これはね毎拡張一緒。Right, so I want to emphasize that we've done the same as we did in every previous expansion here, and that's at the start of the expansion we sort of hold back on the difficulty for the raid in terms of damage taken, and damage dealt, and that sort of stuff. We make it a little bit easier so as many people as possible can clear. どうしてもプレイヤーの皆さんって地続きではあるからパッチ 5.4 で実装された時のそのエデンの最終レイドと比較しがちなんですけど、今回改めてレベルキャップが上がって新しいジョブも増えてってところなので一回難易度のイメージはリセットして特に第1弾なので多くの人にクリアしてもらいたいっていうので敷地は下げてます。なので今後実装されていく第2弾第3弾っていうのはまただんだん難易度がプレイヤーの皆さんのジョブの使いこなしに合わせて上昇していくので、まあそういうサイクルを繰り返していると思ってください。You're probably comparing the raid as it is now to what you had in 5.4, but you have to remember that at 6.0 we added new jobs, and we're still balancing things. We want to give people a chance to clear if they possibly can, and then from this point we will raise the challenge level in part 2 and part 3 of Pandemonium. まあそれでも基本的にちょっともっとヒールワークきつくしてほしいな、ヒールしてる気分を味わいたいんだよっていう人は絶に行って絶望していただけるとありがたいです。I think even at that point, if you're still unsatisfied, thinking, okay, healing is too easy and I want to feel more like a proper healer, definitely try the ultimate 今のコメン content トだって and そうですけ suffer. ど、はい。タンクのみでクリアしたという報告があります。あなたじゃないんだね。話でしょだって今の。Dark Knights, Living Dead, and Blood Weapon are more difficult to use effectively タンクだけ compared で to クリ other アしましたっ tank つうんだったらわかるけ skills. ど。 Are there plans to adjust this? 他タンクに比べて暗黒騎士のリビングデッドやブラッドウェポンの使い勝手がいまいちです。今後挑戦の予定はありますか？まあ暗黒騎士だけじゃなくてですね、パッチ 6.1 で、暗黒騎士も含めていろんなジョブに手は入れさせていただきます。
So not just Dark Knight, but a whole bunch of jobs will be リビデは adjusted 正 in 直僕 patch 使わない。 6.1. でまあ皆さんからのねフィードバック平に負担はかけるだけかなりちゃんと見てますんで、それらを含めてできる限り要望にお答えできるようにね6.1 していきたいと思ってます。リビデは We are looking closely at all of your feedback, and we'll まあ fulfill 面 as 白い many of し your requests as we possibly 暗 can. 黒騎士っ in ぽい6.1. スキルなんで、まあ今まさに質問のあったその暗黒騎士のリビデとかに関してはもう今調整案が出てきて進んでるので、まあ何かしら手は入ります。はい。We are definitely なんかそ adjusting の Moving Dead. ロールとしてはリビングデッドってめちゃくちゃいいんですけどね。でまあ特に結構今実際ちょっと辛いんだけどって言われることインビンまあとかと比較するとやっぱりね後ろ魔導士っていうのももちろんフィードバックを拝見しながら調整対象になってますんで、もうちょっとお待ちください。白魔も We've also definitely seen your feedback about Machinist and White Mage, that you're having trouble right at the moment, and we are working on that, so please wait just a little longer. あとは竜騎士でねジャンプの硬直をもうちょっと短くっていうのも硬直を短くする対応は入れて今テスト中なので、まあそういうプレイフィールに関わるところ、それから数値バランスに関わるところ、今回ね 6.1 また大きなプログラムコストかけて調整していけるので、で今日ここに挙げてない名前のジョブもいろいろやりますんで大事なところ。吉田が言わなかったっていうとこ言ってこう黒い煙が最近出るってよく表現されるんですけど、いろんなジョブ手に入れますんで、はい、お待ちください。We're also looking アイビ at 中のセリフよしきが dragoons なんかそう who are 一部そう concerned ら about し the いと jump は animation lock な being んか too long. We're ラ going to ジオ try で to 言って shorten た that 気が up. し So ま we're す going to ね。 adjust things that affect the 今回は結 feel 構 of your 多く書い gameplay て in る。 addition to just the numbers. And of course, I'd like to say that あと even は if も I うリ didn't テイク specifically 出す mention your job today, we're still looking at 時 feedback 間が and 惜し making く adjustments て for those too. そのまま So もう please 自 do 分 not で descend on us in a こうし cloud た of みた black いな smoke と because ころ I'm があ scared. るとは言ってた気がしますね。はい。はい、ありがとうございます。Thank you very much。では次の質問です。ちょっと前半でカバーされた気もしますが、Given that we now have Sage and Reaper, will you be increasing the number of glamour plates? リーパーと賢者が増えましたが、ミラージュプレートも増えませんか？ミラプリがミラプリ関連はですね、各処理のアップデート、まあ、数を増やすとか、まあ、プレートだったら数を増やすとか、ミラプリを反映できるエリアを増やすとか、チェストのサイズを増やすとか、まあ、いろんな候補があってそれぞれのコスト出しが終わって、まあ、やっぱ順番にしか対応できないので、まず今回最初パッチ 6.1 では、プレートの複数枚追加を行います。Right. So there are various requests that we need to address 実はク related ラフター to とか glamour も入れる system, とかな like り your カツカツだったのは the 確か number に of plates, the areas that you can use them in, the size of your glamour dresser. We can really only address these slowly in a systematic way, but we are working on it, and in 6.1 we will increase the number of plates. で何枚が増えるのがその嬉しいかっていうのはちょっと個人差があるので何とも言えないですけど、それなりの枚数増やせてるんじゃないかなとは思ってます。はい。The amount of plates people wanted to increase by sort of differs by person. I can't tell you exactly how many we're adding, but I think it should be sufficient for the time being. でまあそれを第一弾としつつ、ボックスの中に幻影としてしまえる数に関しても大きく引き上げようとしていますし、それらあと着替えられる反映できる場所を増やしたいとか、それらいろいろ今やってますので、順次スケジュールが決まったら、まあとにかく 6.1 からミラージュプレート関連いろいろミラプリ関連ねアップデートしていきますよということだけお伝えしておきます。それは嬉しいか。And yes, we are definitely increasing how many pieces you can store in your dresser and how many places you can use these plates. So when we can fit them in the schedule, starting in 6.1, we will be adding more features. はい、ありがとうございます。Thank you very much. では次の質問です。Next question. Will we be able to obtain gear such as Imperial Officers' armor and uniforms, Galarian Gunblades, Imperial Lab Coats, and Shalian Forum members' uniform in the future? なるほど。今後、ガレマール帝国の帝国士官の鎧や服、帝国式ガンブレードや帝国学者のコート、またシャーレアンの議員制服などを入手できるようになりませんか？まずシャーレアンの議
委員政府がね予定があるはず。So, first of all, the Imperial Officer 一部ガレマー uniform ル is 帝国 something の we have already 軍人 decided 制 on. 服だってあるよ。まあこれまで帝国はやっぱこう敵として描くことが多くて、なかなかそのガレマール帝国の内面とか人間としてのそのガレアン人っていうのを描く機会がこれまでなかったので、まあやめてたんですけど、まあ、行月のフィナーレでそういったところも描けたので、これからその6.0 以降のパッチ報酬みたいな形で増やしていくのはまあありかな、そろそろ解禁してもいいかなとは思ってます。はい。Up until 6.0, we had mostly shown the Garleans as just these ruthless enemies. We hadn't really had an opportunity to show the normal people or other perspectives of that story. But now that we've done that, I think we could start releasing some gear that is Garlean themed. はい、ありがとうございます。Thank you very much。だんだん残り時間も少なくなってきましたが、もう数問いきたいと思います。Time is running out, but I'd like to continue a few more questions. The next one is, do you plan to implement the songs that played on the radio in Garlemald as an orchestral wall? ガレマルドのラジオから流れていた楽曲をオーケストリオンフとして実装する予定はありますか？あれ人気高いですもんね。いいですよね。俺いらないけ It's ど。 awfully popular. I like it. パッチ 6.1 でですね、プレイした時ノイズが入って、いや止めないこれ皆さんがって言ってたメインストーリーで聞いたやつ、あれのオーケストリオン風の実装が決まってます。はい。And yes, we have decided to implement the version you hear on the radio with the distortion in it 絶対良くないよこの曲。orchestra. 俺やってた。なんかあれノイズが入ってないやつと入ってるバージョンがあって、まあ、どっちよっていう話だったんですけど、まあそけんがサウンドディレクターとしてゲーム体験に密接に絡んでるのはノイズ入ってる方だから、まあ、そっちでまず実装しましょうっていう判断をしてたんで、そっちが実装されます。はい。We actually have a version both with distortion and without distortion, but Soken felt that as sound director, he wanted to give people something as close to the in-game experience of hearing it for the first time as possible. まあそれがまあ For the 逆 orchestrion, に so we're going with 雰囲 the 気としては良かっ distorted たんです version けど、 first. 楽曲として聴きたいかっつったら僕は別になんだよな。では続いてです。Were we able to take up residence in Shalian or the lunar facilities that the operates worked so hard to make some one day? Even just apartments would be fine. レポリットが頑張って作ってくれた月の居住地やシャーレアンにはいつか住めるようになりますか？アパルトメントでもいいです。サムデイでいいんですよね。まあね。確かにあんだけ頑張って作ったまあのにねもうまずは石ガルドに住んでくれよ。追いつかまあないよ。そうっすね。 Please just try living in Ishgard まあ first. そうね。 We cannot keep up. もうね、まあまあその今回ね 6.1 でハウジングの抽選システムもできるし、まあ全世界にさらにこうサーバーをねそうだね大幅増強していくっていうのもこの前発表させてもらったので、ハウジングに関してもやっぱりどんどんやっていきたいとは思ってるんだけど、マジで追いつかないんで。I mean, yes. So for 6.1, we've come up with the lottery system for housing. We've also announced we're increasing the overall amount of housing. So it's not like we won't do it or we don't want to do it, but maybe slow down a little bit. まあ詰めたら良いですね。If we could, that would be nice, wouldn't it? That would be nice. ありがとうございます。Thank you very much. 次の質サムデイ問いきましょう。Next question. 進めたらいい Will で you すね add minions for Emmet Silk, Hades, and Xenos? エメトセルクやハーデス、ゼノスのミニオンは実装されますか？難しいところだなそれ。まあここはその持ってまあていいの何度か言ってる通りやっぱり役目を終えてないキャラクターっていうところに関してはまあ僕が全権指揮取ってるところでもあってキャラクターのミニオンが出す出さない僕が全部判断してるんですけど、まあ行月まで来たのでまあありかなとは思ってます。はい、そっかそっか。Yeah, I'm the one who decides who we ね、 put やっ out ぱり as ゼノスと minions. 戦う時にゼノスのミニオン連れてたらやっぱり興ざめだったりとかね、そういう hold のはあ back る on でしょうからね。 putting out minions of characters whose roles are not yet done in the story, but I think now that we've done ギャ Endwalker, グ we なの can みたいに consider なっちゃ doing うから。 those. もうゼノスあたりは本望かもね。くっついてくるわけでしょ。ずっと許されついてくることを許されてるわけでしょ。
俺なんて新竜のマウントミニオン連れてるからね。He should be happy. はい、ありがとうございます。それでは次で本日の最後の質問にしたいと思います。So the next question will be the last question of today. And the question is, do you have any updates regarding female Frothgar? なるほど。ロスガル女性について何かアップデート情報はありますか？そういえば。僕らようやく行月出したばっかなんだよ。Finally, finally, we're done with Endwalker. Okay. ね、グラフィックスのアップデートもやるしね。ただもちろん忘れてません。てんのみたいな話ね。And yes, we are working on a graphic update. But no, we have not forgotten about female Frothgar. アートチームの方に、ロスガル女性のアートワークを何パターンも書いてもらい、その中から今、2系統に絞ってさらにデザインを進めつつ、それをどうやってその新しいキャラクタークリエーションにこうなんだろう仕様設計していくかっていうところまで今来てるので、まあ、もちろん実装するとなるとねまだ時間はかかりますが着実に進んでます。So right now we've had the art team draw a variety of styles for possible female Frothgar designs. We've picked 2 of them, and we're currently thinking about how those would look and what adjustments we would have to involve in putting those into character creation. So obviously it's going to be some time before we can actually implement them as a race, but we are working and we are making progress. まあ本当にやるのっていうコメントもありますけど、やるって言ったらやりますよ。People are saying, are you really going to do it though? And if I say I'm going to do something, I will do it. だってやるって言ったんだもん。I said I'd do it. あとね、なんか使う人少ないんじゃないっていうコメントもあると思うんですけど、僕はねもうここまで来たらね多いとか少ないじゃないと思うんですよ。全種族がそれぞれ平均的に人気になるなんてことはなくて。There are also people saying, but probably not that many people will play as female Frothgar. But I'm thinking, we've come this far, and it's not really a matter of will they be super popular. It's not like everyone needs to use all races equally. その世界に多様な種族、見た目を持った人たち、それから内面の個性を持ったさまざまなプレイヤーがいるっていうことが世界の広がりをすごく感じられる。まさしく一人でもみんなでも遊べる RPG が目指すところでもあると思ってるので、だから使ってる人が多いとか少ないとかもうあまり関係がないからここまで来ると思ってるので、きっちり実装していくつもりではあります。So, people decide what characters to play for a lot of different reasons. We'll focus on the inside or the outside, and some people may play a lot of this type of character or not a lot of type of the other character. That really gives the world flavor and variety. And especially because we're aiming to be a game that you can play solo or with friends. To be honest, we're not that overly focused on everybody will play this thing equally as long as everyone's having a good time. もうそれを言った途端さ、新しい種族のアイデアを次々言うんじゃないよ君らって思うのよ。And of course, because I said that, now everyone is coming out with their ideas for new races we should add. Please no. 思い出してくれ。0を発表する時の、ファンフェスを思い出していただきたい。ロスガルの男性とビエラの女性をファイナルファンタジー14の種族実装の最後にしたいって思い出していただきたい。Please remember when I presented Viera and Frothgar at the 400だと少なすぎるんで1000個に僕もいつももうパンパンなんですよ400。もう消さないと次のが入れられないって。いいコメントがありました。みんな非化線の記憶力なんて曖昧だって知ってるよねって。So I mean I found a good comment. ああ言えばこういうみたいな。ならば覚えていろ。ロスガルの女性を持って種族実装を最後にしたいと私は思っている。Okay, well, if your memory was vague up to this point, remember it now. The female Frothgar is the last one I want to do. 今回 ID で帝国そうねあれかっこいいんですよね。
僕も一時来ありててがとうございました。Thank you very much. なんともドレッサーにしまえるようにってことでそのとかなるほどね。そうだよな、どうせドレッサーで使いますもんね。Thank you very much for sending a lot of questions. ハウジングでガルマルド風とかやる人はなんかさ、はい、なるほど。PLL の残りの時間ですが、締めに行く前にもう一つトピックがあるということですよね。So before closing today's letter live, we have one more topic to share. 何でしたっけ？ハウジングの件です。ハウジングか。そうだっけ？あ、なんかここから PC がなくなったから何すんだっけって思っちゃった。画面が出ます。あ、はい、画面出してくださいじゃあ。He's like, what is this? ちょっとね、パッチ 6.1 以降の土地販売に関してアナウンスとともにね、ちょっと皆さんの意見も聞いておきたいところがあります。はい。Okay, so I have an announcement about the housing plot sales from patch 6.1, and I'd also like to ask you guys a question. まず抽選販売についての補足です。First, let's go over some details for plot sales. どうぞ。まず1回の応募につき1プレイヤーキャラクター1回どこか1箇所のみ応募可能って言ってましたけど、FC のハウスを買うとき FC 全体で1回じゃなくて所属しているメンバー1回ずつ応募できるので、はい、これはもう大きい FC の方が有利っていうのは確かにそうです。Okay, so for the lottery system that we announced, we did announce that each player may only enter the lottery for one plot of land during each lottery period. But when it comes to the free company, it's not like the free company entirely only gets one entry. Every single member from the free company can enter. In that sense, then yes, the free companies that are larger will get more entries if they want. まあこれはやっぱり MMO っていうことを考えたときに非常に大きなコミュニティを一生懸命運営していて、メンバーもアクティブにたくさんいるっていう状況でFC ハウスがないっていうところがやっぱ抽選上有利に働くっていうところは、まあそれこそが FC のそのサイズの力かなとは思ってるのでこういうルールにしてます。I mean, after all, 14 is a multiplayer game, and やすさんたちも一緒があるのよね。いやもちろん引っ越せたら最高だなと思ってますね。抽選はもちろんやりますね。ただ FC に関してはわからないかな。これまあなんか40人いるからめっちゃいろんな土地に応募しようぜってやったとしてもですよ、まあ1個を買うっていう時に全員でそこに抽選申し込むっていうのはもちろん有利かな、数の有利はあるかなと思いますけど、バラバラにやると仮にバラバラに当選するとそれギル没収ですからね。1個しか当然購入できないので。FC がね。But again, I mean, you're only going to end up with one house for your free company. So yes, if you all enter for the same spot, you'll probably have an advantage. However, if you all distribute yourself among different plots, I mean, you may just end up losing money that way because in the end, you're only going to get one house. あとハウス購入権利を FC メンバーに渡すって結構でかい権限を渡すことになるので、なんかポットで人集めてくればいいじゃんみたいなの多分怖くてできないと思います。まあなるほどね。あとその権限を渡せる仕様も今回 6.1 と同時にもう変わってるのでそんなに簡単じゃないと思います。Also, it's well, first of all, we'll be making some changes to the rights to purchase land. 転売 but also, I mean, in order to apply for this lottery ハウジングっ system, て本当に your 欲 free しくて company 手に members 入んない need 人め to ちゃくちゃ be いる given コ the ンテ right ンツな to んで purchase land on behalf of your free company, 転 which 売 is 屋も本気なんですよ sort ね of an 結構 important right だ to から give こ people, こ so ま we で don't really think い that ろいろ工夫して most る free んですよ companies are な。 going to be going around shouting out for randos to come help do this because it's putting themselves at risk. まあとはいえ抽選ではあるのでみんなでこう一気に応募したけど当たらなかったもまあありえるので。Though please remember that it's still possible that if you all enter, you still might not win. That's just how it is. で続いてどうぞ。で応募時に全額土地代を支払っていただきますよ。There's also the point that when you enter the lottery, you must pay the full price of the plot. でまあ落選した時には返却されるんですけど、当たってしまったらキャンセルしたらお金ねペナルティがかかりますので。Obviously, if you do not win the lottery, that money will be refunded in full. But if you win the lottery and you decide to back out on the plot, you will lose some money on that. どうぞ次。で、今回パッチ 6.1 で4種類の販売方法を
用意してます。Okay, so as of 6.1, we have 先 4 着 ways to 個人 purchase 向け plots. がいつやるかとかだよな、抽選販売の、FC 向け FC ハウスとしか購入できない場所、まあ、抽選販売の個人宅としてしか買えない場所で、先着早い者勝ちの FC でしか買えない場所、先着早い者勝ちで個人としてしか購入できない区みたいな感じで4種類処理としては用意されてます。So we have the lottery version that is for free companies only to buy their free company plots. We also have a first come, first serve system that you're probably used to for free company plots only. And then we have the individual lottery and the first come, first serve for individuals. で、この次どんなページだっけ？はい、で、その販売方法のね、ちょっと分配に関してなんですけど、ハウジングエリアの区ごと、通常街第1区、拡張街第1区、この単位ごとに僕らが調整できるんですね。ここは、抽選の FC、はい、拡張区第1区も抽選の FC で、これを、個人にすることもできるし、しかもパッチメンテナンスを入れればいつでも変えられるように今回作ってます。Okay, so each of these purchase systems will be applied by ward. So for instance, we can give a different system to each ward in regular neighborhoods or in subdivision neighborhoods. And so it'll be like, Imperium Ward 6 is for free company lotteries, things like that. And we are able to change these every patch. でこれはどの区がどの販売方法になっているかっていうのはゲーム内で確認できるようになってます。You will be able to confirm which wards are subject to which systems in game. でしかもこれ最初例えば FC 用の区画として売り出して意外となんか小さいハウス買われないねってなったら僕らがメンテナンス入れて残りは個人に開放しますみたいなこともできるようになってるので混合していく区画もいずれ運用していけばあるかなと思ってます。For example, if we have something set to free company system and then all that's left are small houses that people don't really want, we can always change that later. 次どうぞ。で、パッチ 6.1 では、全ての区画に対して FC 向けもしくは個人向けっていう抽選販売にだけする今のところ予定です。So our current plan is in patch 6.1, we want to assign all wards to the lottery system, either for individuals or free companies. でね、処理は用意してあるんですけど、早い者勝ちっていうのを今入れないつもりでいます、6.1。Right now, we are planning to not use the first come, first serve system at all in patch 6.1. で一応1区画だけ抽選じゃないやその早い者勝ちを入れようかっていうのもある、なんか案としてはあったんですけど、どうです皆さん。We were thinking we could make maybe one section only first come, first serve, but what do you guys think about that? 難しいところですな。僕は先着ってあんま得意じゃないからそうじゃない方がいいけどね。全部抽選でいいの声が多いのは多いな。1区ぐらいは試しでもいいんじゃないっていう声もあるな。I'm pretty sure the majority is saying they'd prefer to have them all lottery, though there's a decent number of people saying, okay, just one ward, first come, first serve. ただね、その脳内シミュレーションしたんですけど、やっぱり1区だけでも先着があると、そのログイン戦争がすごいだろうなと思って。そうなんだよな結局。それが嫌なんだよね。Yeah, we tried testing this, and even if we only have one ward set to first come, first serve, it does kind of affect the login situation. しかもそのシナリオやりたかったのにとかあるし、そのなんか結局スタートダッシュで
そのいくらだけ先着がかっても警官や利便性が好みじゃないので抽選に回るだけでなんかそのとろう感というか疲れた感を少数の人のためだけにやるのはどうなんだろうって考えたんですよ今回。先着だと対戦業者が価値格そう結局ねハウジングの区画を増やしていけた後にやっぱりその空いてきたらとか土地がもっともっと増えて潤沢になってきた時に空いたらすぐ買えるっていう風に先着を使った方がいいんじゃないかなっていうのが今の僕の考えです。I think about people who want to log in to do, main scenario or other things. We don't want to increase the login queue, and I'm sort of thinking that if you all try to go for the first come first serve, you're going to be really tired by the time you get to going over to the lottery and trying to win that. So it might be better to just wait on first come first serve until we have a lot more housing available for everybody. それならそれで良さそうだねみんなねそう言ってくれて。A significant number of people seem to agree with that. よし、じゃあ、今回は先着なしでいこうかなと思います。まあ、よりねもし先着でっていう人が強いとかいうのがこんなアイディアあるんだけどっていう場合はフォーラムなどにねまたちょっとお寄せいただけると助かります。So yeah, I'm thinking we'll just go with the lottery system for now, but if you feel strongly opposed or you have another idea of how we could do things, please feel free to comment. お祭り感みたいなのが欲しいみたいなところもあるでしょうしね、人によっては。はい、以上で、土地販売についてのお知らせ先着系ので成功体験が一度もないから、ね。OK。はい、ありがとうございました。さてということで、第68回 PLL の内容はだいたいこれで全て完了いたしました。So this is all about today's Final Fantasy 14 letter from the producer live number 68. And then before closing, we have some announcements. So let's check it. このまま締めに向かう前にいくつかお知らせ事項が例によってございますので、そちらの確認をさせていただきたいと思います。はい、画面お願いします。最初のお知らせです。The first topic is フリートライアルです。フリートライアルが2月22日から順次再開いたします。We will resume FF14 free trial on February 22nd and onwards. I mean, 再開は公式スト何箇所かで配布しているところがあるんですけど、準備ができ次第順次という形になります。まあそろそろ大丈夫そうだという判断をしましたので、はい2022年2月22日から、順次、再開していく予定でございます。まあそのうちねフリートライアルの範囲もまたいつかねガッと上げたいななんて思ってたりはします。We're trying to start slow here, but yes, February 22nd, 2022, we will resume regular free trials and expand from there. はい、はい、ありがとうございます。では次です。The next one, the next letter from the producer live. As 冒頭でコメントしました通り、第69回ファイナルファンタジー14プロデューサーレターライブを3月4日、日本時間午後8時からお送りします。So as we mentioned earlier, the next letter from the producer live will be streamed on March 4th, Friday, and then starting 8 p.m. Japan time. 金曜日ということで、内容はパッチ 6.1 コンテンツ特集パート1ということになります。So the content will be the patch 6.1 content part 1. So please look forward to it. でこうサーバーいわゆる14の、データセンターの拡張とかって、まあ、今年の夏から順次始めていく、まあ、その第一弾になる日本データセンターのワールドリーグループに関しては、今、詳細の内容を告知できる準備をしているので、この3月4日の放送の中で皆さんにどういうスケジュールでやっていくのとか、どういうグループになるのというのをお知らせできればと思ってますので、そこまでもうちょっと今準備してますんでお待ちいただければと思います。We'll also be covering the server expansions that will be starting this summer and talking about the first set of those, which is Japan, and the way that we'll be regrouping worlds and the schedule. ただ1個言っておくと、データセンタートラベルを入れる前にはやらないので、
データセンタートラベルができる状態にはなってるので、もちろんねそのリグループっていうところなので4つ目の DC が出来上がるってことにはなるんですけど、行き来はできるし、ある意味日本 DC 全体でなんていうの固定を組むみたいなこともできるのでその辺も合わせてお伝えしていくので、どうぞ焦らずちょっとお待ちいただければと思います。Don't freak out. We have data center travel working already. So all this server stuff will be happening after that is available. はい、はい、お待ちください。それでは続いてのお知らせです。So the next announcement is the reminder of the Endwalker soundtrack. We are now taking the pre-order for this soundtrack, and then we'll be out on February 23rd, next Wednesday. So please make your pre-order if you do not do yet. サウンドトラック、エンドウォーカー、魚月のフィナーレのサウンドトラックが来週ですね、いよいよ2月23日水曜日に発売を迎えて、現在予約受付中でございます。まだ予約されてない方いらっしゃれば、ぜひこの機会によろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、では次です。続いて、The next one is another pre-order announcement. And then we are now taking a pre-order for the Final Fantasy 14 print collection, third installment. And then these will be available April 30th. 4月30日発売の FF14 複製原画第3弾のお知らせです。今回は全7種類の画像が出ます。先に画像見ましょうか。次のページお願いします。These are the artworks that will be available on April 30th. はい、この7種類になりまして、で現物がどんなのかというと、今日私の後ろにずっとありましたのが、こちら実サンプルでございます。こんなようなサイズ感。良いセット。ね、こちら。ね。This is actually one of the examples of the よいしょ、アートワーク。ね、こんなサイズです。はい。ということで、もんです。ぜひご検討。では続いてまいりましょう。The next announcement. ネモさんがミーミー言ってる。So this is we are now running the collaboration with the Square Enix Cafe in Tokyo. 東京のスクエニカフェで FF14 コラボが現在実施されております。でこちら期間の通り3月25日まで行っておりまして、いろんな限定メニューとかコラボアイテムなんかがございますので、ぜひともご利用ください。So this collaboration will last until March 25th. So there are some special menu and then some dedicated merchandise. So please check it out. はい、ということでよろしくお願いいたします。はい。そして最後にもう一つお知らせがございます。We are hiring ということで、FF14 を一緒に作ろうという方、現在ゲームデザイナーとグラフィックスエンジニアの募集を行っておりますので、そういうのか、どれどれと思った方はですね、ぜひともリンク先をご覧いただければと思います。グラフィックスエンジニアはね、腕のいい人がなかなか捕まるわけじゃないんで、ダメ元っていうのはあるんですけど、今ガリガリコード書いてるんですけど、もっと増やせればもっとなんていうやれることも増えるんです。確かに。いやもちろん応募もうあれこそはというね、非課線兼エンジニアの方、グラフィックス畑違いコード書くよっていう方はですね、ぜひ生首ビングある程度能力に応じて交代具もご用意しますので強化していきたいので、ぜひぜひ。あとゲームデザイナーもですね、随分この前お話ししてからご応募もたくさんいただいて採用された方もいらっしゃるんですけど、まだまだ規模拡大していきたいので、ぜひご検討ください。We are having a surprisingly hard time finding graphics engineers, so and if we had more, we could really increase the number of things we could do. So we thought we'd ask the Warriors of Light if you have graphics engineering skills, please join us, and game designers as well. Please feel free to apply. 今ちょっととはいえ全くの素人じゃダメでしょって書いてるんですけど、ゲームデザイナーに関しては前回
放送のアーカイブが多分残ってるんで見てもらえればいいんですけど、そっから今リードやってるやつとかもいるぐらいなので、14はもう課題の応募はなんだろう、試験のように ID 1個考えてきてくださいとかなんで、そんなの別に Excel とか Word 使えばできると思うんで関係ないです。あんまりですね。まあ、はい。People are saying, well, don't you need experience to be game designers, even if you say it's okay not to? And no, really, I mean, as long as you can use Word and Excel, you'll be okay. So even if you've not done this specific job before, consider joining us. そうか、条件が悪いんじゃないとか、こう契約社員でしょどうせみたいな書かれてますけど、私ずっと契約社員ですよ。契約社員の方が給料上がりやすいんですよ。僕正社員オファー蹴ってた人間ですからね。いらないっつって。A lot of people are saying, oh, well, it's probably because you're only offering contract positions or something. And I'm saying, I was a contractor. I've been a contractor this whole time. Because it's easier to know how much I'm going to be paid. なんでそんなコメントするんだよ。正社員っていうなんていうの、その働き方の部下が増えちゃって、契約社員が正社員の評価をするのはおかしいだろうって会社に言われてついにいやおかしいのはなんかその給与制度だろうって言ってじゃあ正社員でもいいけどいくらくれんのって言って僕正社員になってるんで。At some point, I was told I started supervising all these people who were permanent employees, and the company was like, "Yeah, it's kind of weird that we have a contract employee supervising all these permanent employees. So can you stop?" And I was like, "I think the labor system is the problem here, but okay, how much money will you give me?" And that's how I became a permanent employee. 正直スクエアエニックスという会社の福利厚生は素晴らしくいいです。契約社員っていうその雇用形態が違ったとしても、本当にすごく良い福利厚生状態なので選択する人も増えてますよ、どっちっていうのを。ただこれもちろん人によって価値観の違いなので、どっちがいい悪いは言いません。ただどんどん上がっていくことができる会社だよっていうのは、まあ、正直変な話、僕を見てもらえればこんな跳ねっ返りが取締役でやれる会社なんでやからがねある会社かなと思います。We have a good working system, and you can get promoted here. Obviously, people's values are different, soこういう if you're 話 thinking, リ oh, ア I ル want to に be a permanent 結構 employee してく versus a の contract とこは employee, 僕好 that's きで also すけど fine. ね。But yeah, we do have PLL a good working environment here, so just so you know. そうか、意外となんかみんなあれなんだね。サービス残業が怖いって、サービス残業禁止ですかね、うちの会社。残業してもらいたいときは残業、このために残業、まあ自分で申請してもらうときもあれば、お願いする、追い込みで、ね、お願いする場合、全部お金ちゃんとお支払いするっていうのが前提なので。Of course, people are asking about how much unpaid overtime they have to do, but actually we don't do that here. If we work overtime, we write the reason, and then we get paid overtime money. はい、というわけで楽しくね、ゲーム開発参加してみたいぞと我こそはと思う方はぜひぜひご応募ください。So we'll cut that off here for now, but yes, if you're interested, please send your resume along with those links. はい、ありがとうございました。Thank you very much. So this is it. And then before closing, we'd like to take some final comments. これで以上で全て終了したので、最後締めの前にコメントを一言ずついただきたいと思います。まずケイトさん、一言ご挨拶お願いします。So, ケイトさん、please. 久しぶりに、このような通訳をできて楽しかったですね。いろいろ設定について、通訳できてよかったです。これからもよろしくお願いします。Hi everybody, it's been a while since I've been able to do this kind of interpretation, and I was really happy that I got to do so much talking about lore while doing so, and I look forward to seeing you again. ケイトさん、ありがとうございました。Thank you very much. はい、それでは吉田さん、締めをお願いします。吉田さん、please. はい、まあ今日ね、本当Q&A も含めてですけど、まあいろんなお話しました。まあかなり未来のお話もしたと思うんですけど、まあ冒頭に戻りますが、まだまだ14発展していきますし、チャレンジを続けたいと思ってます。So we've talked about a lot of things today, including the Q&A, including the future of 14. But yeah, if I can just wind it back to the beginning, I want to say again, I really want to keep 14 going and take on new challenges from now on. So we will keep at it. まあもしかしたらね、過程の中では、まあ、今回その日本 DC のね 4DC 目追加、ワールドリーグループみたいに、まあ、できるだけ避けたいとは思ってますけど、
より安定的にこう運営サイズを上げ、みんなに混雑なくこう遊んでいただくために、本当にできる限りないようにはしたいと思いますが、我慢をねちょっとお願いしてしまうようなこともあるかもしれないです。Beginning with the Japanese data center expansion, of course, as we add servers, we're going to have to regroup worlds, and a lot of you will probably not enjoy that, unfortunately. But overall, we do want to increase the amount of space we have so that players can have a good time, not get stuck in queues, all of that. ただ最終的には光の戦士プレイヤーの皆さんがこのゲーム遊んでてよかったなとか、このゲーム本当に楽しいなって思えるね、この未来のために僕ら常に考え、常に努力をして開発を続けていこうと思います。And just to sum up our goals, we really want all the people who play this game to say, wow, I'm really glad I played this. I had a great time. So we'll continue for that going forward. なので、改めて皆さんにお願いです。ここまでQ14 からね11年一緒に歩み続けてくれてありがとうございます。And to all of you players, thank you so much for coming on this 11 years so far journey with us. 行月のフィナーレの英語タイトルはね、エンドウォーカーですけど、これからまた新しいファイナルファンタジー14の冒険の旅に一緒に歩み続けてもらえるととても嬉しいので、ぜひこれからも長い間よろしくお願いします。And I have one thing to ask of you. Obviously, this expansion was called Endwalker in English, but we're going to keep walking. We're going to keep journeying. So I hope you will join us on our adventures for as long as you possibly can. Thank you. はい、それでは今日本日長時間ありがとうございました。Thank you for watching such a long presentation. いやでももう4時か。 5時間、俺も配信5時間とかかこれ。And then see you all again in 2 weeks time at the next PLL. 以上をもちまして第68回プロデュースされたライブを終了とさせていただきます。皆さん次回2週間後の69回プロデュースされたライブでお会いしましょう。それでは失礼します。ありがとうございました。さようなら。お疲れ様でした。またね。ということでこちらのミラーの方も終了になりますんで。いやしかしグラフィック系のテこ入れがかなり分厚い感じですね。よし、これとりあえず絵ができたんで投稿しツイッターに上げて、今日はグリムドーンでもやろっかな。グリムドーン配信してみるか。あれなんか難しいんだよね、かなり。草野先生の写真できましたんで、サクッとツイッターに上げます。いや、もともとね、今書いてんのあれなんですよ。なんか落書きだったんだけど、なんかちょっと手を入れ始めてしまってみたいな感じだったんですよね。ただ普通に全然パッとツイッターに今あげます。長時間って前ね、もうほんと一瞬でしたよな。いや一瞬は嘘か。ね、お疲れ様ね、ありがとうございます。グランテコイラかなり薄い。いやーね、どんな風になるか。ね、快適にゲームしていくっていうところ以外のそういう美術的なところにさすがに容量下げないっていうこと最近多かったでしょうしね。グリムドーン配信すっか。でも今日あれなんだ、零式なんだよな。零式固定があるんですけど、予習前半ねサクッといけりゃいいけど、後半の予習一応しとかなきゃいけないんでね。とにかくちょっとグリムドーンはしますか。してみよう。全然わかんないけどやり方。チュートリアルが終わったところなんで。よしということで、ではとりあえずこれ終了しますんで、皆さんねご視聴いただきましてありがとうございました。でお先に失礼します。グリムドーンのハクスラゲーなんですよ。グリムドーンっていういわゆるハクスラゲーですよ。最近ヴァンパイアサバイバーズっていうゲームにハマったんですよ、すごく。それハクスラっていうよりはローグライクゲーなんですけど、でね、僕どうも結構好きみたいなんですよ。もともと僕ってデモンズソウルをね、
の楽しみ方って白スラの楽しみ方してたみたいで、後から考えたらですけど、それでグリムドーンって海外の白スラゲ買ってチュートリアル終わったんですけど、なんでも複雑なんですよ、めちゃくちゃ。ちょっとのんびりやってみるのもいいかなと思ってるんですよね。ヴァンパイアサバイバーズはね、もうね、アチーブも全部取っちゃって、もうやることなくなっちゃったから。ビルダーズといつまではビルダーズもそうなんだ。今日はちょっとね、ちょっとグリムドーンでもやろうかと思ってます。ね、お疲れ様ね、ありがとうございます。とりあえずこちら終わって、グリムドーン多分ね、あれです、配信しますじゃあ、やり方さっぱりわかんないから、やりながらやっていくみたいなところでね。そしてでね、どうもご視聴いただきましてありがとうございました。ここにあれが、これはまずいな。動画が上がってきてるな。これを消して。そしてでね、皆さんどうもご視聴いただきましてありがとうございました。ではお先に失礼します。お疲れ様です。